ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。キリがないのでこんなもんで参ります。お晩でございます。すみません。今日は17分の遅刻でございます。毎週水曜日定期配信ノーマンズスカイやってまいります。お晩でございます。お相手国和でございます。本日もよろしくお願いいたします。まあ大遅刻ですよね。まあその遅刻の理由といたしまして、白メガネさんこんばんは。今日もご視聴ありがとうございます。遅刻してごめんなさい。遅くなりまして申し訳ございません。遅刻の言い訳をねしたいなと思ったんですけど、前回の配信でコルベットのパーツ集め手伝ってもらってまして、でそれから全然ゲーム起動してなかったんですけど、今日準備の前に、コルベットじゃあもう仕上げちゃおうよと。で、一生懸命コルベットを作ってたんですけど、よし、時間ギリギリコルベット大体できたぞって言ったところで、配信の準備を全くしてなくて、慌てて、サムネイル作ったり設定したりしてたらこの時間でした。はい。すいません。申し訳ないです。遅刻です。社会人にあるまじき。そんなこんなありまして、コルベット、新しいの完成いたしました。外見だけ。内装とか全然、諸問題があって、その諸問題解決してないんですけど、ざっくり形ができたので、今日はそれをお披露目したいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いやー、なんだろう、作ってみたら、思ってたんとなんか違う。サムネイルあえてちょっとぼかしてるんですけど、ちょっと美味しそうなシルエットになってしまって、ちょっと音割れてるかもな。なんだろうな。ロブスターですよね。完全に。もう完全にそのロブスターにしか見えないコルベットが出来上がりまして、どうしたものかといったところでございます。早速もう今、その新しいコルベットの上にね、乗ってるので、ちょっと全容をお披露目したいなと思います。色もとりあえず茹で上がったロブスター色を単一にしてるんですけれども、ですね、適当なちっちゃいパーツ構えたぐらいにしといて、こんな感じで、カメラの切り替えどうやるっけ？これカメラの切り替えあれかできないのか。よいしょ。ちっちゃいコルベットですが、こんな感じでございます。ロブスターというかザリガニというか、思ってたと違う感じの、こんな感じになりました。なんとも言えない微妙な。結局そのグリッチの練習を全くしてなかったので、グリッチなしでは作ったんですけど、本当はもっとシュッとした感じにしたかったんですけど、ずんぐりむっくりな感じになっちゃいましたね。なんとなく。はい。佐藤さんこんばんはいらっしゃいませ。こちらどうぞ。新しいコルベットになります。お納めください。なんとも言えない新作コルベットでございます。お納めください。めっちゃそう、サソリというか伊勢海老というか、もっとボディをシュッとして、いわゆるシザーアームズ的な感じにしようと思ったんですけど、思ったのと違う感じになっちゃいました。一回飛ばそうかな。お空飛ばしてカメラ向けた方が見やすいかもわからん。
ちょっと一旦お空飛ばしますね。内装がね、地獄のような感じなんですけど、構造物のせいで部屋が全く使えないっていうあ、1億いける。一応いける。もう何もない空間、何もないただのボディがこうあったりするんですけど、中身はスカスカで、コックピットが下にこうなってるせいで、出入りがしづらいと。ちょっとこれも、ちょっとどうにかしなきゃいけないんですけど、見てください、この視認性。何も見えない。何も見えない。コックピットの席が思いっきり埋まっております。もっと作り込めば寄せられるはず。寄せたい。もっと、ボディの中腹をシュッとしたかったんですよ。シュッとしたかったんですけど、ちょっと、なんともなってない感じですよね。正直言うと。あと、状態で言うと、こんな感じなんですけれども、いや、そうですね。外装のデザインを取るか、内装を取るか、大事なとこですね。外界で言うと今、こんな感じでございます。全体のシルエット。でも意外と、ごちゃごちゃ感は比較的おしゃれにできてるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、ちょっと待って。カメラ操作が下手。でもこんな感じですね。カメラ操作下手すぎ。ちょっと待って。ちょっと調整しますね。さすがに。カメラ操作下手すぎん？高さだけ変えらんないっけか、どっかの操作で。13は傾きよな。こんな感じっすよね。こんな感じ。非常に美味しそう。このまま白いお皿に乗っけたら、そのまま本日のメインディッシュができそうな。本当は中腹のボディもっと細長くするつもりで、この前のハサミのところの奥行きは狭くするつもりだったんですけど、ちょっと平べったく、なっちゃったんですよね。でもそのコックピットの視認性度外視になってるけど、全体的にぽいデザインにまとまったのではないかというところでございます。いかがでしょう。ただ、武装のパーツが全く足りないことが途中で判明して、今日ちょっとそれを買うのであれば集めたいなと。代わりに今フェーズビームは今3機だか4機だかつけてる状態ではあるんですけど、それだとまともに戦闘ができないので、ちょっとそのあたりをどうしようかなというところでございます。ゼニエビゼニエビいいかもしんない。船にまだ名前ちゃんとつけてないからゼニエビとかでもいいかもしれない。いい感じ。躍動感。こんな感じですね。こんな感じでございます。写真撮っとこう。はい、かわいい。はい、エビちゃんかわいい。もう一枚ぐらい撮っとこう。エビちゃんの写真。カメラ使うときにその整形のアドレスが出ちゃうのはやっぱちょっと怖いですけどね。仕方ない。カメラ操作もっと上手くなりたいな。後ろからの写真も一応撮っておきたい。いやー、こいつをこさえるのにね、時間をかけてしまったがゆえの今日は遅刻でございますよ。恥ずかしい。いや。今日も今日とってやること決めてないんですよね。素直にパーツ集めとかでもいいかなとは思ったんですけど、ただそうすると前回の二の舞で、プリントスクリーン。そっちの方がいいかもしれない。こっちのカメラ機能を使わずに。こんなもんかな。よいしょ。でもこんな感じでございます。武装がですね、
フォトンキャノンが在庫が1機しかなくて1個しかついてないんですよ。本当はこれもっといっぱい積みたいんですけど、フォトンキャノンが1機と、あとはサイクロトロンバリスタでしたっけか、これが1機かな。あとはフェーズビームが確か3機とか、確か3機だったかな、搭載してあります。で、真正面のこの蓋の下に全部縦に一直線で並べてるので、レーザーとか打ち出す弾とかがあんまり分散しないような構造になっております。なので将来的にはフォトンキャノンとかを縦にずらっと並べて弾を真ん中に集中させるみたいな、もしくはサイクロトロを真ん中にずらっと並べて弾が分散しないような構造にすると戦闘でも実用性が出てくるのかなという構造になっております。まあ初めてちゃんとねいろいろ考えてコルベットをデザインしてみた次第でございます。果たしていざパーツを揃えてちゃんと理想のね兵装が整った時にどのぐらいの性能を叩き出すのかは全く不明ではございますが、あれちょっと待って、迷子になった。ワイの拠点どこ？そこじゃないや、そうじゃないや。あ、そこだ。よいしょい。こんな感じでございます。コルベットはでも難しいですね、やっぱね。やっぱりそもそも本当にパーツが相当潤沢にないと、あとね、視認性がすごい悪い。すんごい視認性悪い。腹の下がね、目視で見れなくて、やっぱあんまりでかくするとやっぱこういうことかって感じ。使いづらさをひしひしと感じる。こっち向きに止めようかな。鉄をできるだけ拠点に向けて、この辺に止めておきたい。よいしょこの狭さであるというところでございました。はい。結構腹の下とかにこういう無駄な空間があったりとか、あとこの辺のビジもちょっといまいちだったり、地面にこうやって食い込んでたりとか、細かい、あとなんかよくわかんないパーツがこうかぶっちゃってて、なんかなーっていう部分があったりだとか、いろいろでございます。本来かぶんない方が良さそうなパーツがみんなこうかぶっちゃってるんで、正直これ横付けにしたいですよね。本当はこれ上向きとしか確か通常だとつけらんないんですよね。でグリッチを使ってこのパーツを横向きに、この接地面をボディにつくような形で取り付けたりとか本当はしたかったんですけど、テクニックをね習得してなかったので、今は一旦この形で収まっております。なのでグリッチを覚え次第、ちょっともう手直ししたいところは何個か一応目視では見つけてるので、それをおいおいやっていこうかと思います。武器の取り付けは2分の1ずらしと軽い足場とグライターアレイを使った幅が広がります。軽い足場つけるとなんか横付けとかなんか方向性もバラバラにつけられるんでしたっけが、それももっと利用すればよかったですね。本当はこのブースターパーツあるじゃないですか。こいつですね。このデザインすごく気に入ってて、これが際立つデザインにしようと思ったんですけど、思ったより、いや別のパーツに埋め込みができるんですよ。埋め込みができる。へえ。軽い足場関係が埋め込みができるんでしたっけ。なんかあれなんですよね。コルベットの制作指南の動画をいろいろ見たときに、なんかこんなやり方いろいろあるんだと思って見てたんですけど、いざコルベット作り始めたら全く思い出せなくて
だからこういうなんか目視であからさまにこの中に隙間があるとかね、これもすごいもったいない。これもグリッと圧縮して、本当はこの今上に盛り上がってる、今この足で踏んでるこのパーツがもう一段下にめり込んでくれればよかったんですけど、今そこにフォトンキャノンが失礼しました。フォトンキャノンが中にちらっと見えると思うんですけど、あれとかを全部埋め込みたかったんですよね。それができなかったんで、ちょっと厚みが増しちゃって、ちょっとまあ言ってしまえば気に食わないデザインに、あとここら辺の出っ張ってるとこも、これも0.5 マス下に入ってくれれば、ここのよくわかんない隙間ができないんで、本当はそういう調整の仕方をしたかったんですけど、あと 0.5 マス下だったら多分ここの底面ともうちょっと高さトントンになったと思うんですよね。トントンになったプラス、このパーツに地続きで正面の方にもう一つ外装パーツを伸ばせば多分ここ滑らかになったと思うんですけど、これもちょっとねやっぱり、0.5 マス下げ必要だなと思いつつですね。例えばその爪の中に武器を埋め込むとか、武器を見せないデザインとか、そう本当はそれにしたかったんですよね。やりたかった。爪の中、この中にも入るんですね。この中に入るのも、魚雷とかこの中に埋め込みたいな。今回のデザインコンセプトというか、コルベットを実際に戦えるいわゆる海賊とかを買ったりするときに、ちょうど良い機能性を持たせるために、弾が散らかりそうなものを全部真ん中に揃えるっていう構造にしたくて、なのであくまで武器をこの縦一列に収めたかったんですよ。この縦一列ですね。そうすることで敵に対する弾のヒット率、相手への被弾率が高まるようにしたかったんですけど、埋め込みがうまくできなくて、こういうモコモコとした、これも悪くはないですけどね。ただ見ていただいた通り、いろんなところがこうバックした、よくわかんないけどになった。なんだそう、こういうところとか七星さんこんばんはいらっしゃいませ。今日はコルベットのお披露目会でございます。スペクターさんもこんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。前回皆様のご協力でパーツが集まりましたので、すいません、ちょっと配信遅くなっちゃったんですけど、ギリギリまでコルベットいじりの方をねやっておりました。その結果コルベットが完成というか、一応外観がざっくりできたんですけど、なんとなくずんぐりむっくりしちゃって、結局グリッチをマスターしてなくて、全然うまくその辺のデザインができなかったんですけど、内装はもうギチギチで、もう視認性とかはもう全く顧みてないんですが、ビジュで言うと、よいしょい、どっこいしょ1、よいしょ。こういう感じの美味しそうな赤色をした茹で上がったロブスターのようなデザインの船ができてございます。こんな感じでございます。いかがでしょう。当初の予定だともっとスマートになる予定だったんですけど、それはグリッチを練習しがてらおいおいもうちょっとスマートな感じにしていければなと思っているところでございます。暫定でこんな感じのデザインになっております。意外と悪くないんじゃないでしょうか。リアクションありがとうございます。確かにロブスターだね。ロブスターになっちゃいました。本当はシザーハンドというか、シザークロスというか、もうちょっとシュッとした鋭利な感じ、攻撃的なデザインにしようと思ったんですけど、出来上がって見てみたら、そのまま白いお皿に乗せたらペロリと食べちゃいたくなりそうな感じにまとまってしまって、思ってたのと違うと思いながらも、
もう、時間的にも技術的にもどうしようもなかったので、もうこれで一旦形は完成ということにしております。結局細部のところがね、なんかグリッチを使って上手に埋めたりとかすれば、こういうところになんか隙間があったりするんですけど、このパーツ同士で生まれたこういうところが本来露出しないようにしたかったんですけど、これがあったりだとか、あとこうちらっと中を覗くと中にフォトンキャノンが真ん中のところに、ね、隠れてるんですけど、本当はここに上のこの背中に背負ってるパーツをかぶせて、というかこの上に出っ張ってる部分を一段下げて上をフラットにしたかったんですけど、まあグリッチがわからなかったので、それこそ七星さんがアップロードしていただいてるグリッチの説明、すごくわかりやすいやつ見せていただいたんですけど、よし見た、わかりやすい、よし覚えたって言っていざ今日やろうと思ったらあれどうやったっけみたいなしかもグリッチに使うパーツ1個足んなかったみたいですね。縦置きとかずらしに使うパーツがそれもなくて、やべえ、それも集めなきゃと思いつつ、まだいろいろどうにかしなきゃいけない部分がいっぱいある作品でございます。こういうところとかね、なんか変にかぶっちゃってっていう、こういうところがいろいろ及第点なところがあるので、こういうところはおいおい直していこうかと思っております。はい。というお披露目でございました。腹の下がね、全然、こっちはもうデザイン度外視。とりあえずつけれるもの全部つけたって感じになってるので、この辺もね、ちょっとなんで、少し、手を入れたいところではあるっす。ただまあ、その下部のごちゃごちゃしてるの好きなんで、まあ、左右対称かつごちゃごちゃ、なんか腹の下もすげえロブスターっぽいですね。ここは、全然予期してなかったですけど、グリッチも奥が深いですからね、そうですね。いや、ほんと、グリッチ覚えればもっといろいろできるんだろうなと思いつつ、今全然まだ手つけられてないのでね、これもやっていきたいですね。いや、めっちゃロブスターだ、腹。めっちゃザリガニな腹してる。うわー。これ嫌な人嫌だろうな。あまりにもザリガニすぎて。なんか変な写真撮っちゃった。間違って。ま、こんな感じでございました。はい。ありがとうございます。おかげさまで形になりました。素晴らしい。並走がまだ全然、チャチい感じではあるんですけど、まあ、フェーズビームが今、3機と、あとはフォトンキャノンが1機。本当はフォトンキャノンだけ縦に3つ並べたかったんですけど、ちょっと在庫がなくて。お風呂入るので一旦離席します。了解です。ゆっくり使ってきてください。最近あれだな、湯船使ってないな。いつもシャワーで済ましちゃうんですよね。あとはサイクロトロンが1機と。いや、まあ、こんな感じでございます。で、今日は何をしましょうかというところなんですけれども、メガネさん、そこは計算通りと言っておきましょう。確かに、計算通り。まあ、ここまではもう全て僕の計算通りと言いますか。まあね、こういうね、世界三大珍味に負けずとも劣らない、こういうね、美食アイテム、ロブスターですよね。ロブスターをデザインしてみんなの食欲を誘うというね。いわゆるノーマンズスカイでも飯テロをしてやろうという、そういう僕の計画ですよ。そろそろ皆さんお腹が空いてきたんじゃないですか？僕の謀略にはまって。何の話何の話よっこいしょい。こんな感じっすね、とりあえずね。はい。やべえ、腹減ってきた。本当かやべえ、腹減ってきた。それ本当かとりあえずデザイン重視にした結果、乗り心地とかすべて
べて投げ打ってるんで、もうこれはこれで問題ではあるんですけど、まあどうしたもんかなっていうデザインでございます。これどうしたらいいんだろうな、マジで。まああれっすよね、この船の中のデザインもなかなかたださん、わー、マックが食べたくなってきたなー、棒読み。超棒読み。ハイグレードの棒読みや。もうね、もうこういうのすらね、置き場所がなくて困ってる。とにかくね、そもそもコックピットの頭がここにあるのがおかしい。そもそもがね。そう。最初からこれがおかしい。ここの出入りを多少マシにするために、じゃあどうするかっていったところでございますよ。で、僕が考えたのが、とりあえずこの辺にワープゾーン、短距離ワープをこの辺に設置して置くとつなげればつながるんじゃねえかというむちゃくちゃなことを今考えております。あまりにもこの移動しづらいので、短距離ワープつけれるかこれ。つけれない。つけれるじゃん、短距離テレポーター。これこの中に金属プレートがないだけだった。まあ実験的にここに短距離テレポーターつけて稼働するかどうかちょっと試してみようかな。試したことがないので、そこはなんかパーツがいっぱい手元に入ってる。ギリギリまでコルベット作ってたのがバレバレや。よし、これ正面どっちだ。正面こっちだから、この辺のこの辺に短距離テレポーターをまっすぐつけたいの。この辺に短距離テレポーターポンとやって、でこちら辺のこの辺、こちら辺のこの辺にどうなんでしょう、機能するっすかね。これで短距離テレポーターが機能してくれたら嬉しいんですけど、コルベットの中から中へ移動するための短距離テレポーターってイメージですね、今日の場合は。ただシンプルに電源がそもそも供給できるかどうか。埋まった？ダメか。建設不能って出るな。ダメかも。ちょっと建設不能だな。これは Y で切り替えられる。ダメっすね。なんかうまく繋がんなそうな美術してる。まずい。これはよろしくない。なんかうまくできないかな。無理やり外から干渉できない？無理かな。離れたところでダメ？無理？いや無理っぽいな。なんかちょっと無理っぽいか。なんか切り替えられるっけか。これコルベットの構築扱いになるんだ。なるへそ。ダメそうですな。ダメそう。ずるいっすよねこれ。なんかテレポートのパーツ自体は選択できるのにくっつけられないという。ここテレポートくっつければ。あれなんだこれ。再起動する。なんか起動したぞ。なんだ、なんで起動したんだ。これはどういう仕組み。光るだけ？光ってるだけ装飾？ただの装飾パーツ？ただの装飾パーツになるんだ。これ知らなかった。そういうことなんだ。なるほどね。ただのデコレーションになっちゃうんだ。残念。そっか。まあでもそうか。船の中で短距離テレポートできたら楽すぎるか。レモンさんこんばんは。いらっしゃいませ。今日はコルベットお披露目会だったんですけど、今内装をちょっと触っておりましたところでございます。早速もう全然うまくいってなくて、非常に多くの問題を抱えた欠陥コルベットになっているところでございます。どうしましょうね。本当に。なんだろう、このコックピットじゃなければ多分下にめり込まないんで、コックピット変えれば済む話なんですけど、なんだっけ、コックピットにも
加速とかなんかいろんなステータスがあるじゃないですか。確かこれが一番スピード速かったんですよ。スピード速かったんでこれにしたんですけど、ちょっと無理かな、さすがに。ちょっと変えようかな。さすがに厳しいかも。じゃないと、乗り心地が、バツすぎる。この、コックピットが下にめり込んでるのマジで邪魔すぎる。見てこれ。何この触覚。この、青い LED みたいな。嫌いじゃないけど、すごく邪魔。この下から生えてるパーツは、すり抜けるからいいとして、これはすり抜けらんないんで。いやー、悔しいな。悔しいけど、さすがに。でもさ、性能見た目以外気にしたことなかった。いやー、そうなんですよ。確か、速度っていうポイントが、多分、他のパーツよりなんか 3% とか 4% 高いんですよ。このパーツの方が。あ、じゃあいいじゃんって言って、なんか塵も積もればで、スピード重視のパーツにしたら性能良くなるじゃんと思って、これにしたんですけど、だから、なんだろう。あ、でもまあ、結構ごちゃごちゃデザイン。めっちゃロブスター。あ、名前変えよう。名前変えなきゃ。ハイパードライブの範囲がなんか最初から1000ある。C クラスで1000あるのはなかなかなのでは。あとシールド京都も。ただ操縦性が完全に死んでるので、これは本当はどうにかしないとなとは思いつつですね。どうしましょうね、本当に。装備もこんな感じでございます。こんな感じですよ。本当はもっとね、いろいろなんかあるんでしょうけど。ここスーパーチャージャーここあるんだ。いいですね。こんな感じで。スーパーチャージャーすると2つある。ほう。なるほど。で、このフォトンキャノンがあまりにも弱くて、弾丸攻力151って弱いっすよね。正直弱いと思う。で、今、フェーズビーム、このビームアレイが3つとかついてるので、これを将来的には減らして通常兵器を大量に搭載してそっちの火力を本当は上げたいんですが、ちょっと今全然思うようにそもそもそのパーツがなくて、フォトンキャノンの在庫が1個しかなくてもどうしようもなかったりしたので、どうにかしたいなというところでございます。ゼニス級リアクターモリモリ、瀬戸級リアクターモリモリ、アジブス級リアクターもモリモリ。実はかなり低燃費なコルベットなのでは。あと細かい装飾もっといっぱいつけたいな。あ、そうだ、加速が 10% だ。そう。こんな感じです。名前変えていいですか？名前をですね、ロブさて、綴りこれで合ってましたっけか？綴りがわからない。リエさんこんばんは。いらっしゃいませ。本日もありがとうございます。コルベットをね、こさえたんですけれども、なんか、いろいろと、突っ込みどころが多いコルベットになっております。スターコだね。はい。じゃあ宇宙船の名前はロブスターでございます。まんまロブスター。コルベットのテクノロジー枠結構大変ですよね。まあでもそうですね。テクノロジー枠もガンガン開けたいところですが、この船にもともと積まさってるのが13個と、先日譲り受けたものがまだ23個
余ってるので、これ使えば一旦ガッと解放できるのかなとは思っております。なんかいろいろついてるな。なんかポジトロンモジュールとか、ドライブモジュールとか。枠とりあえず開けるだけ開けて、なんかいろいろやりたいですね。なんで貨物隔壁ここに入ってるんだ？よいしょ。このコルベットの素体がですね、ちょっと前に、なんだっけ、2回目のコルベットの共同探索の時に報酬でいただいたものが、ベースが余ってたので、それをベースに作ったんですけど、多分その時の荷物が、一体何？許さぬ。ああ、これも、間違ってた。いつものやつ。OK。まあ、こんな感じの美女でございます。まあでも、なんだかんだ、美女は、仮組にしては美女は悪くないんじゃないかなと思ってるところでございます。もう一回お披露目しちゃおうかな。やっぱ作ったものはやっぱり自慢したくなるっすね。男の子なんで僕も。こういうのはね、自分では、いや、出来がいまいちで、いや、ちょっととか言いつつ、やっぱ自慢したくなっちゃうのが男の子のね、少年の差がなのでね。皆さん見ててくださいよ。何回でも見てってください。自慢させて。自虐しつつも、結局自慢はしたい。よいしょ。カメラが飛びます。カメラ用意注意でございます。こんな感じでございます。はい。我がニューコルベット、ロブスターでございます。改善の余地十二分にあり、伸びしろ十二分。配置がすごいかっこいい。ありがとうございます。褒められて嬉しい。褒められて嬉しい。あんまりこう言ったらいいですけど、なんか、自分で作ってて、本当はもっとスマートな感じになる予定だったんですけど、いやでもなんか褒められるとなんかこれも意外と悪くないような気がしてきたな。うん、これでいいかも。うん、計画通り。うん、計画通りでござる。そのスラスター爪にするのは考えつかなかったです。いやーもうなんか、このスラスター初めて見た時から、これ、角っぽくしたらかっこいいなって思ってたんですよ。思ってたんですけど、もうちょっと爪がでっかく見えるデザインにしようと思ってたんですけど、肉付けすればするほどなんか、どんどん、ロブスターの身が詰まってって美味しそうな感じになっちゃって。ちょっと肉厚になっちゃって。最終的にはこんな感じになっております。武器は全部真ん中のボディの中に隠してる状態ですね。で当初の予定には全くなかったんですけど、お腹のデザインというかお腹の造形がまんまロブスターみたいな感じになってて、なんかすごい有機的というか、思ってたのと違うこのなんかボコボコ感、なんか甲殻類だよね、エビだよねって言われるともうまんまエビの腹にしか見えない、エビカニの腹にしか見えないやつ。こんな感じでございます。側面が結構ごちゃっとしてるところもいい。分かってくれますか？分かってくれますか？いや、すごい。ありがとうございます。いや、褒め上手。D さん褒め上手。もう、褒め殺しじゃないですか。なんかもうデザインこれでいい気がしてきたな。いっぱい褒めてもらったし。しばらくこれでいこう。ちょろい。国数ちょろ数。しばらくこれでいきます。ただ、まだスピードとか、なんかいろんな性能がまだまだ不足してるところはあるんで、それをやっぱりおいおいパーツを増やしていって、もうちょっと性能足していこうかなと思っております。やっぱ配信するためにちょこちょこっとデザイン変わっていくんじゃないですかね。あとはグリッチの練習をいたします。頑張ります。なんとかします。D さん、実際めっちゃいいと思います。ありがとうございます。もう褒め殺しじゃないですか。ゲリゲリさん、こにゃにゃちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。新しいコルベットを作ったのでね、自慢をしておりました。見て見て、僕のお乳のコルベット、見て見て。名前はね、ロブスター。
新しいコルベット、名前はロブスター、よろしくね。もう茹で上がってますよ。はい、仕上がっております。塩味も効いておりますよ。はい。誰かお皿用意して。こんな感じでございます。割と綺麗にまとまったかなとは思いつつ、当初の予定とは違うけれども、いい感じになりました。これも全部前回、パーツ集めを手伝っていただいた皆様のおかげでございます。本当にありがとうございました。おかげさまで、立派なコルベットを、作ることができました。あとは自分でもちょくちょくパーツを集めて、どんどん回収を重ねていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。でも改めて見ても結構絵になるっすね。うん。本当は昔実家で自分が小学生ぐらいの時に飼ってたザリガニが青とか白がいたんで、それでもいいかなと思ったんですけど、まあ赤だろうと、無難に赤だろうというところでこちらのカラーになりました。はい。ちょっとパソコンの壁紙これにしよう。気に入った。ちょっと画面をパッチャ撮影。よしよし。OK。佐藤さん、ところで色は赤なんですね。今回は赤にしちゃいました。よし。じゃあ、地上に戻りますか。よいしょい。いや、本当は、今全体を丸々赤にしちゃったんですけど、いや、配信時間ギリギリまでいじってたので、本当はもうちょっと色合い変えたりとか、パーツごとに色変えて、皆さんコルベットを作るとき色もかっこいいじゃないですか。僕もやりたかったんですけど、時間がなかったんで、一旦これで仕上げちゃいました。いいアングル。ねえ、やっぱこのゲームこれがいいですよね。カメラアングルの自由度が高くて。本当に写真映えするんで、このゲーム。佐藤さん、ということは茹で上がったロブスターなんですね。ソース。すぐにお召し上がりいただけます。ソースは何がよろしいでしょうか。もうね、否定はしない。もう出来上がった時、自分で美味しそうって思っちゃったっすもん。冗談抜きでなんか美味しそうって思っちゃったんで。そう、色揃えてるそれだけで統一感ありますからね。いや、ほんとそうなんですよ。やっぱ色の統一感大事ですよね。色の統一感さえ合えば結構全然いい感じな気がする。ちょっと水分補給させてください。今日のお供はですね、クラフトボスの世界のティーっていうシリーズがあるんですけれども、コンビニとかで買えるペットボトル飲料ですね。限定のものになるらしいんですけど、赤ぶどうのティエードベリー&オレンジっていうのがありまして、これが美味しくてですね、ちょっとハマってるんですよ。じゃあちょっといただきます。うまし。うまいですな。よいしょ。あ、D さん、これはかっこいいのグッドをポチ。ありがとうございます。グッドボタンありがとうございます。コルベットのデザインがいいねと思ったら、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。いや、本当にありがとうございます。やっぱモチベーションになるっすね。いや、コルベットいじり頑張ろうってなるっす。いや、マジででもコルベットいじりは本当頑張ろう。やっぱこだわろうと思ったら、やっぱりパーツの種類ももっとたくさん欲しいし、グリッチはやっぱり覚えたいし、やっぱ欲しいところにパーツがビチッといった方が絶対気持ちいいなって思ったっすもん、作りながら。あとはなんか光るパーツとか、なんかあとは稼働するパーツとかあるじゃないですか。こういうパーツとかをグリッチ使って稼働した時に他のパーツと干渉しないような位置につけたりとか、あとはこういうのとかももうパーツのど真ん中突き抜けて、なんか稼働パーツがなんかパーツ突き抜けちゃってるのとかもやっぱぼちぼちあるんで、こういうところはやっぱちゃんと吟味してグリッチ上手に使って被らないようにするか、完全に埋めてしまって目立たなくしたいですよね、本当は。ただ今回のコルベット作戦の方でいろんな課題が見えたので、はい、だんだんにこの課題を攻略というか、なんと乗り越えていこうかと思います。応援よろしくお願いいたします。いい感じの、あとあれですよね、なんかもっと
コックピットがアンバサダーで有機的なところもいいですね。いやー、これも結構デザインいいですよね。デザインすごいいいんですけど、ただ、今に関してはその有機的な部分のこの、下顎の部分が思いっきりこう、中に干渉してるんで、これはちょっと、なんとかしたいですよね。本当は、性能が一番欲しい性能を持ってるコックピットがこれだったんで、これにしたんですけど、あんまり見えない、外側のデザイン的にあんまり見えない部分なんで、他のパーツにしちゃっても正直いいかなとは思ってるんですよね。うん。これは要相談というか、要吟味なところでございます。というところでございまして、今日は何も決めておりません。このコルベットのお披露目をすることが目的みたいなところがあったので、今ちょっともう目的果たしちゃいました。じゃあどうしようかと。今が22時ですね。普段は何かしら目的を決めて何時間でも配信をするところなんですけれども、タイトルにある目的を今30分ぐらいで解決してしまったので、内装どんな感じにされますか？どうしましょう？内装もいじりたいんですけど、でもせっかく今回実用性をできるだけ重視したかったので、結局ボディが奥に長いんですよ。今回の僕が今まで使ってたコルベットが出した方早いかな。僕が今まで使ってたコルベット、戻りました。お帰りなさいませ。ちゃんと温まりましたか？お風呂はいいですからね。心の選択でございます。ちょっと待ってくださいね。僕がずっと使ってたコルベットがこちらになるんですけれども、これが一番初期のコルベットですね。やったー、いろいろ見せてもらえる。そういう素敵な反応いただけるとちょっと自慢したくなっちゃうな。で、内装がこんな感じなんですよ。一番初期のあんまりいじってないですよね。とりあえずミッションレーダーつけてみたり、気持ちこういうアイテム回収できるボックスつけてみたり、あとはちょこっとコンテナつけてみたり、生成ユニットあったり、内装ギチギチなんですぐにカメラ飛ぶんですけど、あとこっちにもコンテナ何種類か置いてみてっていう、こういう感じのね、最低限のデザインというか、こんな感じになってるんですけれども、確かにこれもかっこいいっちゃかっこいいんですけどね、気に入ってはいたんですけど、やべ。ただこのコルベットに関しては初めてコルベットのイベントを走った時のあり合わせで作ったものになるので、飛ぶぞ。飛ぶんすよね。乗ってみな。飛ぶぞ。こっちのコルベットが割と無難なで、僕が始めた時っていうのがエーロンパーツが初実装されたタイミングだったのかな。なのでデザインにエーロンパーツを多用してるんですけれども、本当にあり合わせ、本当のあり合わせですよね。宙に浮いてるパーツもあったりするんですけど、だから武器とかもすっごい目に見えるところについてたりとか、いやー初期って感じがするっすね。このデザインもいいですね。ありがとうございます。色統一するとそれっぽく見えるですよね。で、意外とこのエーロンパーツがこう馴染むんで、何につけても。あとよくわかんないとこに魚雷がついてたりとかいや本当に何でもありなデザインなんですけど、そう、こんな感じのに乗ってました。いや懐かしい。こんなんだった。いやこの当時は確かグリッチというものの存在すら確か知らなかったと思うんで、しかもこれ左右対称かと思ったら左右に違うパーツがついてるところが実はちょこちょこあったりとかするので、結構ね適当なデザインではあるんですよね。最初のうちはこのコルベットも仮組みだからそのうちちゃんとしたデザインにしたいよねなんて思ってたんですけど、結局そういうことも何もなく、この子から卒業っすね。気が向いたら
君もそのうちニューデザインにしてあげるかもしれない。気長に待っとってくれ。まあ内装の広さ的にはさっきの感じになるんですよね。ゲルゲリさん、グリッチのやり方が未だにわからんオイラである。オイラもわからんグリッチのやり方。七星さんの動画一生懸命見て勉強したけど、わあこれすげえと思って自分でやろうと思ったら、いざ現場で触り始めるとちゃんとわけわかんなくて、グリッチちゃんと難しいやんけって正直なってる。うん、ちゃんと難しいグリッチ。ロブスターで、まあロブスターがこの腹の下もな、もうちょっとなんかいじりたいな。ロブスターの中が、奥行きが今までの2倍以上、奥行きが今までの3倍はあるので、しかも両サイドに小部屋もあるという感じなので、できれば活かしたい。で、まあ、この両サイドを倉庫にしてしまえば、七星さん、完成記念にお披露目会場に行ってみては。ああ、そういえば一回も行ったことないですね。お披露目会場。じゃあどうしましょうか。今日、コルベットいじり会にして、で、配信の最後の方でお披露目会場にこれを持っていくっていう流れにしますか。よし、そうしよう。今日は、コルベットいじり会でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日なんかマイクの音割れひどいですね。いつもより。調整しますね。リーさん、じゃあ私も行ってみようかな。いいかもしれないですね。なんかみんなで集まれたりするっすもんね。おのおの会場に集まって、みたいな感じで。それでいいかもしれない。じゃあちょっと、コルベットを持ってって少し内装いじれるように、まずは、このコックピット突き出して出入りしにくい問題を解決しようかと思います。まずはね。ので、一旦この子に乗って、ターミナルに行って、こいつをいじってあげようと思います。佐藤さん、コルベットの製作は小型から始まって中型、大型、そして小型に戻ってくる。やっぱ一周するんですね、こういうのって。やっぱものづくりってやっぱそうっすよね。だんだん規模が大きくなったり、オリジナリティとか複雑になった挙句、結局初心に帰ってどっかで戻ってくるっていうところまでがセットなんですよね。やっぱ何でもものづくりはそうなんですね。ゲルゲリさん、オイラは回線が耐えられない気がする。笑やっぱいろんな人の船が集まると重かったりしますからね。やっぱそこは大変なところではあるんですよね。回線重い問題。なかなか難しいかもしれない。ゲルゲリさんいらっしゃいませ。参加ですね。どうぞゆっくりしていってください。もうコルベット見せ合い1個かですかね、これは。あれですね、回線重くなる前にもう早速入ってしまってもいいかもしれないです。リエさん、一周した頃にはがっつり技量が上がってるんで、すごいのが出来上がる。いやー、すごいの作りたいですね。すごいの作りたいです、やっぱり。だってみんな本当にすごいですもん。いけるかな。来てください、来てください。よし。じゃあそうですね、出入りの方はフリーですので、実際に現場来ていただく方は来ていただいても大丈夫ですし、皆さんご自由にということでございます。多分ね、うちの方の、あれだと、自由に出入りしてもらっても多分問題ないと思うので、はい。今回こそは参加できたら嬉しいな。そうですね、この間バージョンがあったっていう話だったんで、今回入れたら嬉しいですね。もし入れるようであればぜひよろしくお願いいたします。あと手持ちのところになぜかパーツがいっぱいあるんで、これをまずしまいます。なんかパーツが足りる足りないって言って、なんかいろいろ半端に手元にあったりするので、七星さん、会場はマッチングが難しいので視聴者さんだけで集まるのもいいかもですね。確かにその方がその方が間違いないですかね。その方が間違いないですね。マッチングできない問題は確かにある。なおどこの会場かわからない模様。僕もです。ぶっちゃけこの会場に関しては分かる方に先行ってもらって、そこにじゃあついていきますって言って
突入するつもりでおりました。上に同じく。僕もその上に同じくっす。じゃあちょっとコックピットいじりますね。コックピットをいじって、コックピットが埋まってるからそこもいじりづらいんですよね。こやつを一回バイビーして、でこのコックピットパーツを、そうなんですよ、こいつが加速 8%、 こいつが加速 6%、 こいつが加速 6% なんですよ。でも操縦性サンダーバード級がなんだかんだ一番高いのか。無難にこれにしとくか。非常に無難。あまりに無難すぎてつまらない。なんか面白くないですね。なんか面白くないですね、つって。蓋しちゃうか。蓋しちゃいましょうか、ここも。なんか適当なパーツで。蓋しちゃおう。何がいいだろう、蓋するの。なんか、蓋っこするのにちょうどいいパーツが何かあれば。なんかこの辺乗らないかな。そこに乗っちゃうのか、こいつが。こいつがそこに乗っちゃうんだ。これ前後になんかつけて、ここ上撫でちゃった方が、コックピット完全に埋まるのでは、もしかして。これコックピット埋まるな。これそういうパーツか。ハーフのパーツだ。思ってたのと違う。真ん中のパーツが欲しいんだよな。私全部メデューサ級リアクター3つで埋めてました。一番パワー的に間違いないかもしれない。リアクターってやっぱフルで積んだ方がいいんですもんね。国和さん合流させていただいてもよろしいですか？はい、大丈夫ですよ。出入り自由でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうしよっかな。パーツ埋めたいけどちょうどいいのがない。本当はこのエアロフォイルみたいなのが、なんだろう。今ちょっと手で表現するんですけど、このエアロフォイルがこうつくやつを、こうつくやつをこうつけられればいいんですよ。こうなってるシールドをこうつけられればいいんですよ。今手がうまく反応しないんですけど、なんかそういうパーツがあればいいんだけどな。ないんだよな。あとはこの辺で適当に埋めるとか、レーダードームとかどうだろうか。こいつをなんか適当に被せたらいい感じにならないだろうか。いい感じに被らないでござる。意外と悪くないのでは。コルベットの制作はフィーリング大事っすよね。なんか適当に丸いの乗っけたけど意外と悪くないかも。操縦席なんてなかったんや。操縦席完全封印。七星さん、機能を発揮できるパーツ、同じパーツは3つまでだったかな。確かなんかそんな感じですよね。なんか3つだった気がする。ちょっと待って、ゲルゲリさんとか、なんか皆さん僕のアイテム欄にいろいろアイテムを突っ込んでいただいて、なんかすいません、ありがとうございます。なんかまたいろいろ恵んでいただいて、いつもなんかもらってばっかりで申し訳ない。いつも本当にすいません、ありがとうございます。助かってます。すごい助かってます。今デザインこんな感じなので、この辺のパーツでまた色を合わせて、キャラーリングを、カバンの中に物を突っ込む文化。これがノーマンズスカイ。G ボタンでキャラーリングを適用。間違った。めっちゃ間違ったけど悪くないのでは。意外と黄色も悪くない。D さん、わら。黒も悪くない。黒かっこいい。なんか黒かっこいいぞ。なんか黒にしたら急にかっこいい。なんか何でも黒はかっこいいですね。なんかすごい急にかっこよくなったな。黒よくない？ロブスターやめる？黒ブスターにする。いや、かっこいいぞ、なんか黒。ブラックロブスターいいぞ。なんかかっこいい。これにしよっか。なんか音割れちゃった。ごめんなさい。めっちゃ音割れてる。今日マイクの調整難しいな。なんかすごい今日マイクの調整難しい。いや、黒いいぞ、これ。黒はいいぞ、これ。スペクターさんもなんか
ああ、そんな素敵なアイテムいっぱい突っ込んでもらって申し訳ない。ありがとうございます。積載量拡張30個。いいですか？過激 30？ 大事に使わせていただきます。ありがとうございます。この間ももらってばっかりで。なんか配信するたびにアイテムもらってばっかり。なんか、すいません。なんかいつもほんとごめんなさい。なんかありがとうございます。鳥越。なんかちょっと今ごめんなさいになりつつある気持ちが。ありがとうございます。本当に。デザインこんな感じ。いい感じ、いい感じ。ブラックロブスターにしようかな。でもなんかもう一声か。もう一声ですかもしかして。ちょっと今度ブラック以外の色も試したい。ちなみに今カラーリングで言うと、こういうのもありか。あー、こういう渋色もありか。はいはいはい。なんか紫とかにすると、なんか昔ゾイドでこういうサソリいたっすよね。懐かしい。あとはグリーンとか。毒々しいな。毒惑星飛ぶならこのカラーリングが一番いい。うん。D さん。失礼、合流方法でどちらになります？あれ、D さんこの間、触れ交換したのであれば、なんだっけ、ゲームの一番最初のスタートのところで、グループに参加するみたいなのが確かあったと思ったんですけど、そちらの方で僕がプレイ中であれば、それが表示されるはずなので、そこに直接合流してもらう形でもしかしたらいけるのではないかと思いますが、ちょっと待ってくださいね。一旦、そっちに移った方がいいか。なんかカラーをなんか適当にあんまりいじってる場合ではないかもしれない。ちょっと待って。ちょっと一回適当にカラー決めちゃおう。もう一回元のロブスター柄に変えて、一回元のロブスターに変えます。まあ、ロブスターって名前にしてるからやっぱこれですな。まあでも全体的に、それらしく収まったのではないでしょうか。ちょっと中の様子を見ますね。お、広くなった。よーし、嬉しい。広くなった。嬉しい。なんて嬉しい。じゃあ D さんちょっとフレンド交換お願いしてもよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ゲリギリさんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっとすいません。ちょっとお待ちくださいね。開けた了解です。オプションの方から、どこでしたっけ？ネットワークでしたっけ？の、これだ。これの、フレンドリスト見ます。の、じゃあ、どうしようかな。フレンドコードをコピーしました。で、どうしたらいいんだっけ？コメント欄に貼り合うと一番早いんですかね。そうすると。なんかそんな気がする。フレンドコードをコメント欄に貼りますので、いや、コメント欄だと危ないのかな？どうなんだろう。あ、いいのか。お互いに交換しない限りいかないですもんね、確か。ので、コメント欄に貼ります。少々お待ちください。さん、私の方を貼った方がいいかも。これって、相互に交換しないとだと思うので、あれ、画面の方で僕のコードって読み取れますか？画質の問題でもしかしたら文字読めないかもしれないですけど、あれであれば、僕のフレンドコード画面に出てるのをそのまま入力していただければと思うんですが、見えてます？見えてれば、はい。了解です。少々お待ちを。ありがとうございます。いいか、貼っちゃうか。貼っちゃった方が早そうな気がするな。貼っちゃいます。じゃあ僕のフレンドコード、こちらになりますので、貼ります。ドン。はい。じゃあこちらを見ながら、やっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと待ってね。あとは、これと、これを展開して、
で、僕がコードを受け取りましたら、その受け取ったコードを、追加させていただきました。ありがとうございます。追加ありがとうございます。で、あとは D さんの方のコードを、コメント欄に貼るか、気になるようであれば、DM、X の DM などで送っていただいても大丈夫ですので、そちらで。コードありがとうございます。じゃあ、入力させていただきますね。これを入力いたします。キーボードの人差し指ポチポチ勢なので、ゆっくり入力になりますので、少々お待ちください。お時間頂戴いたします。お手数おかけいたします。いえいえ、こちらこそありがとうございます。助かります。間違った。ほいの、これで良いかな。行きました。行きましてございます。よいしょ。D さん、フレンド登録ありがとうございます。よろしくお願いいたします。なんか、マルチは無効になってるけど、この辺は、だいたい全部、PVP 以外は全部有効になってると思うので。OK、めっちゃダンス。パーツこんなにいっぱい。こんなパーツいっぱいありがとうございます。リンダ佐藤さん、なんかすいません。ありがとうございます。この一瞬で大量に放り込んでいただいて本当にありがとうございます。挨拶してなかった。手を振りたい。慣れてないこの操作に。皆さんこんにちは。ご来場いただきありがとうございます。ありがとうございます。インスペクターさん、ゲルゲリさん。さあ、こんな感じでみんな集まっていただきました。ありがとうございます。ほいでは、いい杖ですね。いいな。ちょっと待った。贈り物みんなストップ。ストップ。ちょっと待って、ストップ。贈り物ストップでお願いします。アイテムが、ちょっとすごいことになってる。みんなちょっと待って。本当、もう止めどなくいろいろもらっちゃって、なんか本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。もらいすぎ。非常にもらいすぎな感がある。こんなにたくさん贈り物来るたびにもらってる気がする。なんか親戚の集まりみたいな感じになってる。いやー、本当に。すいません。ありがたく頂戴いたします。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。すいません。僕のゲームの進捗が遅いばかりにいつも助けてもらって、さすがとの献上品がたくさん。本当そう。ちょっとトノプが過ぎる。みんな落ち着いて。みんなトノプが過ぎるから、ちょっと心臓バクバクしちゃうから。レトナガさんこんばんは。いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。すいません。トノプされまくってるところで本当に申し訳ないんですけれども、今日はですね、新しいコルベットをね、作ったので、それのお披露目会だったんですけれども、また贈り物そうやって、もうストップね、ストップだって、もうアイテム欄ないよ。みんな贈り物そんな。ねえ。そしてグループ外で合流です。皆さん合流ありがとうございます。みんなで何かしよう。何しようか全く決めてないけど、何も決めてないけど、どうしましょうね。どうしましょう。そうだ。七星さんに相談したかったことがあったんですけど、会場どうしますもう3月半ばに差し掛かろうということなので、あれどうしようかなって思ってたんですよ。
皆さんそれぞれの配信で忙しそうなんで、で僕の方がそもそも週に1回なんで、タイミングも合わないしな、どうしようかな、と思ってたんですよ。ですよねですよねやっぱり。まあみんな楽しく配信してるし、まあせかすあれでもないしなとも思いつつ、どうすんのかな、チラチラみんなどうなんだろうな、チラチラって思いながら見ておりました。どうしましょう。最近あまりゲームできてなくて、なんか七星さんも忙しそうですよね。たまたまなんか他の方の配信でコメントしてるの見てね、最近忙しくてゲーム遊べてないのはそこでちょっと存じ上げてたので、でも忙しいんだもんなって思いながら、まあ僕としては箱はざっくりは用意したんで、あとは皆さん自由に集まっていただいて、つれづれなるままに、あとはもう好き放題建築してもらえればなって思ってたんですけど、なかなかそうもいかないから、まあ僕としては皆さん次第っていう感じなところなんですよね。やべえ、コックピット乗れねえ。やばい、コックピット乗れない。コックピット乗れない。コックピット乗れない。どっからも乗れないよ。やっちまった。はい、直します。すいません。すぐ直します。国カスセンス×コルベットセンス×まさかのまさかの乗れないパターン。これはちょっと予想外。そっか、この上パーツやっぱりかぶせるとダメね。そうだよね。だってコックピット埋まってるもん。そりゃそうよ。ダメか。そっか。ここ隠したいんだけどな。よくある。やっぱこれよくあるんですね。これよくあるんだ。やっぱここなんかペコってへこんでるのやすよね。やっぱり正面から地続きで上に蓋かぶせる方が現実的かな。どうしよっかな。なんかうまい具合につかないかな。なんか本当にこのリアクターもう一個適当にこの辺にくっつけらんないかな。ダメ？それか背中に乗ってるこいつを消して正面にミヨンとパーツを伸ばしてあげた方が話は簡単かもしれない。そうするか。こいつはじゃあ一旦消しまして、七星さんいいですね。じゃあフリマ会場に集合してコルベット着艦テストを兼ねたミサイ1個とかどうでしょう。賛成。今日はそれでいきましょう。やったー。じゃあちょっと僕がこれでき次第、じゃああと、コルベット会場の場所、フリマ会場の場所をご存知の方は先に集合していただいて、はい、僕後から合流させていただければと思います。なんかさ、ダブルミーニングな感じになってるのか。ロブスターと星取り的なダブルミー、いや、よく気づきましたね。いや、本当にそうなんですよ。ダブルミーニングになってるんですよね。そういやー、よく気づかれましたね。いやー、実はそうなんですよ。実はそうだったってことで、ここは一つ。実は最初からそうでしたってことで、すいません。レトナガさん、ここは一つ。ありがとうございます。それ頂戴いたします。それめっちゃかっこいい。星取りと合わせる。それかっこいいな。それかっこいいですね、めっちゃ。それ、いただきます。ちょっとそれで背中のパーツをね、いい感じのパーツをくっつけてシュッと刺したいところなので、どうすればシュッとできるですかね。なんかいい感じのパーツがあればいい感じにシュッと刺したいですね。一番シンプルなのはこれか。スピードバウドカウリングとかなんかこの辺が多分、あれ？なんかパーツの、なんか変なことになってるな。なんだこれ。カメラがおかしい。なんで？なんか変な操作した？カメラ操作がおかしい。なんだこれ。これ何？なんかよくわかんないことになってる。ちょっと待って、DA さんまたなんか放り込んでないねえ。またなんか放り込んでないですか？ちょっと待って。アイテム欄が埋まっていく。ちょっとストップ。待って。本当に、入りきらなくなる。みんな待って。ねえ、トノプ一旦停止で。
トノプ休憩、一回トノプ休憩でお願いします。みんな待って、落ち着いて。まあみんな落ち着いてくれ。ちょっとみんな、OK。ちょっとね、ちょっと待って。積載量拡張がもう3スタック以上あるんですが。みんな待ってくれ。本当にありがとう。本当にありがとう。なんだろう、身に余る光栄というか、スロットに余るというか、心臓に、嬉しさがギリギリ勝ってるけど、割と心臓に悪い。ほら、もう入りきらないって。ほら、もう入りきらないって。OK。今日はもう贈り物終了にしよう。みんな本当にありがとう。みんな本当にありがとうございます。今日はもう贈り物このぐらいにしとこう。心臓に悪いんで、ちょっと、一旦こんなもんにしていただければ。これだね。ちょっと、また、この辺をいじっていきますよ。とりあえず、そう、このコックピットのね、ここになんか乗っけてうまく埋めたい。ところで、あれ離着陸装置間違ってばらしたか？なんでこれついてんだ？まあいいや。多分大丈夫でしょう。こいつを、なんか、適当なところにピッとこうつけて、あれなんで後ろ向きにつかないんだ？どうしよう。こうつけて、これに向かい合わせればいいのか。これでどう？かなりいい感じに収まったのでは？なんか横が開いたね。なんか横が中途半端に開いて、ここコックピットあるんだなっていうのが丸見えだね。なんかめっちゃ明るい。何びっくりした。びっくりした。じゃ、ここの両サイド何かで埋めたいと思ったら、ここのパーツが生やせそうだから、ここからなんか生やそう。で、こやつを生やそうと思ったら、まだこいつが2つ余ってるから、これを2つくっつけたら、塩梅に配置が高い。0.5 マス下げたい。0.5 マス下げたい。0.5 マス。しゃあないの。どうしようもないもんね。この 0.5 マスが稼げない。なんかもうなんかもしょもしょするな。あとは後ろにパーツを伸ばしたい。こいつをうまいこと隠したい。何か隠せるパーツはないものか。そう思いましたところに、貨物半ずらしてくが、そう、ここで半ずらしてくが欲しい。ちょっとこの状態から半ずらしできる保険ってあります？この状態から半分ずらせる保険ってありますか？困ったらこいつを困ったらこいつをたくさん積むスタイル。パーツがない。スペクターさん、厳しそうなのでセッションから離脱します。了解です。成形内に基地立てておこうかな。そうですね。基地立てていただければいいかと思います。はい。もう、基地とかはもう、ガンガン立てちゃってください。よろしくお願いいたします。パーツ数が左右対称につかないので。まずは土台になるツールを置いて、やっぱそれの方が早いのか。そうするべきか。あともしくはなんかこの辺の適当な推進パーツをなんかシュッとうまい具合にくっつけて、なんかちっちゃいいい感じの推進パーツないかな。この辺につきそうな。位置が高いんだよな。投げたいものを投げることができたから良き。もう投げすぎ。ありがとうございます、本当に。ちょっと一旦いいことにするか。ちょっと拉致が開かない感じがするんで、一旦もうこれでいいことにして会場に合流する方を優先した方がいいかな。なんかそんな気がしてきた。いた。うまくついた。来た。これでどっちだっけ。フリップ、これだ。来た。よし、来た。悪くないぞ。
うん、いい。いいぞ、いいぞ。よしよしよし。あ、馴染んだ。これでいかがか。あ、なんか思ったよりいいんじゃない？あ、いい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 。整った整った。あ、なんか最初からこのデザインであったかのよう。完成。よーし。OK です。では、戻ります。合流します。ちょっと待って。これでいいよね。なんかハイパードライブ範囲が一気に狭くなったけど、なんで？もしかしてなんか外しちゃいけないパーツ外したか？外してないよね。なんか性能が変わったな。あとなんかシールド強度バグってる。シールド強度がマイナスインフってなってるんですけど、これなんすかね？あれなんだろう？なんか表示が変わった。あれなんだこれ？まあいいか。 OK です。ありがとうございます。あれなんかさっきまで羽生えてたっけか。新たに羽が生えているね。表示バグとか、表示バグかもしれん。よし、じゃあ皆さん会場に向かいますか。あれこのまま運べばいいのかな？どうします？このまま運びます？いらっしゃいませ。今この人数ですね。他に今ここに誰かいます？いないですか？じゃあみんな乗りましたね。じゃあすいません、このまま会場に。あれちょっと待って、外したはずのパーツが残ってる。乗れない。なんで？なんかバグってる。もしかしてなんかバグってるぞ。コルベットの編集ができん。なんでだ？つけたはずのパーツなんだ？ごめんなさい、なんかちょっとバグが起こっているようで。以前のデザインを再開。これか？でいいよね。これを表示直った。これ人乗ってるともしかしてあれできないのか？あれワークショップから退出。なんかバグってる。なんか変更確定できない。なんでだ？なんか変更確定できないですね。なんですいません、有識者の方、誰か助けてください。なんか変更、なんか変更確定 P ボタン。なんだこれ？ P を押すと変更確定？これか、変更確認。いけた。なんかボタンがいつもと違った。でもとりあえず行きました。OK です。操作もいらっしゃいませ。ようこそでございます。一旦色でも変えて変更したら確定できますよ。なんか一応なんとか確定できたっぽいっす。多分これで乗れると思います。じゃあ皆様、乗れたー。解決でございます。ありがとうございます。お邪魔してます。どうぞ。じゃあ皆様どうぞご乗車ください。AI のかけら。なんかありがとうございます。またいろいろ、本当にいろいろもらってしまって。みんな乗りました？誰かセンチネル戦撃隊しとる。よし、じゃあ出発しますよ。よろしいですか？みんな乗った？一応確認するか。乗ったね。いいね。
佐藤さんはあれですか、自分の方のコルベットですか、もしかして。でかいコルベットいいな。じゃあ行きますよ。よいしょ。オッケー。わお。で目的地に向かって飛びたいですと。で目的地がこの戦艦邪魔だな。思いのほか時間かかりそう。あ、後ろにいますよ。了解です。よかったよかった。これがゼズペット。確かこれの反対側なんだよな。違ったっけか。こうのこっちか。こっちだこっちだ。で普段僕が使ってる拠点に対してこれか。その反対側の方なはずなんですよね。整備用ビーコン側。またなんか表示バグってる。そっちもなんか今日ずいぶん表示バグ多いな。ほらなんか点滅してる。おや調子悪い。どうしたどうした。さてとメイン拠点の裏側で多分点滅してるやつに本当は行きたいんですよ多分。なんかバグっててダメだな。ちょっと一回飛びますか。グループ外でも船に乗れるんですよ。便利っすねこれ。自由に船に乗れる機能やっぱ便利っすね。いや見てくださいよこの僕のコルベットの鈍足具合改良の余地あり。改良の余地大いにあり。で一旦こっちに移ってなんかこいつワープ速度速いのか。めちゃめちゃ速い。今まで乗ってる船より圧倒的に速い。あ、やっと目的地見えた。あそこですね。こちらのエポルトコロニーが確か会場だったかと思うんですが、どうでしょう。違うかな。ああそうだ、ここだここだ。こちら会場でございます。到着。お待たせいたしました。こちら泊まるときにですね、こちらの方の戦闘機の駐車スペースの方に向かってそのまま進入していただいて、そこの方向に合わせて着地を決めていただくとちょうど良い位置に止まるんじゃないかという設計でございます。ありがとうございます。到着でございます。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。バザー会場でございます。お降りの方は足元にお気をつけてお降りくださいませ。ご利用ありがとうございました。うまく駐車できた。よきよき。操縦の腕が問われると、ここの駐車スペース非常に諸問題ありなんですこちらがですね、近々のイベントのために設置した開設しました会場でございます。背の高いコルベットの方はですね、上の方に渡り廊下ありますので、そちらの方にかけていただいてもよろしいですし、適当なところに止めて会場にインしてもらってもいい場所なので、あまり気にせず止めていただければと思います。こんな感じですね。ギリギリさん、落ちた。重かったか。
パーツ結構使ってるもんな。これは仕方ないか。おー、七星さんいらっしゃいませ。やっぱシップかっこいいな。いいな、シップ作りたいな。やっぱり憧れる。 D さん脱出。いやー、脱出。やっぱりいろいろ重量負荷の問題がいろいろ出てきてますな。やっぱりパーツ数減らすか。いろんな問題を解決しなきゃいけない。さすが着地うまい。さすが着地めっちゃうまい。ご来場ありがとうございます。なんかここも久しぶりに来たな。懐かしきかな。非常に懐かしきかな。会場もね、あとはなんだろう、お店開く方にいろいろ手入れていただければ完成に向かうかなと。あと細かい装飾全部後回しにしてるんで、そこはみんなでわちゃわちゃできればなって思ってました。あれですね、僕の配信見ていただいてるみたいなのでちょっと名前を出させていただくんですけど、真夜中を行くさんの方もイベントの方に参加していただけるお話になっていたかと思うので、ぜひ真夜行く建設さん、ぜひテこ入れの方よろしくお願いいたします。ぜひぜひよろしくお願いいたします。お待ちしております。ああ、いいですね。みんなのコルベットがこういう風に並ぶ感じ。そうそう、こういうのこういうの。家さんもようこそ会場にいらっしゃいました。ゆっくりしていってください。ありがとうございます。手振っとく。手振っとく。いや、いいっすね。七星さんこんばんは。今日もよろしくお願いいたします。今日もありがとうございます。会場こんな感じですよ。なかなかあれですよね、豆腐さんとマヨユクさんとタイミング合う機会がなかなか作るの難しそうだったんで、その辺もどうしようかってところですよね。うん、本当どうしようかというところ。おお、これなスペクターさんかな。アドミラル・オブ・ザ・ブラック、そうやね。いらっしゃいませ。スペクターさん、もしあれであればあっちの方の駐車スペース使っても大丈夫ですからね。駐車スペースの真ん中寄りの2つの方は短距離テレポーターで出入り口つながってるんで、結構すぐに移動できると思うんですよ。会場案内もどうしようかってまだ全然考えてなかったんで、どうしたもんかって感じですね。このエンジン音は音バグかな。なんか同じエンジン音が反復して聞こえる。気のせいか。あ、違った。こっちに合流だった。合流ありがとうございます。こんな感じでございます。読み込めるかな。まだちょっと読み込み時間かかりそうではある。いいっすね。コルベットがいっぱい集まるとやっぱり壮観ですね。非常に映える。ちょっとカメラの引きで全体見たいな。いいっすね。みんな集まりますね。良きっすね。いよいよって感じ。よいしょ。おお、でかい。でかいぞ。ああ、壮観。すごい。船がたくさん。ほんとそう。誰かめっちゃ被ってる。誰かめっちゃ被ってるぞ。一応下の空間も空いてるですからね。ああ、読み込みにかかる。頑張れ、俺の PC。読み込め。頑張れ、読み込むんだ。もうちょっと。もうちょっとだ、頑張れ。
いやー、いいっすね。壮観っすね。皆さんどうですか？止めづらくないですか？会場的に。まだまだ、手直しはしようと思ってる会場なんで、ちょっと感想というかいろいろ聞かせてもらえると。建築の回数がまだ多くないから、やっぱりアドバイスとか意見とかガンガンもらえた方がありがたいので、何かあれば、歯に気に着せずバスバス言ってくださいね。よろしくお願いいたします。いいっすね。これかっこいいないいですね。いいっすよね。やっぱコルベットがずらっと並ぶと、いいっすね。あ、めっちゃいい。めっちゃ良い。いいな、いいな。で、僕の想定だと、コルベットここにずらっと並べてもらって、そこの戦闘機置き場、発着場のところに、おのおの、戦闘機。あとは、運営スタッフの方の船は、小さいのそこに止めてもらって、あとは、バザの商品持っていく人はコルベットで来てもらう前提なので、その人たちにここにずらっと並べてもらうみたいな。ざっくりそういう想定だったんで、この辺が全部船で埋まるという想定で考えておりました。D さん、降りてから船に呼びました。反則。いや、いいんすよ。全然いいんすよ。僕も最初普通に座ってたんで、自分で作っておきながら、やっぱり、ここに船止めるのに、操縦技術が必要なんで、やっぱ厳いなって正直思ってたんで、全然大丈夫です。加藤さん、今回はトラックで参加。トラック。いいっす。あ、読み込めた。いいっすね、やっぱ。いいっすね。サイズ感が、重厚感があるのが素晴らしい。ワクワクしますね。いや、ほんとそうっすね。やっぱ、楽しいっすね。やっぱこうやってずらっと並べてもらうと、嬉しいっすね。なんかニヤニヤしちゃう。これは嬉しい。いやー、ずっと見てたい。正面から見たいな。正面からの絵を見たい。こっちから引きでいこうかな。会場が、あれなんか一個消えてるな。設置物が一個消えてるからまた後で確認しに行きます。カメラの操作が下手なのでなんかちょっとうまくいってないですけど。こうか。こういう感じで移動して。いいっすね。やっぱグリッチ使えるとやっぱ綺麗だな、シルエットが。やっぱグリッチ覚えたいな。なんか、ロブスター意外と悪くなかったんだ。しばらくこれで行こう。船埋まっちゃってますけど大丈夫ですか？大丈夫？誰のコルベットだろう今埋まってるの。よし、じゃあ、鑑賞会と行きますか。やべ、夜になっちゃった。鑑賞会と行きましょう。ですよ、かっこいいですよ、ロブスター。褒め上手。ありがとうございます。こちらの船は、どなたのでしょう？最近乗ったコルベット。名前が出ない。この子は誰だろう？中入っちゃう？全体見たいけどな。いいっすね。ブースターがたんまりついてますな。やっぱ出入り口の上のセンターにやっぱブースターやっぱ収めたいですよね。いい感じですね。やっぱその形がいいんだよな。そこ真似したいな。やべ、マジで壮観だな。ロブスターの横はオイラのこっちの白い方ですかね。ゲルゲリさんのやつですね。中お邪魔してもよろしいですか？失礼します。お邪魔します。撃たないで、許して飛び降りてしまった。お邪魔します。よいしょ。いいっすね。いいっすね。あ、ちゃんと寝室もある。突撃隣の夜ご飯。あ、ちゃんとゲストルームだ。
素晴らしい。いいっすね。ゲストルーム素敵っすね。武器もあり。ポットもあり。いいっすね。たくさんの人乗っても大丈夫な構造ですね。あ。ちゃんと窓もある。いいっすね。自分のやつ窓つけようと思ったらつけれなかったから、羨ましい。窓いいな。ゲルゲリさんいいですね。非常に良きだと思います。みんな船の中にこのセーブポイント乗っけてるんですけど、やっぱこの本いいんすかね。そう、僕セーブポイントって実はこのゲーム中にあんまり使ったことなくて、その有効な使い方がよくわかんなくて、真似しよっかな。参考にさせていただきます。失礼します。上もお邪魔します。貨物もあり。初コルベットですね。初コルベットいいですね。いいですね。かなり実用的ですね。この感じだともう、なんだろう、収納スペース、貯蔵スペースはもう、みんなある感じですかね。素晴らしい。下に降りたい。下に降りたいぞ。階段ここ。こういう感じか。なるほど、なるほど。ほほほ。良きですね。機能美。素晴らしい。機能美良きですね。ありがとうございます。良き良き。いいですね。このモリモリな感じがいいですね。グッドだ。非常にグッドだ。ゲリゲリさん、これなんだろう。上の方の足場の下に入っちゃってるんで、場所を動かしてもらえれば、全体図とかも、カメラで見たいですね。あとは、こっちから順番に行こうかな。こちらはどなたのコルベットでしょう。下からもいいですね。やっぱ今これ対局ですね。お、あーん、消えた。移動なすった。でも残念。上から見るスタイル。もしかして結構不安定か。あ、間違った。ここ屋根あるや。よいしょあ、いいっすね。いい感じです。ありがとうございます。すいません、自分見るのが遅くて来ていただいたの落ちちゃったかな。読み込めてないだけかもしれない。あ、シンプルに読み込みきついだけか。今七星さんのコルベットが出たり消えたり。頑張れ、描画するんだ頑張れ、描画しろ。俺の PC 頑張れ。じゃあ今度はこちらを見させていただきます。こちらはどなたのでしょう。こちら DA さん。DA さんのコルベットですね。じゃあちょっと中の方お邪魔させていただきますね。お邪魔します。いいっすね。お花が飾ってあって、すごい空気良さそう。マイナスイオンが充満してそう。いいっすね。どうぞお邪魔します。お、短距離テレポーター。やっぱり短距離テレポーター使いようがやっぱある感じなんですかね。いいな、マップ。ちゃんと部屋って感じ。食堂があって、プランターの緑が消えたまま復活してくれません。事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだあ、いいですね。ちゃんとロッカーがあって、自然置き場があって、あ、いいですね。生活感というかちゃんとあるですね。ここにも植物があって、なんかマイナスイオンがすごいマイナスイオンが感じられるいい配置ですね。あ、テレポーターは飾りです。これでコックピットまで飛ぶ想定。いいですね。デザインですね。いや、あれですよね。コルベット内で短距離テレポーター使えるようになったら嬉しいですよね。なってほしい。実際機能的にはなってくれたら楽だと思うんですけどね。おー、すごい。船の中にバーみたいなのがある。めっちゃ良い。最高か。あ、こういうデザインのいうプロセッサーもあるんだ。なんか他の人のコルベットを見た気がする。
なんかめっちゃおしゃれじゃない？デフォでこのデザインなのかしら。めっちゃいいですね。こんな感じで、いらっしゃいませって感じで。これめちゃめちゃいいですね。いらっしゃいませ。ディエズバーへようこそ。これめっちゃいいな。やっぱコルベットの中にこういうの作れるの素敵っすね。これやりたいな。うわこれテンション上がるっすよね。いいな。1階の後ろは来客を、その辺りはクルー用。やっぱ中こういう風に分けてあるのも素敵ですね。皆さんのコルベットを拝見すると、うちの子は帰りの余地ありまくりだなと感じます。どれもすごいな。やっぱみんなすごいっすよね。やっぱそれぞれ趣向を凝らして、やっぱその人のその何が好きかとか、こういうのが好きなのがやっぱ見えてくるのもまたおしゃれでいいですもんね。カウンターこうなってるんだ。おしゃれ。フロストバートで飲み物がキンキンに冷やせます。めっちゃいいじゃないですか。しかもほら、音楽も流れる感じ。めっちゃよ。夜なので分かりづらいですけど、側面ガラス張りです。これですよね。めっちゃおしゃれ。うわー、ここに住む。ここに住む。で、ここにね、入ってきた瞬間に体力も回復して、お酒飲むための体調も万全にできるというね。完璧な構成。なんか、でも引っかかるな。なんだろう。これ何引っかかってます？これ。なんだろう。こういうところもある。なんかベッドおしゃれだな。ヒーターもあって。ゲストルームだ。めっちゃゲストルーム。すげえ。めっちゃゲストルームだ。めちゃくつろげる。マジですごい。いいな。こういう建造したい。マジで参考になる。マジで助けて。助けて。俺だけ？みんな普通に取れる。Y だけ取れない。Y の当たり判定バグっちょりや。アンバサダー通路だといろいろしたい。そうですね。アンバサダー通路対応したいな。抜けた。コックピットも見たいな。ドリドリ。実用的。ゲルゲリさん、やっぱオイラのは工業船だな。わら。やっぱあれですよね。僕もこの域にたどり着かないですけど、これすごいですね。船の中にこういう生活感というか、なんだろう、おしゃれ空間を生み出せるってやっぱすごい。でもやっぱ上は急に実用的ですね。この区分分けすげえ。真似して、めっちゃ真似したい。悪魔神テイルさん、こんばんは。お久しぶりです。ご覧いただきありがとうございます。今日は皆さんのコルベット鑑賞会始まっておりますので、よかったらゆっくりしていってください。すごいみんなのコルベットいい感じ。めっちゃいい感じです。もうめっちゃ参考になりまくる。半分リアクターでできているのでごまかすため工業パーツです。いや、大事。めっちゃいい感じ。悪魔神テレさん、だいぶ旅は進みました。旅進む。あれあれやべ、痛いとこ疲れた感じが。旅の進捗を聞かれると、なんか胸がジクジクする。やばいかもしれん。スペクターさん、うちのは機能性重視でナイスほぼいじってね。想像力 F。スタンド成長性 A。まだまだ成長できる。大丈夫。まだまだ成長できるよ。頑張ればいける。ギリギリさん、また落ちた。やっぱり会場重いかな。結構ね、会場広さがあるから、もしかしたら結構重たいのかもしんない。なんかもっとうまく会場のコスト減らせればいいんだけどな。なんかいい方法ないかな。いやー、DA さんわらわら。やっぱでも胸刺さる部分あるっすよ。やっぱ側面ガラス張りめっちゃいいな。なんか、この辺の造形いいっすよね。ここの空間ってどうなってるんだろう。このサイド消して窓ガラスでやって、構造体貫通させるとかも結構いいな。悪魔神テイルさん、自分はコルベット適当だから見せられん。いや。大丈夫です。いつか見せれるようなコルベットできると思うんですよ。僕もまだ途中ですからね。そう、もともと今日僕のコルベットがなんとなく形になったから、お披露目をしたいですっていう、あれだったんですよね。
ちょっとコルベットのまず全体図見ていいですか。うわ、待って待って。パーツがはみ出してます。パーツはみ出すっすよね。これめっちゃいいっすね。これ上からも行けるんだ。この階段、上に行く階段か。うわ、これめっちゃよ。お、下のテレポーターの上のくるくるもなんかいい味出してるんですね。これカウンターか。これカウンターで囲うとこんな感じになるんだ。うわ、おしゃれ。これ真似させていただきます。この造形めっちゃいい。佐藤さん、コルベットパーツも含めてですから読み込みしんどいですね。やっぱ重いか。やっぱ結構重量出ちゃうっすね。よいしょ。こんな感じ。DA さんのコルベット。ずれないように調整で5、6回作り直しました。偉いっすな。ゲルゲリさん、オイラも見せられた船ではない。いや。なんだかんだね、コルベットは手を入れれば入れるほどだんだんその人のね、好きなものが見えてくるですから、時間かければどんどんね、自分の好きなデザインが生まれてくるわけですよ。整ってるなぁ。やっぱグリッチだよな。綺麗だなぁ。あと、エーロンパーツの赤いラインと、あとリアクターとかいろんなの青のパーツラインと、これがすごいいい感じですね。すごいなぁ。赤間上テレさん、なるほど。入り口の光のやつによく思いつくな、こんなの。いやね、みんなね、発想力がすごいんですよ。みんな発想力がすごいのよ。ゲルゲリさんの船もかっこいいですよ。ゲルゲリさんの船はこれ戦闘機風。かっこよいじゃないですか。めっちゃかっこよいじゃないですか。なんだかんだみんなかっこいいのよ。ね。なんだかんだみんなかっこいいのよ。ワイはあれだな。やっぱりこの会場をもう少し軽くする方法を考えなきゃいけない。いやー、みんないいなー。やっぱグリッチなんだな。カメラもっと外側行ってくれ。頼む。ゲルゲリさん、今復帰中ですね。了解です。Oh, yes。頑張れ、俺の PC。読み込め。それ私ですね。これ佐藤さんですね。佐藤さん、さすが。グリッチが効いてますね。これもともと縦型パーツじゃなくて、これ縦向きに設置し直してるんですよね、確か。これかっこいいなぁ。これ縦の取り付けとかできれば最高ですよね。赤間上テレさんは自分はどちらかというと実用性に振ってますので、いや、大事。実用性に振るのは大事。僕が今回作ったのは、全然実用性に触れてないので、視界ゼロなので、ちなみにこの赤いのが今回僕が作った、ロブスターでございます。船の名前がまんまロブスターとなっております。どうすか？美味しそうに茹で上がってますよ。どうぞ食べてみてください。中何も積んでないですけどね。ただ、ボディは肉厚になったんじゃないでしょうか。間にこう、バンバン自慢させてください。E フォルム DA さん褒め上手。ずっと褒めるじゃないですか、なんか。トノプ？ここでもトノプが始まってる？こういう感じなんでございますよ。七星さんの七星さんのシップに関しては大鳥に残して一番最後にこうまた紹介しようと思っております。なんだろう。僕個人的に好きすぎて、いちごのショートケーキのいちごの部分と思って今最後まで撮っております。最後に紹介させてください。やっぱり側面の味が好きです。このロブスター。ね、白いお皿に乗っけて、今度お皿作ろうかな。会場。かっこいいなあれマジで。こちらですね。こちら戻らせていただきまして。よいしょ。一回もう映るか、場所映っちゃった方がいいな。よいしょ。よしと。じゃあちょっと映らせていただきますね。よいしょ。ひゅー。着地が下手。痛い。それはデフォで縦置きですよ。前後の反転をさせてますけど、デフォ縦置きできるパーツなんですね。よいしょ。じゃあゲルゲリさんの船も見させていただきますね。どれ。
ふはは、俺の配信に来たが最後、全国公開だ。みんなとくと見よう。いいですね。実用性全振り。やっぱいいですね。ごついのいいですね。ごついの良き。あとね、こういうところにね、ちゃんと窓ガラスが設置されてて、風景見える形になってるのがね、憎いっすよね。こういうね、ガラスからその外も中も見れる構造。これがすごいいいんですよね。こっから見える風景いじるもよし、こっから中見た時にテーブルとか装飾が見える造形もよし、可能性が無限大なパーツなんでね。そして実用性があるだけあってシールドがっちり。シールドがっちりですね。これも良き、素晴らしい。あとやっぱこのタイプの着地足、これいいっすよね。本当はこれ複数積みたいんですけど、もう3つしか持ってなくて。だから自分の船に搭載しようと思うと、2個ずつしかつけれないんで、なかなかっすね。見上げてますけど、下からの造形もいいですよ。ちょっと下からじゃあ見させていただきますよ。カメラを下に持っていって、グン。この足の造形がいい。いいですね。やっぱシールドがちゃんとあるのがいいですね。ああ、いい感じ。このフォイルというか、光があるのもいいですね。やっぱあれっすよね。エンジンはあればあるだけいいですからね。かっけえっす。かっけえ。パワーを感じる。やっぱ僕ら男の子ですからね。エンジンはあればあるだけいい。やっぱ装飾パーツ馴染むっすね。いい感じ。この足っぽく見えるのやっぱいいっすね。いい感じや。ギュッと下降りて。こっからも。いいっすね。なんかあれですね、コックピットのところが、なんか全体的なフォルムと相まって、ほら有機的なパーツじゃないのに有機的に見えるところもまたおしゃれ。いい感じやな。結果的にこの中の空間めちゃめちゃ広く取れてるのがめっちゃいいですよね。何でも搭載できる。良きっすね。いいな、このでかいブースターもうまいこと使いたいんだよな。この足っぽいやつ飛行の時形変わるの好きなんですけれども、使いどころ難しくてこんなうまく使えない日、いやーもう難しいですよね。僕も今日初めて使ってみたっすけど、後ろでそうなるんだみたいな感じがあったので、これうまくつけられたらめちゃめちゃかっこいいパーツですからね。でもこれいい感じじゃないですか。だってこれだって後ろ向くと吹き出し口が両サイド44プラスの両サイド8でしょ。何個ついてる？ 8、9、10。すごいな。13個ぐらいジェットエンジンついてる状態。めちゃめちゃ良い。あとね、僕個人的にこれ好きなんですよ。わかります？このV6 エンジンみたいなこのパーツが個人的に好きで、これはどんどん多用していいと思ってます。これはあればあるだけいい。で、今日初めて使ったこの真ん中にそれがあるパーツ。そうそう、燃料棒の説得力。そうそう。これが説得力を出すんですよ。そうそう、今、言語化。そうそう、それ。言語化ありがとうございます。この説得力が出るこのパーツめっちゃ好き。そう、説得力愛してる。いいっすねー。めっちゃ良い。神ってるな。ありがとうございます。いや、コルベットはいいですな。コルベットはいい。コルベットはいいよな。コルベットはいい。あとは、佐藤さんのやつも今アップ取ってないですよね。ちょっと上お邪魔してもいいですか？飛びます。お邪魔します。エンジンっぽくできたのがお気に入り。ね、これセンスいいっすよ。エンジンっぽくできてるの。すみません、佐藤さんいきなり上に乗っちゃいましたけど、ちょっとまたお写真撮らせてください。失礼します。よいしょ。よいしょ。いや、でもコルベットやっぱロマンスよね。見て。ちょっと待って。木倒す。ちょっと木倒すわ。この木は邪魔ですな。ちょっと木を倒しますね、一回。すいません。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。嬉しい。助かります。お写真撮ります。よいしょ。
佐藤さんどうぞありがとうございます。エーロンシールドのバランスいいなね。エーロンシールドもこれ自体もそのデザインになるからかなり決まるっすもんね。スタイリッシュ強そう。いや、マジかっこよ。いや、やっぱとんがってんのいいな。なんだかんだこれなんすよね。ちょっとなんか、一番鋭いとこから見たい。一番鋭いアングルここ。佐藤さん、どのアングルが一番いいですか？おすすめのアングルあります？かっこいいな。多分上から見たら十字っぽくなってるんだろうな。いや、すげえいい、この戦闘機デザイン。さっき後ろ向き、なんか動物がさ、この動物は何なの君は。君は何なんだいそれは。全くもう、目立ちたがるんだから。この説得力のパーツが、後ろ向いてても前向いててもこの存在感。これかっこいいですね、やっぱ。あ、すごいこのブーストも、このプロペラ、下向きプロペラ上のパーツも両サイドについてる。これもなんか、すっごい綺麗に収まってるですね。この、前後のバランスとなんかぴったり、もともとこのために造形されてますみたいな収まり方。これマジすごいですね。そのとんがりは時間かかりました。これやっぱり、グリッチとかでうまいことやってるんですね。これかっこいいんですよね。いや、ほんとそう。めっちゃかっこいい。あ、見てこれ。そうそうそう。このシールドとかもこういう風に綺麗に収めたいんですよ。これかっこいい。あとこのパイプパーツ。あ、これ足場？もしかしてこれ軽量足場入れてパイプ表現してます？マジ？かっこいいよ。マジか。おしゃれすぎ。おしゃん。これそうですよね。これ軽い足場かなんかのパイプパーツじゃないですかこれ。これ。違うかな。待って。勘違いだったらごめんなさい。一人で盛り上がっちゃって、あれですけど。違和感な。全く違和感ない。こういう使い方もできるんや。ちょっとこの、待って、この先端だけで超見れる。何これすご。すご。まだ先端しか見てない。です。さすが。すご。ちょっとこれ見ながらちょっとなんかレッドブル決めていいですか？ちょっと待って、めっちゃいい画角で、それを眺めながらちょっと美味しいドリンク飲みたい。こうかな？どうしようかな。ここ。紐出てきた。ここ。じゃあちょっとレッドブル飲ませていただきますね。いただきます。うまー。うま。佐藤さんのコルベット見ながらのレッドブルはうまい。これスクショタイムでいいのでは？これスクショタイムでいいのでは？人様のコルベットでスクショタイムで、全力尺稼ぎ。他の人のコルベット新たに止まってる。誰そっちも見たい。ちょっと定期的に僕の配信でみんなでコルベットのミサ1個しましょうよ。ここの会場を使って。みんなで定期的にコルベットミサ1個しよう。みんなで。こいつは楽しいぞ。平日ど真ん中で申し訳ないですけど、本当に、あれだなまだ、あんまり深く絡めてない。マヨヨクさんも豆腐さんもコルベット乗ってきてくんねえかな。ここでまた絡みたい。美しい。いや、そう。このノーズのデザインは新しいですね。これやっぱ、新しいですね。スタイリッシュ。美しい。ほんとそう。赤マカ見てるさ、なんでみんなこんなの作れるの？ひゅん。いや、僕もそう思う。いや、これはやっぱグリッチ、テクニックの力っすよ。マジですごい、これ。よーし。じゃ次行きますか。次行きましょう。佐藤さんありがとうございます。
よしと、たっぷり見させていただきました。美しすぎる。ねえ、みんなマジすごい。ちょっと、ロブスター隠していいちょっと、レトナガさん、すごいな。ねえ、みんなすごいですよね。あ、すごい、いい感じ。まさにスペースシップって感じのデザイン。ちょっと、まず一回下から見ようかな。あー、危ない。これはあ、リエさんの船ですか。これもいいですね。これもめっちゃいい。なんかすごい王道のスペースシップデザイン。ロブスターもいいのですよ。ありがとうございます。本当に。2隻目持ってきました。ありがとうございます。これもかっこいいな。めっちゃよ。いいな、王道デザイン。またこの下の方がガラス張りなんで。痛い。許さん。貴様は許さん。オッケー。シュバシュバ。シュバシュバ。なんか見たことない足パーツ生えてる。痛いよ。ここ植物多くね？鑑賞会の邪魔をするでないわ。上は甲板乗れるのかな？甲板乗れるのかな？あと下をぐるっと堪能してから。夜になっちゃった。夜になっちゃったから上から見ますね。すいません、じゃあ上の方失礼します。よいしょ。お邪魔します。お、ここ真ん中乗れる感じですね。じゃあこの状態で写真撮らせていただきます。で、ちょっと太陽紹介しますね。この辺がいいかしら。同じく2隻目。D さん、内装は内装です。突っ込んだ方がいいか。内装は内装です。了解でございます。ギリギリさん、同じく2隻目、ありがとうございます。この後ですかね。油圧レッグかな？油圧レッグこんなんでしたっけか？容器ですね。あ、いいですね。有機デザイン。有機デザインの、やっぱヘッドいいっすよね。内装見てー。あれこれ前回と違う？もしかして。七星さんの船前回と同じやつでしたっけか？なんか前と違うか？同じか？最後にじっくり全員でじっくり舐め回すように鑑賞させていただきます。いいっすねー。いいっすねー。戦闘向けって感じ。いいっすね、やっぱ。王道の戦闘シップ感がすごいかっこいい。これ好き。ここ多段構造になってる？もしかして。あ、ここ2段構造か。いいですね。2段構造にするとこんな感じになるんですね。で、ここにリアクター隠して、で、後ろこれ繋げて。デザインちゃんとできてるな。同じやつですか、七星さん。同じやつだったですね。楽しみ。もう一回じっくり見るの。大鳥楽しみ。ねえ。すごいっすっけもう。甲板がいい感じ。ところがどっこい中はオープンラウンジ目指してます。いいっすね。オープンラウンジいいっすね。結構船の内装みたいなの、空間広く作る技があるらしいですもんね。それで作ってる方もいらっしゃるので、やっぱ真似できたら最高っすよね。おいもいつで真似したい。いいっすね。やばい。ワイのこのコルベットの両サイドにつくこれ邪魔かも。これ邪魔かも。うん。デススター来たどこ？カメラが飛ぶ。デススター来た。かっこよ。やばい、コルベット鑑賞会が無限に続くぜ。いやー。スターウォーズの船。そう。スターウォーズの船。名前なんだっけ？戦艦っていうか戦闘機っていうかそっちっすよね。いいなぁ。これ背中のあれか。エーロンのパーツか。うまく埋まると、真ん中の丸デザインが際立っていいですね。そしてこの説得力パーツ。これほんとかっこいいですよね。すげえ収まりいい。いいっすね。いや、調和してるなぁ。いい感じ。ちょっと斜め下からも見たい。いいっすね。
そういえばセンチネル戦まだ一機も持ってないんだよな。その一人に行かなきゃ。ギュッ、ギュッ。説得力。あ、下向きのこういうパーツもあるんだ。いいっすね。お尻が綺麗っすね。あ、お尻整ってるな。これいいっすね。ロブスター邪魔だロブスター邪魔だあ、今気づいたっす。ここのコルベット駐車場は鑑賞会しようと思うとギチギチになってしまうというデメリットを今発見しました。ちょっと、ここはいろいろ考えなきゃいけないですね。鑑賞ステージ1個作るのはいいかもしれないですね。順番に鑑賞しましょうって言って、鑑賞のコルベットここに止めてくださいって会場1個作るのはありかもしれない。みんなで舐め回してみる用の会場1個作るのありかも。ちょっと考えておきます。あ、スペクターさん。スターデストレイは私のです。内装はあかんよ。みんな内装はあかんよっていう。内装はやんない方がいい？見せない方がいい？じゃあちょっと、外装だけにしますか今から。外装だけのちょっと回にしますかみんなちょっと、内装はみんなこれからですからね。よし、じゃあ一旦これで。ありがとうございます。いやー、いいっすね。コルベット楽しいな。暗いぜ、部屋が。佐藤さん、じゃあ私は小さい船を。了解です。小さい船。あ、いいですね。どれかの順番に見ていけばいい？近いとこから見てっていい？ちょっと近いのから見ますね。痛いが。お、ありがとうございます。このちっちゃい子が、これ佐藤さんのですか？ロブスターもかっこいいのに。いいさん、内装まで手を出してる余裕が。内装だってこだわったら超時間かかるですもんね。じゃあちょっと上に乗らせていただきますね。失礼いたします。あ、でもそっち先に出してもらってるから、そっちから先に見ますか。先に出してもらった順番で見た方が平等な気がする。ちょっと上を見させていただきます。よいしょ。待って、上乗っちゃって申し訳ない。よいしょ。じゃあこれで、はいよこう。よいしょー。オッケー。よいしょ。いいですね。言わずレック仲間。やっぱ説得力大事ですね。やっぱ有機的ヘッドの使いどころってやっぱ難しいですよね。これで調査させようと思うと、シルバーいいな。パーツ回収用。あ、じゃあこれはあれなんですね。実戦向けの構築になってるんですね。そのための武器なわけですね。やっぱりセンターに集中させて集まりやすいように真ん中に集めてる感じ。実用パーツてんこ盛りと。そうするとブースターとかリアクターがまんべんなく乗って、まんべんなく乗ってる感じだ。シールドも乗ってて、本当に実用ですね。こうやって見るとエンジンすごいいいバランスでついてるですね。奥行きの狭いエンジンこうやって乗っけるのいいのか。こうすると確かにエンジン収まりいいですね。リアクターの後ろにくっつけて。これいいな。ちょっとこの構造、次回真似させていただきます。参考にさせていただきます。リアクター便利だな。そのサイドに直接そのままエンジンつけて。ほー。小さくまとめようと思ってばこの辺がすごい便利だな。この3本足の油圧レックかっこいいな。みんな使ってるけど、これにしよっかな。これかっこいいな、デザイン。すごいいい感じに見える。羨ましい。ヘビーブースターかっこいい。これいいっすね。真ん中にでかくズドンってあるのもまたこれがクールでいいっすね。ホットでクール。めちゃめちゃかっこいい。お、サイドのシールドっぽいデザイン。ここに入ってるっすね。収まるな、結構。いい感じ。魚雷だ、これ。魚雷や。やっぱつくべきとこについてると魚雷馴染むっすね。本人も赤く光ってるし。これもデザイン映えるんだな。やっぱ、戦闘の性能というより、デザインとして魚雷刺すのも全然ありっすね。だからちょうど背中から連続で並んで生えてるとかっこいいかもしれん。グリッチでギチギチに寄せて。グリッチ覚えたら挑戦したいな。
いい感じ。いい感じですね。この頭の先端自体が 0.5 マス下に下がってるデザインがやっぱりなかなか個性強いですからね。この個性でまとめようと思った時に、やっぱシルバー全体にまとめる感じはいいですね。縁取りはこんな感じなんだ。あ、パイプの色もこの色になるんだ。ね、違和感がない。ね、いい感じ。いいなぁ、おもろいなぁ。いい感じじゃあ。やっぱみんなこのパーツ好きなんですよ。みんな V6 エンジン大好き。そりゃそう、男の子だもん。男の子はね、男子ってこういうのが好きなんでしょ男子ってこういうのが好きなんでしょ大好きすごくわかる。大好き。やっぱコルベットって男子の好きなもの全部詰まってるんですよね。どこ見てもかっこいい。リエさん、はい、いい返事。このリアクターのこの青いパーツ、ここも回ってるんだ。これ気づかんかった。青いところが回ってるのみんなかっこいいな。いいっすね。素晴らしい。あ、このデカール貼ってんだ。気づかなかった。ゲルギリさん、こいつはパーツ集まったら解体予定です。バラしちゃうんすか？あ、次世代機作るってこと？さらにカスタムするわけですね。やっぱり最適パーツが出揃ったら、やっぱり最適パーツのみで組んで、グレード上げていく感じですね。コルベットはやっぱ奥深いですからね。やっぱり新しいパーツが出たりとか手に入ったら、どんどん突き詰めていけるから、そこも楽しいですね。ありがとうございます。どうしよう、ついついいっぱい見ちゃうから、すぐ夜になっちゃうな。で、次は、順番的には、こっちがさっきお話ししたら黒い小さいコルベットですかね。で、先に来てもらったそっちの方を見ようかしら。もう順番がね、今大体わからなくなってきてる。よいしょ。次はこちらを見させていただきます。こちらはよいしょ。ね、今言ったみたいに、そう、魚雷、これ。魚雷こういう感じで埋めると収まっていいよねってやつ。まさにこれのこと言ってた。やっぱこの先っぽとんがってんのいいな。これ真似したいな。だってこれグリッチっすよね。アンテナの埋め方うまいな。すごい違和感ないもんな。あ、そして武器やん。これも埋まってるやん。おしゃれー。この光ってる中また別のパーツに見えるのもまたかっこいい。あ、ここに埋まってるんだ。フィールドここに埋まってる。これもいいな。これも武器か。じゃこれも見させていただきます。いでよ太陽。斜めたまた動物がさ、このバグない？また動物みんな飛んでる空。みんな見て。動物全員すら飛んでる。これ何？これよくある感じ？これ。これって、あるあるなの？有識者求む。生き物がみんな空を飛んでいる。どういうことこれは。光あれ。いや、コルベットに戻りますか。かっけえ！一体感がいいですね。やっぱかっこいいですよね。あ、ところどころ黄色が入ってるのか。おしゃれ。まとまってるな。なんかこういう小型戦闘機って言われればもうなんかそういう風に思える。マジでまとまってるな。グリッチ使えばこんな感じできるの？あ、エーロンパーツのダイヤモンド。真ん中と両サイドにあるの。いいな。動物一生箱初めて見ました。そうですよね。普段見ないめっちゃ高くまで飛んでる。うん？キャテルミューティレーション。上に UFO おるか。あれか、みんなのコルベットが下から突き上げてるパターン。特殊すぎる。ね、赤いラインが繋がっててかっこいい。こことかもすごいいい感じですね。流れでこう繋がってこう行く感じ。おしゃれ。これいいな。親方空から動物が。ほんとそう。マジでそう。ひでえバグだぜ、ほんとに。かっこよきっすね、これ。非常にかっこよき。あ、後ろもよ。いい。このちっちゃいボディに大きく開いたこの噴射口がパワフル。
この対比いいな。見てこの強力噴射を感じさせるこの後ろのシルエット。かっこよ。これ。もう燃料一気に噴射する感じ。たまりませんな。ちょっと失礼。横もいいっすね。おしゃれ、これ。待って、説得力パーツが。うわ、すげえ。コンセプトはツバメでいいんですかね、これ。コンセプトはツバメです。速そう。めちゃめちゃ、確かに羽の形っぽい。ブースターのところがガコッと展開してるみたい。かっこいい、これマジで。ツバメ確かにぽい。滑空してる時の、最速で飛んでる時のツバメの羽のシルエットイメージしてる感じですかね。これ速そう。スタイリッシュだなぁ。コンセプトバッチリ。かっこよいなぁ。明確なコンセプトでこの形作れるのマジでかっこいいなぁ。すいません、かぶっちゃった。ごめんなさい。コンセプト確かに。ねえ、これすごいです、マジで。かっこよんすぎ。下のところもシルエット的には丸く収まってるところがまたその動物イメージ。丸くシルエット取り入れるとなんかそういう有機的なイメージがすごい湧きやすいですよね。いわゆる円尾ってやつですよね。この後ろの方に鋭利なセンターがこう風で流れてるデザインが。いわゆる円尾ですよね。かっこいいなぁ、これ。やべえ、もう、みんなのコルベットずっと見てたい。もうあともう4時間これでいい。4時間は長いか。ありがとうございます。黄色の差し色もまたいいですね。黄色ってところがいいですね。よし、次参りましょう。ありがとうございます。次まだ見てないのはどの方のを見てどの方のを見てないのかなんかわからない。追えなくなってきてる。次はこっちかな。ちょっとスター・ウォーズの世界に参りますか。そうするとではスター・ウォーズの船お邪魔いたします。はい、邪魔します。すいません、乗っちゃいました。綺麗に収まっててすごい丁寧ねえ。やっぱこういう人は部屋も綺麗なんだろうなって思う。偏見だけどこういう人は部屋も整理整頓されてるんだろうなって思う。お邪魔します。スター・ウォーズのね、登るのが下手くそ。ちょっと待って、登るのが下手くそ。よいしょ。この船は白。これ黒いのスペクターさんでいいんでしたっけ。名前が表示されない。これどうすればいいんだっけ。こちらの船を見させていただきます。シンプルなのが好きなんです。いい感じじゃないですか。ちょっと見させていただきますね。ちょっと水分補給させていただきます。うわぁ。レッドブルで翼を授かりながら。では、この辺も可愛い。パーツ重なってなんかちっちゃい羽が生えてるの可愛い。こっちもだ。いいっすね。いい味醸し出してますね。そしてカメラを引きます。下げながらいいかな。さあ、皆さん見たことのあるデザインではないでしょうか。スター・ウォーズで登場いたしました。名前なんだっけ。そう、誰もが絶対見たことあるシルエットの船。でも多分みんな名前がパッと出てこないであろう。スター・ウォーズのでおなじみの。なんかスター・ウォーズのあれで出てくるとめちゃめちゃでかい船なんですよね、これって。単品というより中にその戦闘機を積んでるような、なんかそんな感じのジャンルの船だったような記憶があるんですけど、そう。スター・ウォーズとわかるけど名前が出てこないっていう。スナップグリッチで作りました。やっぱグリッチ。いや、やっぱ収まり綺麗になるっすよね。パーツを綺麗に重ねられるから。インペリアル級スター・デストロイヤー。これスター・デストロイヤー。これか。ごめんなさい、カメラ飛んじゃった。DA さん、わらわら。スター・デストロイヤー、これか。これいいな、かっこいいな。それコックピットの位置もちゃんと綺麗についてて、視界もすごいしっかり見えそうな感じでいいですね。
いいな、いいな、いい感じだな。綺麗に収まっている。コルベットとは各こうあるべきというなんかお手本みたいな感じですね。グリッチコルベットはこうやって作るんだぜのお手本な気がする。いやー、さすが。これはすごい。シルバーかと思ったら、これ黒なんですね。光の当たり方でなんか白っぽく見えたけど、黒ベースだ。へえ。これをこれで映える。消えたーん。ガチガチの戦闘向きな性能してます。消えてしまった。頑張れ、読み込み。頑張って読み込むんだ。どうやら Y の PC もまあまあ悲鳴を上げている様子。あ、船入れ替えたのか。了解です。じゃあこれでみんなひとしきり行きましたかね。やっぱいいですね、コルベットは。船パーツだけでデストロイヤー再現できるのすごい。確かにそうですよね。使ってるの基本的な船パーツだけだったか。うまいなぁ。みんなパーツの使い方がみんなうまい。すげえなぁ、みんな。おしゃれよのー。お、いつか見せていただいたカエルちゃんが来てますね。カエルちゃんいい感じ。カエルちゃんもまた見たいな。でもなんかあれですね、これ以上七星さんの船をお待たせするのもなんか忍びないので、そろそろ一旦仮の大取りで行っちゃうのもありかもしれない。やっぱアドミラルブラックいいっすね。かっこよい。ギリギリさんダメだ、海鮮が耐えきれない。ロブスターに食べられそうなカエルロブスターあ、そういう並びがこれ。赤と緑で。なんかいいですね。なんか、二人ともくすみ色の赤、くすみ色の緑で。誰か、赤と緑揃ったんで、青と黄色とピンク、くすみ色で作ってくんないですか、誰か。なんかそしたらくすみ色コルベットずらっと並べてなんか統一感出そう。すいません、盲言なので気にしないでください。ではすいません、七星さん、満を持してよろしいでしょうか。乗船させていただいても。みんな見えるかい、この甲板ウッドデッキ。これ褒め言葉なんですけど、見てこの甲板、わけわからんだろう。僕も将来こういうの作りたいと思ってます。どうぞどうぞ、ありがとうございます。お邪魔します。やったぜー、一番乗り。いやー、すげー、マジで。なんか金属艶が、こういう感じか。じゃあ七星さんのこちらの尻尾を邪魔させていただきます。じゃあまずは全体図、ちょっとまた上登らせていただきますね。失礼します。もう一個上登りたい。よいしょ。ここそが貫通するのか。そうだ、 FF4 か。ファイナルファンタジーなんですね。なんか引っかかってる、ここ。何かグリッチというか、いろいろパーツの関係で結構ちょこちょこっと干渉するんですね、この辺。へえ。F4 の飛空艇赤い翼。ちょっと後で元ネタも履修した方が良さそうだな。この甲板デザインマジですごい。どうなってるっていう。しかもあれっすもんね。お邪魔します。こっから直接その操縦席にまっすぐ行けるっていうのもこれまたデザインとしてかなり整ってるっすもんね。実用性もありつつという。ここですよ。これね、これ見て、これ見て。いるんすよ。ちゃんとお客様をお出迎えするための受付係がいるんすよ。お酒を混ぜてくれそうなロボット君がここにいたりするんすよ。もうね、すごすぎ。おしゃれ。そう、本当に語彙力下がっちゃうもん。ちょっとじゃあこうカメラ飛ばしますね。さあ皆さんどうぞ、こちらでございます。何度見ても別ゲー。このゲームのいいところってなんだろう、想像力とか
あとはそのテクニックを駆使することによって、他のゲームの宇宙船とか乗り物とか、こういう大きなものを再現可能っていうところですよね。かっけー、マジで。すんご。絵になりすぎて困る。おしゃれ。バロン王国最強の航空艦隊。元ネタ、やっぱり一周した方がいいか。FF やってないんだよな。なんかちょっと人生損してるかもしれん。FF やってなかったことによって。ロボットからお買い物できますよ。実用性も兼ねている。すごすぎ。おしゃれだな。この甲板作りたいんですけど、これ確かあれですよね。この床とかをつけるためのグリッジって、またその、なんだっけ、コルベットの直接建設できる場所じゃなくて、地上のどっかに置いて、なんかいろいろグリッジを使って、どっかに床板を設置しないといけないとか、そういう仕様があった気がする。わーい、コルベットが消えたー。いやー。あ、落ちちゃったかな。落ちてしまったかー。いやー、今見れた。七星さんありがとうございました。いやー、コルベット鑑賞楽しいっすね。マジで。レトナガさん、七星さんの船、赤い翼も最高だけど、アトラスのやり回も好きな。そっちも見たいな。そっちも見たいでござるぞ。ござる口調が出てしまった。カエル見たい、カエル見たい。ああ、カエルも撤収してる。あ、セッション分かれちゃいましたね。あ、セッション分かれちゃったか。あ、これでみんな消えたのか。あらー、残念。ああ、やった、カエルちゃん出てきた。ありがとうございます。やっぱりシンプルに重いんだろうな。やったぜー、嬉しい。久しぶりのカエルちゃん号ですね。これ好きなんすよ。可愛いっすよね、これ。これもやっぱ発想の処理だと思うんですよ。さっき話したその有機的な足の使い方100点満点のカエルちゃんでございます。これもぜひみんなに見てほしい。ご覧ください。ロブスターの前にいるせいで今にも食べられそうなんですけど。あ、七星さん、波動砲搭載艦も持ってきます。やったー、ありがとうございます。レトナカさん、この場を借りてアトラスのやり、回10万再生おめでとうございます。僕も言わせていただきます。おめでとうございます。10万再生すごいですね。ね、七星さんの動画、再生回数未だにガンガン伸び続けてますからね。どこまで伸びんだろう、あれマジで。いや、めちゃめちゃかっこいいからまだ伸び続けるんだろうな。もう海外勢が多分、もうテンション上がりまくって止まんないんでしょうね、あれ。みんなすげえ盛り上がってる。実際かっこいいからね。ライトこっちか。太陽こっちか。画面要注意です。カエルちゃん目かわいい。いいっすよね。ゲルゲルさん、おいらは普通に落ちた。やっぱり重いか。やっぱコルベットこんだけ止まると重いっすよね。うん。あ、船また繋がったっすね。やっぱちょっと通信不安定ですね。そうなんですよ。すごい可愛いんですよ。だってこの色と質感がめちゃめちゃいいんですよ。僕これ好きで。この、全体のね、バランスがすっごくいいんですよ。四角デザインでかつこういう有機的な、あ、アンテナ金色なんですね。これもいいな。でもこのブースターのシルエットはかっこよくて。他の位置から見るとこの実用性、待って。それ何？知らんものがある。七星さん、ここのコメントで10万再生言っていた事実を知る。自分の動画なのに言ってるらしいです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。リエさん、サイアンドコー。ほんとそう。足跡ね、これ何これワイも知らない。あ、スタンプか。ポスターとかスタンプとかあるけど、それ貼ってるのか。これおしゃれ。これ真似させていただきます。これすごい。こういう使い方できるんだ。めっちゃ可愛い。ちょっと可愛さ全振りすぎ。これいいな。ロブスター邪魔だな、お前。ロブスターよ。邪魔だな。これノーグリッチなんすか？すっご。センス30丸か。ステッカー13可愛いっすね。全部可愛い。あ、これもステッカーだ。
この黄色いこのライン、これステッカーですよね。ステッカー使いうまっ。前回見た時気づかなかったですけど、自分でパーツいろいろ集めるようになって集まってきて気づいた部分がいっぱいある。おしゃれってか、かわいい。あ、しかもこれ、コックピット。これコックピットか。上になんか扇みたいなちっちゃいトサカがついてるコックピット。違和感ない。うまっ。使い方うま、すごっ。あと何がすごいって、これ、着地すると絶妙にちゃんと腹ばいになるようにこの下の方に、外装パーツがついてるっていう。普通ここ開くじゃないですか、空間。足の底面にちょうどいいところにその腹がついてるから、着地した時にそのカエルっぽさが増すっていう、このデザイン構築。構築うま。あ、しかも緑のライトここついてるんだ。ロブスターマジで邪魔だ。一回しまうか、ロブスター。で、このライト使いも上手。気づかなかった、これ。いいな、ここにライトついてるの。あ、どうしよう、この使い方も真似したい。目のアイディアが秀逸ですよね。本当にそう。なんかこの目のアイディアとこの足のアイディアからこのカエルが始まってるイメージはある。着想というか、カエルできるんじゃねってなんか思いついた感はある。でも思いついてこんな綺麗にまとまるか。宇宙船感もあり、カエル感もあり。ね、うまいなぁ。ねえ。なんか本当に申し訳ない。この、捕食感が本当にえぐい。ノーグリッチでここまで。すごい。本当そう。マジですごい。お、佐藤さん。巨大宇宙船行きまーす。はい、お願いいたします。赤いかっこいいのもおる。これが波動砲。かっこいい波動砲。順番どうしよう。大きい方表示に時間かかるかな。じゃあちょっと、先に波動砲の方から行かせていただきますね。また見るのが楽しすぎて夜になってしまった。ロブスターもあり、褒め上手。褒め上手め。ありがとうございます。褒められるとモチベーションが無限に上がる。さあ、こちら波動砲戦艦でございます。この波動砲を見よ。波動砲えぐい。レトナさん、グリッチ使えないだけ。いや、でもすごい。やっぱグリッチなしでもやっぱ工夫でいろいろできるってのもやっぱ面白いとこっすよね。それだけでも12分13分に楽しめる。この波動砲もあれですよね、マジデザイン賞というかすごいかっけえ。マジでかっけえ。ちょっとまた上失礼しますね。お邪魔します。グリッと見させていただきます。この辺から取れるかな。このお日様の位置どうしたら一番綺麗に映えるのか分かんないんだよな。毎回悩んじゃう。ライトがいい。ライトがかっこいい。間違いない。いいっすね。鋭利ですね。結構シャープっすね、こうやって見ると。なんか動画で見た時もっとでかいかと思ったけど、意外とすごいなんかすっごいシャープだからもっとでかいと思ってた。うまー。うまー。いや、簡単しちゃうな。すごいな。なんだろう。すごすぎると人間ため息出るっすよね。なんか。すげー。エロンブースター下についてるのか。サイドのところについてるのと、なるほど。下のところにめり込むでもないけど、結構低めにつけてるんですね。柱邪魔。そしてこの羽のバランスがすごくいい。確か上の羽もうまい具合に埋めてるんでしたっけか。埋まってるパーツに据え付けてるような感じだった気がする。そしてこの6連ですよね。円筒が6連したこのエンジンブースター。そして巨大なものがついて出入り口と。バランスが整ってる。この赤いバリバリ何？
この赤いバリバリは、あ、こういう風になってんだ。これチラ見えするのもかっこいいな。良きですね、これ。下から見てもめちゃめちゃかっこいいもんな。ああ、男の子に生まれてよかった。こういう時に男の子でよかったって、心から思う。やっぱ、エーロンパーツって、この明かりがいいですね。ライトがいい。これもほんとそう。お、佐藤さん、着陸できないので上空待機です。了解です。読み込めるかな、読み込めるかな、いけるかな俺の PC。頑張れるか俺の PC。頑張れるか東堂葵。さあ、どの方向から見てもかっこいい。マジですそう。一個一個がね、うまいんですよ。これもさ、この傾斜の部分に、これ多分グリッチで、綺麗な段差でうまくつけてるんですよね。違和感ないんですよ。本当に綺麗に収まってるんですよ。あ、しかもここコックピットですよね。パーツの傾斜がすっごい一体感があるんですよ。わ、これ横付けしてるんだ。これもおしゃれ。これで横付けできるパーツだっけか、もともと。あ、でもこれ横付けか。今にも砲塔動きそう。そうっす。メインディッシュは砲塔ですよ。これね。これ。パーツの合わせがいいっすよね。そう、これかっこよ。かっこよ。やばい、言葉減っちゃう。ちょっと。鬼かっこいい。何これやば。何これやんば。待って、あと気づいた一個。待って。この流線形部分ってあれか。Y 側のロブスターに使った部分のパーツ。この流線形の部分からまさかこの、エーロンの、ブースターが生えてるかのようなこの絶妙なバランス感覚。これこそグリッチで出すこの絶妙なバランスですよね。今気づいた。かっこよ。違和感なさすぎて気づかんかった。これ、うわ、赤く光ってる。やばい。やば、ちょっとね、どうするいや、どうするかはは波動砲。これやばいな。めちゃめちゃかっこいい。エネルギー充電 120%。これやばいな、マジで。これですよ。これ。これ。この辺の造形えぐいな。あ、赤の光ってこれで再現してるんですね。あ、これランタンだ。すげえ。つか、ランタンってこれ逆さまにつくんだ。これって、またあれですか、建築の方のグリッチですかね、この、じゃあ赤は。おしゃれー。うまっ。そっか、赤色はこういう風に表現してるんだ。わ、これもちょっと参考にするっす。こういう表現の仕方あるんだ。勉強なりすぎとか情報量多い。すごいな。目回ってきた。やば。ありがとうございます。時間とろける。じゃあ次の方。あとはまだ映してない方。じゃああれですかね。佐藤さんの大型船は、大型船、上空待機でしたっけか。どこだ。上空、いた。読み込めるかそれ。読み込めるかしら。それこそこの間前役さんの配信でも読み込もうと思って、でかくてでかい、いけるかなこれ。
頑張れるか。これ確かモッド使ってるんでしたっけか。やばい、全然読み込めてないぞ。これ確か縦も横もめっちゃめちゃでかいやつですよね。国和さん褒め上手。いやいや、だってもうガチっすもん。だってガチだもん本当にまだ褒め足りないぐらい。逆にいくら言葉を尽くしてももう自分の胸に湧き出るその感情 100% 表現できなくて困ってる状態です。これは再生数も伸びますわマジでリエさんいい反応ですね。ヒンイエーイってなって、マジで読み込み終わらん。これ読み込めるっつうか、ちょっときびいのでは。ちょっとでかすぎか。あれとは別ですね、モッドは使ってますけど。佐藤さんマジレスですけど、これモッド使ったのって多分みんなで集まる環境で読み込めないんじゃないですか。この間の他のところで見せようとしててその配信見てたんですけど、多分みんなで集まってるところでこれ開けないっすよモッド使って多分上限100越してるっすよね。厳しいかも。ちょっと無理かも。ごめんなさい佐藤さん、厳しいかも。だって読み込み全く進んでないもんちょっと厳しい。どうしたか、ワンチャンこっちに関しては配信一番最後のエンディング直前のところで再生できるか一回チャレンジしてみる一回チャレンジしてみる、これに関しては。そうしてもらえたらありがたいな読み込みがねこっから全く進まない。いや違う、俺が飛べばいいのか。ちょっと待って、今飛びます。今会いに行きます。ちょっと待ってね、じゃあちょっと待ってね。今会いに行きます。よいしょ。痛い。違うた。あれよりでかいのいるんですけどね。でかいのかっこいいけど、やっぱあれっすね、やっぱシンプル PC スペックなんだろうな、この辺に関しては。じゃあ今適当に船止めて、安曇野ブルタイムレスチャンピオンいらっしゃい。落ちました。落ちちゃったか。今見に行こうと思ったのに残念もう向こうの方があれより軽いんですね。ぐぬぬあ、警察来てるあ、今日もお勤めご苦労様です。パトカーはレトナガさんでしたっけか。今日もお勤めご苦労様です。ありがとうございます。今日もね、街の平和を、星の平和を守っていただいております。オールドリーバーいいですね。やっぱ船は面白いですね。やっぱりコルベットはみんなの衣装もどんどん見えるし楽しいな。パトカー来た。おお、パトカーだ。コルベットもそうですので、視線をステーションから通常に乗り換えてきます。あ、了解です。了解でございます。お気遣いありがとうございますレトナガさん、無法者がいるとの通報を受けてという設定いいっすね。最近無法者の友達ができましたけれども、ちょっと危ないのではちょっと待って、今この空間に無法者と警察が両方同時に存在している不思議な空間不思議な空間。まあここはね、皆さんなんだろう、中立地域なので、ここのバザー会場は中立地点なのでスペクターさんってんで急に口数が減った。どうしたおう、お主ら急に口数が減ったぞ。あれ、リエさんもギク無法者みんな心当たりある人がみんなギクってなっておもろすぎるいやでもパトカーいいっすよね。いやこのサイズ感やっぱいいっすよね。やっぱね、ちっちゃいやつは赤間か見てるさ、自分はしがない旅人さ、横にゴロン横にゴロン。まだ動物がどっかの音楽 PV みたいに横スライドしているどっかの音楽 PV みたいに横スライドしているこのステッカーがめちゃめちゃ収まりいいですよね。待って、太
太陽キャモン。太陽キャモン。いやー、このサイズ感マジ映えるな。あ、そうか、これブースターのとこ色黒にしてる。全体シルバー黒なのかな。それかパーツごとに色変えてる。この黄色のデカールと黒部分がなんか武骨なデザインで、いかにも実用性パーツですというイメージを醸し出しつつ、こっちはすごい清潔な感じ。すごい整ってる感じ。あとこのランプがね、すごいこれもアイデア賞ですよね、これ。明かりブロックと、あとは明かりランプそれぞれくっつけて、それを強調してる感じ。このサイドのこれなんだ。あ、別の明かりパーツもついてる。へえ。あ、すごい。別の明かりパーツで明かり追加してるんですね、これ。あ、すげえ。このランプっぽい光り方、これか。両サイドと真ん中に押さえてるから、そこでランプっぽいその明暗の差が出てるのか。で、暗いとことか離れてるとこで見ると、この光の差が出ると。うまいなぁ。うまくやってるな。あ、そしてこれ何？あ、すげえ。あ、こういうこと？うまライトの表現うま。あ、ここにライト埋めてるんですね。光具合がいまいちだったんで、強い光の緊急用ライト埋め込んだ感じ。うまい。これめっちゃ上手っす。つか光の使い方めちゃめちゃ上手じゃないですか。これすごくないですか？ここの出っ張りはその、車のライトっぽいデザインでここに収めるっていう発想。いや、マジでかっこいい、これ。ね、一体感すごい。車の目のパカパカしてるとこからライト光ってるみたいなデザイン。おしゃれ。このスポーツカーっぽい、この、頭のデザインの正体、これか。結局こういうのってパッと見たとき雰囲気とかで、わ、すげえってなるじゃないですか。ただ細部を見ると、その雰囲気を醸し出してるのがどこなのかって考えたとき、上のランプもですけど、ここのランプ、この正面のその車の目パカパカタイプのランプを模したこのデザイン、これもアイディア賞ですね。これすごい。ランプとマークがポリスターを強調してますね。そう、本当に。そのバランス感覚っすよね。で、後ろのこの、なんかウィングっぽい配置でこの、武器がついてる。そう、この車っぽいデザイン、この上の方が、エアロウィングっぽい配置についてるんですよ。これもまたバランスとしてすごいできてるんですよね。やべ、ライト引っかかっちゃった。そう。ここのバランスがね、神ってるんですよ。マジで全体的に車っぽいシルエット。だから宇宙船ですよね。パトカーっぽい。ね、エイを作ろうとして夏がこうなった。これ元エイデザインなんですね。これ尻尾、これ飛べばライトが後ろに伸びて、さらにエイっぽくなるパターン。エイっぽくなってて、だんだんパトカーになっていったと。あれですね、創作あるある。創作してるうちにコンセプトがちょっとずつ変わっていくパターンのやつ。いやー、かっこいい。いやー、ありがとうございます。何回見てもかっこいいんだよな。やっぱコルベットはいいですな。コルベットは何本見てもいい。楽しい。ねえ。マジで楽しいもん。じゃあ皆さん、まだ紹介しないコルベットはありますか？近未来 SF 的ポリスエアカー。そう。ポリスエアカー。ホバー的な感じのね。よし、読み込め、頑張れ読み込め。途中からドバイのランボのパトカーっぽさなくねと思って。あ、それだ、ドバイ感だ。そう、なんかそう、ドバイっぽい言われてみればわかる。すげえしっくりきた。いいっすねー。やっぱ創作は無限大ってこういうこと。よし、行くぜ。佐藤さんの船を。あれ、佐藤さんの船とか、それだ。小さいのも作りたくなってくる。ね、小さいのいいですよね。よーし、読み込め。頑張れ。荷物ギッチギチ。やばい、中身ギチギチに詰めてる感がある。これ読めるか？いけるか？いやー、読めるかな？いけるかな？ちょっと待ってね。これで展開して正面に向きます。やべえ、パーツが宙に浮いてる。パーツが宙に浮いてる。真ん中に入ると飲まれる可能性があるんで、外側から。これ一回あれなんですよね、そのマヨユクさんの配信の方で全体像をちらっと見た記憶があるんですよ。
すげえでかかったっすよね。これも確かスター・ウォーズライクなデザインだったと思うんですけど、多分大きさの方までかなり再現されてるものだったと思ったっす。いやー、読めねえか、厳しいか。みんな見て、このでかさ。海上の大きさこのぐらいじゃないですか。海上の大きさこれに対して船の大きさこれなんですよ。そっちから見た方が分かりやすいな。こう見てもらったときに、これこのサイズ感。ひえあれとは別ですよ。あ、これ別なんですね。いやー、読み込み頑張ってるな。これ多分ね、これ以上下に行くとね、巻き込まれる可能性があるから、このぐらい。よし、じゃあ画質設定を落とします。皆さん、今から画質設定を落とします。確かね、ごめんなさい。はい。あ、これダメか。再起動しないといかんのか。もう一回出入りするのめんどくさいな。もう一回出入りするのめんどくさい。戻そう。戻そう。うん。やったかも。いやー、落ちたーおめでとうございます。見事に落ちました。やっぱね、やっぱでっかいは正義だけど、それに合わせてパソコンもでかくしなきゃいけないね。うん。実績解除でございます。配信中にノーマンズスカイが落ちる実績解除です。ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっと水分補給しますか。ちょっと翼授かります。いやー、落ちたね。いや、行くかなとは思った。おもろ。よし、じゃあつけますね。今どうなるんだ？皆さん大丈夫ですか？この場合ってみんなどうなります？僕が消えたら、グループ組んでる方は出ちゃうのかな？グループなしの方はそのまま入れる感じ？落ちるのかな？ここで Y が合流することで果たして合流ができるのかどうか。これもしかしたら、他の人のこれに参加した方が話早い可能性ある。まだ中にいさせてもらってます。了解です。お、カスタムクリエイトクリエイトナンバー。これ見れるんだ。はえー。でもこれは自分ので入った方がいいのか。入ります。入ります。さあ、はったはった。さあ、はったはった。あ、レモンさん、いらっしゃいますか？ごめんなさい。コメントに反応できなくて申し訳ないです。X の方にコメントいただいてて。体調の方はですね、味噌汁が美味しいって、X につぶやいたんですけど、多分僕あれなんですよ。お酒の飲みすぎで内臓が多分今内臓がすこぶる疲れてる可能性が大いにございます。多分それかもしれないです。はい、ご心配していただきありがとうございます。本当に感謝でございます。なんかね、本当にあれなんですよ。お酒飲みすぎでやばいんですよね。この辺かな、空いてるの。固まったら読み込んでる証拠。読み込みきれなかったが悔しいの。リエさんお大事にありがとうございます。もう本当に。じゃあちょっと読み込んでる間にコメント返そう。本当ありがとうございます。そっか。最近 X の低浮上だったからあれだったかな、やっぱ心配かけちゃったかな。
ちょっと言葉が少なくなっちゃいます。すいません、ちょっとだけポチポチしますね。まず今スマホにちょっと目を落としてしまって、本当配信中には絶対良くないですけど、申し訳ないです。ちょっとお待ちください。ちゃんと反省しよう。自粛って大事。よし、じゃあ反省の意をコメントで返させていただきました。はい。味噌汁をね、久しぶりに自前で作ったので、一人暮らしだといつもなんか雑にしちゃうんですけど、簡単なだし入りのお味噌と、読み込み来た。よかったよかった、みんな戻ってきた。よかった。大型から少しずつ読み込まれてきた。いや、よかった、ありがとうございます。お酒とエナジードリンクはまずいのでは。いや、ほんとそう。お酒ばっかり飲む人、エナジードリンクばっかり飲む日が連日続いてるんで、これは大いに反省しなきゃいけないですね。大いに反省しなきゃいけない。いやはやいやはや。いや、みんなちょっとずつ復活してきましたね。よかったよかった。レモンさんからグッといただきました。ありがとうございます。体気使っていただいて。でもやっぱ本当に体のことはどうにかしなきゃいかんすね。でも年だからな。僕なんだろう、あんまり年齢の話ってハッピーじゃないですけど、僕今年で34になるっすからね。半ばも半ばっすよ。えぐくないですか？もう34っすよ。えぐいっすよ。リエさん、そういえば適当なところに基地作らせていただいてもよろしいでしょうか？どうぞいい感じのところに建てちゃってください。なんなら僕のとこの拠点のすぐ近くでもいいっすよ、なんつって本当に思い思いのお好きなところに建てていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。他の基地建てたい方もこの惑星好きに建てていただけて大丈夫なので、気使わずにバンバン建てちゃってください。建築フリーでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。まだまだ若い大丈夫、30前半まではまだ若者だから大丈夫。中年は45超えてからだから。そうで、65から高齢者、70以降から後期高齢者らしいですからね。噂によると。分かんないですけど、誰が決めたか分かんないですけど、なんかそういう風に言ってる人をなんかネットで見かけた気がするそう、お味噌汁はインスタント、お味噌汁は冷蔵庫に入れてても傷みが早くて、確かにそこなんですよね。味噌汁1回作ったら長くてもやっぱ3日ぐらいには全部飲み干さないとね、ちょっと厳しくなってくるんで、なかなかできるだけ軽い基地にしておきます。確か重くしちゃうとあれなのか。そこ重い重いな感じでよろしくお願いいたします。重いようであれば距離離してもらって、星の裏側とかに建ててもらうとか。ちなみに僕のメイン拠点と今みんな集まってもらってるこのイベント会場になってくるこの拠点って、多分ちょうど裏側ぐらいになってるつもりで建ててるので、その間ぐらいになんかいい感じに建ててもらえるといいかなと思います。ちょうどいいところでお願いいたします。重さも基本的にあんま気にしないのでね、個人的には。夏場になると特にですね、味噌汁傷むのは本当そうですね。でもあれですよね、最近お味噌汁の具材ってもともと乾燥パックみたいな乾燥わかめの他にネギとか、あと最近は刻みキャベツの入ったお野菜のお味噌汁、乾燥わかめのパックを買って今日はそれで作ったんですけど、あれすごいですよね。最近のそういう乾燥キャベツが味噌汁に戻したらシャキシャキしてて食感がちゃんと残ってるんですよ。今の乾燥食材ってこんなレベル高いんだと思って。でお味噌なんかも丸米のだし入り味噌みたいなのを使うと
もう出汁入れなくても味一発で決まるんですよね。わ、めちゃめちゃいいじゃんと思って。うん。味噌汁作るのに全然時間かかんないですもんね。いやー、いけるかな、いけないかな、映んないかな。なんか進捗がさっきと全然変わらん。一旦ステーション行きますか。そしたら読み込むと思うんですけど、一旦どうしようかな。佐藤さんの船一回宇宙出てもらって、みんな一旦コルベット畳んで、みんなで宇宙に見に行くの方がもしかしたらいいかもしれない。ここだと動物とか植物とかも多分オブジェクトに数えるのかな。この建物のオブジェクトの建築点数も多いはずなんで、宇宙行きましょう。宇宙、みんなお空に飛んで船見に行きましょう。でっかでっかでかいな。ちょっと僕のコルペットも畳んであるですね。よし、じゃあみんなちっちゃい戦闘機に乗って宇宙行って見に行きましょうか。それだと読み込めるのでは。レッツゴー。読み込めるといいな。せっかく持ってきてもらったら一回見たいですからね。どれどれ。どこだ。映るかな。速っ、めっちゃスピード速い。さすがだな。スピードが全然違う。ヘッティングうまくいってないな。飛べやお。いけるかな。あ、ステーションにいます。了解です。今参ります。今会いに行きます。うん。なんか久しぶりにこの絵面も。 OK、 到着。お邪魔します。ぶつかる。なぜかぶつからない。あ、読み込めた。でかいでかいでかいかぶってるかぶってる。でも読み込み終わってないでしょこれ読み込み終わってないでしょ。皆さん到着、お帰りなさいませ。でもあれです、なんかみんなの戦闘機から並んでるのも壮観ですね。やっぱみんな船のチョイスかっこいいな。いいな。なんかこうやって見ると自分も戦闘機なんかもっとこだわりたい。みんなかっこいいな。これ今読み込み何割ですかこれ。ひえー読み込めてない。あ、今でもちょっとずつ来てる。乗ればいいのかこれ。もしかしたら乗ったらいいですかこれ。どっから乗れます？すーげえはみ出し具合。そもそも乗れるのか問題。実際これって乗れるんすかこれって。乗れる位置があの辺かな。うおでほんとそう、でっかい。でかすぎ。乗り口がわからん。一旦正面回ろう。正面から見ちゃうもんね。この圧倒的存在感。いやー、負荷でけえマジで。DA さん、私の PC では読み込んでくれない。今ここで3割っすか。やっぱでかいっすね。いや、きついかやっぱり。いや、重たい。ちょっと待って、重たいぞ。一番後ろ下部に搭乗口があります。なるほど。いや、重てえ。またこれ落ちるんじゃねえか。これまた落ちるんじゃねえか。大丈夫か。あ、やばい。
カメラ向けると、カメラ向けてる間ずっと重たい。ちなみにパーツ数何パーツですか？参考までに。一番後ろってそういうこと？あ、これか。ちなみにパーツ数何パーツですかこれ。みんな大丈夫？重たい？みんな秒ができてるこれ。後ろこれかな？いや、ケツはあるけど乗れないぞ。これはどうなっている？ RTX2070 以上なら大丈夫。大丈夫ってない。あんまり大丈夫ってない感じがある。乗れなくないですか？搭乗口ここで合ってます？どの道これ全体見るの厳い？パーツ数何それ美味しいの？いや違う、読めないんだって。読み込めないんだって。確認したいのはそこ。でかいのはいいんだけど、見れないんじゃ意味ないって。見させてよ。見たいって。見たいって。もう。もしかしてその隙間から乗っていい？中身すごい。何それ？合ってます。そっから直接、違う。パーツ読み込んでんのか。中身ギチギチだな。乗るの、いやこれきちいな。いや結局乗り方わからん。合ってます？さっきのところでなんかうまく乗れんかったっす。どうなってる？ここ行くじゃん。ここ行きますでしょ。直樹さんのセンチネル戦かっこいいね。センチネル戦いいですよね。これはあかん。佐藤さんごめんなさい。ちょっと無理だ。いけねえ。ちょっとこれ諦めます。佐藤さんごめんなさい。ちょっと読み込めないんで、ちょっとちょっと隠してもらっていいですか？重たい。ちょっとこれ厳しいや。あと乗り口がわからん。だって後ろの乗れないんでしょ。階段ついてないかも。階段ついてないか、単純に階段読み込めてない。で多分読み込みの順番とかあると思うんですよ。多分外側からまとめてって中の装飾後に来るんじゃないですか。だから最後まで読み込めないとそもそも中に乗り込めない可能性はあるっすので、みんなで乗り込めるってかパソコンで読み込めるサイズだったら嬉しい。もっと使ったサイズこういう感じなのね。やべえ、超重い。佐藤さん、本当にごめんなさい。でかいコルベットしまってもらえると、重たい、ずっと重たい。ちょっときついや。一回追ってみるけど、半分いけました。これで半分か。七星さん乗り込んでます？つよつよ PC ってこと。形できてるですね。そのまま。形読み込めてるんじゃないですか。行かないでー。そのままそこにいてー。重たいけど読み込めてる。でもいずれはフリーゲート戦とか貨物で見るできるようになったらいいな。でも確かにそう。でかい船も実作できたら楽しい。間違いない。正面から見たいな。ちょっと動きますね。よっこいしょい。頑張れ。イェイ。結構後ろ四角い感じですね。なかなかドリルっぽい感じですね。確
確かパーツ上限100パーツですよね。これだと300パーツで、中身も確か詰まってたから400パーツぐらい使ってるんですかね。重量えぐいな。ゴリゴリ戦艦っすね。旋回がクイックリで怖い。えぐいな。危ない。なんか変な動きした。当たり判定か。もはや貨物船。宇宙空間でコマ送りみたいになってる。頑張れ。ちょっと待って。操縦機関きつ。これすっごい。本当にもうまんま貨物船サイズ。多分桁が一つ足りないかな。1000パーツ以上。いや、これは厳しいて。なかなかに厳しいものがある。ロマンあるけどでかすぎ。うちの PC では表示すらしてくれない。涙目なやつ。大丈夫。今日は Y の配信画面見て。Y の配信画面で楽しんであげて。ちょっとカメラ飛ばしますね、一回。カメラ置いてきぼりしたかな。大丈夫かな。いや、これカメラだと振り幅足んねえな。カメラ振り幅足んない。これ全然カメラ移動しない。ダメだ。全然カメラ移動しないや。やっぱ直接飛んで周り飛ぶしかない。重たい。カクつく。どこ行った。あれちょっと待って。あれちょっと待って。読み込みが。遠い。いいっすね。でかいなぁ。でかいなぁ。もうこれ表示は 100% ですか。これで今ちょっとこれ見ていただくと、これ 100% 全体像。なんか表示変わった。もしかして今宇宙船が邪魔しに来てる。宇宙船飛んでるな。まあいいか。表示完了。よかった。 OK。 貨物船といえば全員他人の貨物船に着艦できたりするんですかね。確かに。貨物船呼んでみますか。試してみますか。いてよ貨物船だー。ダーン。 D さん、ちょっと海賊船襲ってきたので壊してきました。ありがとうございます。仕事が早い。スペクターさん、出番奪われたのでは。よし、じゃあ皆さん主力艦隊に集合いたしましょう。皆さんどうぞいらっしゃいませ。みんないけるんじゃないですかこれ。オライオライ。ワイのロブスターもいつの間にか止まってる。止めれる場所9マスあるから多分全員分止まりそうな感じはあるですね。重てー。重てー。初めてだ。こんなにきちゅいの初めて。こんなんで乗っかかってたっけか。皆さんどうぞお泊まりください。セッション分かれました。やっぱこうなってくるとセッション分かれるのか。了解。フリーズした。佐藤さんごめん。コルベットちっちゃいのにしてちっちゃいのにしてめっちゃ影響でかいからちょっとちっちゃいのにしてほしい。
さすがにちょっとこれは厳しいで、やっぱみんなで集まるとこにでかいの厳しいで、ちょっと一回出ます。一回出ますよ。別の貨物船がワイプアウトしてきました。突っ込んできた。いや、なるほどな。なるほどね、勉強になる。いろいろ勉強になる。こうなるんや。こうするとこうなるんや。あぶね。ああ、軽くなった。やっぱ重たいんだな。前に他のところでもなんかモッド使ったらこういう風になるこういう風になるって話をちらっとしたっすけど、やっぱモッド重いっすね。しまいました。ありがとうございます。みんな集まるときはやっぱちょっとモッド戦果でかすぎるっすね。セッションばらけたり、そもそも動けなくなる人が出てくるということになることが判明しましたので、ちょっとは今後はあれですね。少人数の時にってことでよろしくお願いいたします。学びになります。マジでそう。知らんかった。こんなになるんや。ね。センチネルの貨物スキャン回避してました。ありがとうございます。もう、センチネルやっぱ狙ってくるっすからね。奴ら狙ってくるっすから。俺たちの大事な荷物を。ご迷惑をおかけしました。これ、あれですね。やっぱ、逆にあれですね。モッド使った時に何パーツまでだったら重くならないのか逆に検証したいですけどね。1000パーツ超えは行き過ぎかも。だって収まってないもん。次試しにもしうまくできれば500パーツぐらいの船作って来てくれると検証になるので、その時はまたよろしくお願いいたします。いろいろ試してみたい気持ちはあるです。500でダメなら300パーツぐらいで、なんとなく4桁パーツはやばい気がするけど3桁パーツは刻めばいけそうな気がしてるんで、ワンチャンちょっといずれ調べたい気持ちはあるね。えちょっとご金星的なもの乗せるだけなのに。どうせワイも荷物になんか乗っけてたっけか。いや、ワイの荷物は大丈夫なはずだ。ワイの荷物は大丈夫なはずだ。大丈夫。 OKOK。 よーし、戻りますかい。もう一回船に戻りたいやつ。よいしょー。お、貨物艦着艦できました。よかったー。貨物艦は他の人の貨物艦も着艦できるんですね。いざとなったら貨物艦を集合場所にするっていう選択肢もじゃあありってことですね。制限時間ギリギリで偽造パスポートを移しておいてよかった。危ねえ。セーフ。ナイス判断。さすが間に合ったっすね。よきグッド。よいしょ。さてとみんなが集まってるとこに合流したいな。チュピン。いや、スペクターさんの基地に今ロックオンしたのでそのまま飛びます。そのまま飛びませんでした。どうしようか。エボルところにでいいかな。エボルところに行って飛びます。 OK。 ほらよらーい。じゃあ適当着地。 OK。 今0時41分。さてどうしましょうか。ふむ。本当はバザーメンバーがみんな揃ってるならこの配信中にバザーの建築とかっていうのもワンチャンありかなと思ったんですけど、多分バザーメンバーのほとんどが平日この時間に建築できないんじゃないかなっていうところが実際あるので、そのあたりをどうするかですね。悩ましいことですわ。本当に
困ったもんですね。ちょっと皆さんのご意見賜りたいところ。何も決めてないってことは何してもいいというところではある。悩ましいね。いっそ七星さんなんか建築していきます？結局今度グループチャットで日付合わせましょうか。まあそうっすね。僕基本的に配信でやろうと思うと水曜日の夜がほとんどになると思うので、もし会うのであれば今週は木曜日の夜行けるんですけど、皆さんがこの平日ど真ん中に会うかどうかで、僕が今考えてたのが、土日祝日に僕パソコンつけてゲームはつけていくので、皆さんご自由に建築を進めていただけるとその方が進むのかな。僕その日は仕事で家開けてるので、多分それしかないと思うんですよね、この辺進めようと思うと。っていうのがあるので、ちょっとその方向性で共有していただけると助かります。でこの日にじゃあみんな時間かぶるのでこの日開けといてほしいですってしてもらえると、僕はその日分かりました、じゃあ開けときます、皆さんどうぞどうぞって開放するので、それがいいな、その形にしてほしいなっていうところでございます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、実際みんな忙しいからな。てかみんなだってアークにハマってんだもん。帰ってこないでしょみんなアークやってるから帰ってこないでしょ、だって正直。ですね、配置とか決めないとですし、ほんとそう。配置も区画は割ってるんで、あとは好きにしてもらえればいいんですけど、番号振ってないんで。そうほんとそう。 DA さんわらわらね。だってみんなちょっとアーク超楽しそうだもん。羨ましいと思いながら、そうすごい値引きがあったから、誰のことだろうスタンプ普段使わないその表情、白々しさ100点満点すぎるでしょもうねえ、みんなだってみんなアークの人になってるもんだってね。みんな帰ってこい、みんな帰ってくるんだ。そっか、七星さん確定申告年度末追い込みしんど。じゃあぶっちゃけ3月無理じゃないですか。これもう5月とかにしときます。なんか僕その方がいいと思う。その方が平和な気がする。もう5月とか6月にしましょう。そしたらなおアーク未所持です。 DA さん。僕もねアーク、そうこの間みんなアークとか楽しんでる時になんか他の人にもアークの輪を広げようとしてる時の話で、なんかただダウンロードするだけで15ギガとか14ギガだが15ギガぐらい空きがないとどうしようもないって聞いたんで、あれじゃあ Y ちょっと厳しくねっていうところも感じつつ、ハードルが上がったところですね。ハードル上がっちゃったっす。レモンさん180レベルのテックティラノ羨ましい。しかもテック熱っ、進んだっすね。めっちゃ進んでるじゃないですか。じゃあもう地上戦はもうぼちぼち怖いものなくなるんじゃないですか。いいなぁ。ティラノ軍団作ったらまずねそれでカッポするだけで大体のその辺のちっちゃい恐竜はやっつけられますからね。つんよ。レトナガさん、前に廃棄物集めした時から思ってたんですけど、この星自分の関係だと雨と嵐だらけなんですけど、皆さんは楽園？どういうこと？どういうこと？佐藤さん嵐です。どういうことだ？エクストロ意味の嵐来ます。どういうこと？みんな嵐来てるの？マジ？まずくない？おやおやおや、ちょっと話が変わってくるぞ。そうするとそれまずいね。それはまずいね。まさかのレトナガさん、佐藤さん、DA さん、スペクターさんは嵐、七星さんも嵐、僕だけ平和？ちょっと僕だけ違う世界線いる可能性がある。あれ？だって僕の方平和なんだ。ちょっと待ってわからん。
なんでだ。あ、あれか。僕これゲーム始めたタイミング、僕この星がゲーム始めて一番最初のマップというか、一番最初の成形なんですけど、そっから動いてないんですよ。アップデートが入って、僕が最初始めた頃と気候変わってる可能性がある。僕は最初からだから多分その気候引き継いでるけど、多分アップデートした後に皆さん僕の配信遊びに来てくれるようになって、多分最新の状態でみんな入ってるんじゃないですか。だから僕だけ平和で、他の人はみんな最新の状況にアップデートされてると。ちょっと待った、もう仮説ですけど、そうするとじゃあこの会場使えない？もしかして仮説ですけど、多分多分比率も合うんじゃないですか。もしかして全員、そういうことか。なるほど、不思議。やっぱみんなやっぱ来てる。実は結構シールドの減りが早いです。ごめんなさい、なんかじゃあごめんなさい。もしかしてこの会場使えない説ある？マジで言ってる？おーっと。また話変わるじゃん。うっそ。マジ？そっか、また話変わるんか、これ。みんなどうする？みんなどうする？みんなどうしたい？これでどうしたいっていや、どうしようというか、どうしようもなくない？もう別のとこに会場建てるしかなくない？じゃあもうほんと前から自分だけだと思ってて、実は廃棄物集めが視界不良でめっちゃ大変だったけど黙ってた。なんかごめんなさい。なんか僕の画面だけ全然平和で。マジか、気づかなかった。なんかショック。ワイの星そうなんだ。ずっと嵐ではないですけどね。いや、確かに、ごめんなさい。実は、これ見たときに、僕が今いる星、この新たな神室じゃないですか。新たな神室なんだけど、ここに、気候焼けつく暴風ってあるんですよ。実はこれ自体は前からあったんだけど、一回も嵐来たことなかったから、なんかそういうのあるんだなーって。そういうとこもあるんだなーぐらいに思ってたんですよ。佐藤さん、屋根をつけるんだと思ってました。屋根つけるか。屋根つけよっか。解決だよね、屋根つければね。そうしよう、屋根つけよう。車内、これはどうしようもないもん。殿が平和ならそれが一番。ありがとう。まさかの。いや、ほんとまさかの。多分、これなんですよ。この惑星データ焼けつく暴風だから、多分それが合ってるんですよ。僕だけおかしい。逆に。屋根を全てを解決する。屋根つけよう、屋根。よし、建築するぞ。じゃあ、暴風対策をゴリゴリにやって。どうしよう。じゃあ、本当にもっといろいろ。バザー会場暴風って嫌がらせかな。ちょっとコルベット鑑賞会はまた変えなきゃいけないですね、そうすると。天気はラグかと思ってましたラグなのかな。あともう一つ仮説があって、このゲームってレモンさん、室内判定かけようと思って結構シビアだから、ファイトを頑張るきゃない。できるかな、やれるかな、厳しいかな。いやー、いける気しないな。でもやるしかない。でもやるしかないですからね。いいでしょ、やったりましょう。多分屋根と壁だとは思うんですけど、要するに壁ゼロと、あとは屋根ゼロの空間がなければ OK。ただ、多分屋根は1個2個上空いてても多分どうにかなると僕は思うんですよ。で、ここら辺の通路に関しては、適当なところにそのガラス板貼るだけで良くなるんじゃないかなと思うので、今からみんなで屋根と壁をいいかもしれない。みんなやりますか？みんな手伝ってくれますか？
みんな手伝ってくれるかなみんな手伝ってくれるかな耳にこう手を当ててもしよければ壁天井張りお手伝いいただけると助かりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お手好きな方。あとね、僕の方だと嵐を防げてるかどうかの確認ができないんですよ。僕の方だと嵐が吹いてないから。なのでぜひ確認作業だけでもよろしくお願いいたします。お、D さんいいともラグありがとうございます。佐藤さん、はい、ありがとうございます。助かります。レモンさん、行きます。ありがとうございます。この流れでなのさん、すいません、私はぼちぼちに寝ないと。本当にお疲れ様です。忙しいところ本当にいつも見に来ていただいてありがとうございます。いや、ゆっくり休んでください。あと確定申告頑張って、本当に確定申告頑張って、無理せずで七星さんのタイミングで本当に大丈夫なんで、なのでもう4月5月ぐらいのイメージしとくんで、そんな感じで気長に待ってますんで、体力的にも余裕ある時によろしくお願いいたします。今日も本当にありがとうございました。七星さん、ゆっくり休んで HP 回復してください。本当にもう、リエさん、素敵なコルベットありがとうございました。本当にありがとうございました。いや本当ありがたいです。よし、じゃあ皆さんご協力よろしくお願いいたします。壁と屋根をつけていきましょう。壁屋根をいい感じにつけていただいて、いや、すいません、今日は社長がいらっしゃらないですが、迷いゆく建設出張版ということで、国数のこちらのバザー会場兼道の駅の方をね、建築の方、今日は皆様よろしくお願い申し上げます。はい。七星さん、こちらこそありがとうございました。いや、本当にいつもありがとうございました。また来週もぜひお越しくださいませ。もし忙しければ挨拶とかだけでも全然大丈夫なので、無理なさらないようによろしくお願いいたします。皆様おやすみなさい。おやすみなさい。七星さん、お疲れ様でした。またよろしくお願いいたします。本当いつもありがとうございます。助かります。建材何にいたします？どうしましょうね。一応今こういう金属パーツを建物のメインに使ってる状態なんですけど、なのでこっちに関しては金属パーツで問題ないかと思います。ただ駅のこっちの発着口、こっちの方が木材をベースにしているので、こっちは可能な限り木材で組んでいきたいところです。で、あとはこっち側のそうですね、今見ていただいているここのテラス席も壁金属と植木みたいな感じで、あとは石材とかも使ってみたりとかでも、ここは装飾もりもりで休憩場とか集会場とかテラスみたいな感じにしたかったので、ここはガラス壁を周りにぐるっと張って、あとここ屋根がフリーになってるんで、ここの屋根をかけてもらってですかね。そうですね、通路が木材、内側合金な感じですね。あとここのテラスなんですけど、ここガラス張りにしたいです。ここを横も上も全部ここだけガラス張りにして、見えますかね、この辺をガラス張りにして、広い空間、景色を全体で楽しみたい空間にしたいなっていうイメージで建ててるので、できればそこは残してという僕のわがままでございます。なんとかそこはお願いしたいところです。結構衣装をいろいろこうやってるところだったので、あとはどこなんかあったっけかな、こだわりあったっけかな。でもそんなとこですかね。そんなとこな気がします。というわけで皆さん、思い思いの感じでよろしくお願いいたします。あとは僕も途中で手入れていくので、なんとなく足並みを合わせていただければと思います。よろしくお願いいたします。あとは思うがままでもうゴリゴリとやっちゃってください。安全のため外通路から行きます。よろしくお願いいたします。レモンさんもありがとうございます。でレモンさん内装の方に関してはもう
ゴリゴリお任せしちゃう感じなので、よろしくお願いいたします。で、今ここ立ってるここなんですけど、これがステージなんですよ。これ七星さんからのステージが欲しいですっていうことで、ここのお立ち台を設置してました。これはステージ真ん中で、最後ここで一段高いところでここでエンディングをやったりとか、イベント会場こちらですやったりするためのお立ち台になります。なので屋根に関しては今この会場の両端にできてる端っこ用の囲い屋根、高さと同じかあれより高いぐらいのイメージで屋根をつけれればなと考えております。なのでイメージ的にはもうここの空間全部をガコッとでっかく囲っちゃうイメージですね。なのでそんな感じでお願いします。あとは僕がつけた手すりちょっと不格好だったりするんで、もし綺麗にできるのであれば、他の配信ですっげえ綺麗につけてるのを見たので、もしできるようであればそれもお願いしたいところです。ちょっと不出来なところが多くて、いろいろお願いいたします。広場は金属フレームのガラスパネルで天井をつければいいですか？そうですね、ガラス張りだとすごくいい感じかもしれないです。天井もどうすればいいですかね。レトナガさん、夜食放置中、了解です。そろそろお腹が空く時間。1時、いい時間ですね。1時2時は腹すく時間ですからね。いい時間。十分綺麗ですが、いやいや、まだまだ。いやいや、まだまだ。まだまだあるんすよ。ガラスで囲う？そうっすね。なるべくガラスで囲いたいところはありつつ、ただ、ここの会場を今この周りの鉄扉、鉄の壁で同じような高さでぐるっと囲ってしまうのであれば、いっそのことそこも踏まえた新たなデザインにしてしまってもいいのかなとは思うっす。なので、天井の高さを、今壁2マス以上の高さで設定してもらって、それ以外の壁とかのデザインはそれぞれ別でまたいじってもらっても大丈夫かと思うっす。なのでそれでお願いいたします。よいしょ。佐藤さん、ここはお立ち台なので、ここはお立ち台1個で残しておきたいです。ここお立ち台でこの周りが広場になるので、ここは屋根かけずにそのままでちょっとお願いいたします。屋根かけたいのはその上ですね。皆さん、暴風来ます。本当申し訳ない。とりあえずフィーリングでやってみる。よろしくお願いいたします。マヤユク建設副社長のフィーリングでお願いいたします。じゃあ僕もとりあえず壁の高さをちょっと上げるので、そこの壁目安で天井をかけてもらえればいいのかなと。壁をとりあえずで壁ベコベコと貼っていきます。で壁の素材は一旦適当にやるので、どれだっけ、ブックマークじゃなくてバリアントか、 X でバリアント開いて、鉄壁を出して、ガラスのない鉄壁、これか、バリアント出して、こう、そうするとこう多分この最低でもこのぐらいの広さに、このぐらいの高さにしておけばいいんじゃないかなって思うんですよね。天井の高さイメージ、ざっくりこのぐらいで見ていただければ間違いないかと思います。これでお願いしたいです。今壁を立てたところですね。よしと。でガラス張りにしてるところは同じくガラス張りにしてあげたいので、どうしよう。これ多分金属パーツのガラス窓より多分木製パーツのガラス窓の方が多分範囲が広く取れるのではと思うので、ここはあえてこのガラス窓を使用することで広く取る。こういう感じにしたいやつ。
これどうしようかな。ここのパーツのあれが気に食わないな。ここも全部ガラスにしたいので、これのバリアントの下地縁なしガラス、これかな。中間のガラス、これでいいかな。これが一番広い。この高さだと屋根反転になりません。高すぎるとダメか。マジか。高すぎるとダメか。これ多分この床の判定って、天井か。天井と床の判定って多分あれですよね。天井に対して床が多分1マスというか、この高さにないとダメとかだと思うので、ということは中2階を上に展開すればいいんだ。ガラス張りの点検足場みたいなやつを宙に吊るして、そいつで床判定をいくらか作ると。そうすればワンチャン判定になるのでは。試してみるか。そうするとガラス床、ガラス天井かガラス床、これか。ガラスフレームパネル、こいつを例えば十字に貼ってみて当たり判定稼げないか。できるだけ視界を阻害せずに、かつ圧迫感がないようにうまくやりたい。そう、圧迫感がない広々空間を演出したいという願望があるので、これでなんとかならないかな。ならんかな。多分あの辺が邪魔してるのかな。どうなんだろう。背に腹は変えられないので、なんぼかこの辺の多分判定を邪魔してそうなパーツを削ります。いや、そこは削らなくてもよかったか。こいつは削る。でこいつも削る。でこの隙間はなんかうまいこと埋める。何かうまいこと埋めたい。いやー、高さ判定どうすればいいだろうか。一個消さなくていいとこ消しちゃった。そこはそのまま残してもいいや。同じ衣装でので、コピペでいけるんだっけか。パーツの、複製がいいで、こうふむ。そこも埋めたい。ここも埋めちゃいたいけど、今この角度がこうなんで、ここの角度どうしようか。変な角パーツだと埋まりづらいから、いや難しい。こういう立体パーツあるけど、この辺でうまく塞げたりするのかな。できなくはなさそうだけど、厳しそうな感じは正直ある。いや、いける。これはこれ消して、でこれ当てはめて、でどれだっけ。これ斜めパーツ、これか。これのバリアント開いて、この三角で収まるのでは。ぴったりじゃん。すごくぴったりじゃん。 OKOK。 ここの角はこれで修正していこう。でここの上の屋根をなんかいい感じに。屋根判定どうですか。ここの高さで屋根なります。ちなみに壁張らないとこれ屋根判定ならない。天井低いけどな。ちょっと屋根判定で始めたらちょっと教えてもらえると。もう自分で確認できないのつらいな。全くわからない。ポチ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 。木製の屋根ポチポチで端まで伸ばしていくやつ。
でこれが中2階の判定になると多分勝ちなんですよね。なんとかしてこれを中2階判定に持っていきたい。あえてこうしよう。あえてなんかクロス作っちゃおう。さあどうだ。で多分なんですけど、階段のところって出入り口つけないと外判定かな、もしかして。遊び心大事ですね。いやー、そうっすね。遊び心大事っすね。いかにって感じですよね。いかにいい感じに。ここ塞ぎたくないな。やはり高さ1マス以外は屋根判定になりやせんね。いやー、厳しいっすね。いやー、辛いなー。てか、壁張ってじゃないですか。壁張ればいけるのでは。確か、前行さんの方の釣り大会の環境も、屋根2マス以上の通路も確か建物判定になってたと思うんで、多分壁きっちり埋めて扉つければ一区切りになるんじゃないですかね。完全に囲い切る。一旦これにしとくか。で、いやー、出入り口つけるか。あんまりだけどな。この出入り口判定するときになんかうまくいかないかな。これ多分ダメだと思うんだよな。ダメだと思いつつ一回試してみる。遊び心というかこだわり。こうの手すりじゃなくてこれか。こういったこう。これ扉の判定ならんかな。いやー、出入り口急に狭くなったな。でこっちも一回塞いじゃう。バリアントで、中間にしてでこうで下につなげて、もう一個下がいいな。もう一個下に行かないかな。もう一個下に行かないな。行かないな。手すり邪魔だな。手すりかぶしてるからいいか。かぶしちゃえ。秘技手すりかぶし。よし。でこいつで上塞いで扉パーツでこっちの方が背低いのか。いや変わらんか。こっちでいいか。これでどうだ。ここも埋めちゃいたいやつ。ドン。いいか。でこれで扉パーツゲートパーツだな。ゲートパーツでその下のなんか板で反対側習って一回全部塞いじゃいたいので一回全部塞ぐ。上だな。上から行こう。なんか屋根の幅が違う。あら、初見さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。待って、写真モードを使用して座標を表示する？ちょっと待ってくださいね。その合流に関してはちょっとお待ちいただけますか。ちょっとお待ちいただけるとありがたいです。お名前よろしいでしょうか。なんとお呼びすればいいですかね。はい、名前が読めない。ちょっと待ってください。
ちょっと待ってね。確認させていただきます。おつこめありがとうございます。ノーマンズスカイ遊んでいる国和と申します。毎週水曜日、ノーマンズスカイ遊んでましたので、どうぞお暇な時間ありましたらお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと待ってくださいね。ちょっと確認させていただきます。お名前の呼び方がわからないです。お名前の呼び方を教えていただけると助かります。またの名を、殿、違う。違う、ご情報を流してはいけない。普通の国数でよろしくお願いいたします。殿ではございません。ヒメプならぬトノプでいつも楽しませてもらってるんですけど、今もトノプは終わってはいないのか。お名前の読み方を教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。横文字苦手なもので。いや。ちょっと、画面戻しますね。画面を戻しました。OK。で、ゲームに戻りました。よし、OK。とりあえず壁を張っていきたいところ。レトナガさん、昼の穏やかな時、嵐になってしまった。僕の配信画面上だと今全然嵐になってないんですけれども、どうやら他の方が僕のこの星に来た時に嵐状態になっているという状況がちゃんと互換されてないらしくて、ちょっと何か不思議なことになってる状態でございます。困ったところでございます。マジで困ったっすね。どうしたもんすかねこれ。僕向こう側使ってる部材違うかも。後で直そう。上に貼りたいでござるよ。うまく貼れないからいいや、一回するや。このまま下貼っちゃう。ここ塞ぐと出入りが非常に面倒になるが、うまく貼れないね。なんかバグってるなんか当たり判定バグってる。ベトナガさんから動画を送っていただきました。ちょっと確認させていただきます。どれ前回の美味しいバーガーの絵が前回の美味しいバーガーの写真がうまそうすぎる。唐突な飯白くなってしまった。映像撮るのうま。雨降ってるんですね。全然違う。へえ、こんな感じなんだ。みんなからこういうしとしとピッチャーな感じになってるんですね。レモンさん、ここ室内ですね。室内できました。よかったー。確認させていただきます。で、やっぱりあれですね、壁張って、天井張って、で、扉、ゲート状のものをつけると、一応これで、室内判定になると。これ天井3段いけるかな。天井3段いけるな。3段にしたいけどな。ちょっと動画のもう一個、嵐の方確認させていただきますね。ひでめっちゃ視界悪いじゃないですか。この状態でこの間、あれ手伝ってくれたんですか。本当にお手数おかけしました。本当にありがとうございました。前回の共同探索と、あとコロスタス解放、本当にありがとうございました本当に感謝しかないです。本当にありがとうございます。すごいな、この状況。めちゃくちゃや。レトナガさん、動画ありがとうございます。レモンさん、途中に壁立てないと真ん中らへんは室内判定ではない。なるほど、了解です。じゃあなんとか壁判定をどうにか生まなきゃいけないですね。困るな。やっぱり壁判定この辺にないとダメか。
広さの関係がやっぱなんかあるんですね。真ん中らへんだとこの辺か。壁どうしましょうね。まあ仮の壁立てるんだったら、このステージを壁で囲ってしまうっていうのは一つあり。ガラスの壁で囲ればステージとしては一応機能するのかな。あとここに関しては七星さんの衣装を組み込みたいので、七星さんがこのステージ1個欲しいっていうご要望があったので、そこのイメージに沿った感じでうまくこいつをベースに壁を上に1個立ててあげれば、ここに柱があればいいんですよね、多分壁で。そうするとその壁を中心にどっからどこまでが屋根判定とか、多分メタ的に言えばできると思うんで、そういうのにしたいですね。一応外側ツールある程度室内っぽくできました。ありがとうございます。ちょっと見させていただきますね。どれどれ。いい感じ。ありがとうございます。いいですね。ガラス、いいですね。こちらで壁もありつつ。めっちゃ良い。丸型にしてよかったな。これだけでだいぶ変わるっすね。めっちゃいい感じ。ありがとうございます。これいいっすね。非常にグレートっすね。あとどうしようかな。どっからどこまでをその嵐から守るかですよね。そうするとここ嵐で守るとここが狭くなるけど、ここ両サイドガラス張りでもいいのかな。そうするとここ両サイドガラス張りにしちゃえば、ここも嵐回避できるのでは。やっぱ天井存在感あるな。やっぱり3マス天井だと厳しいのかな。これだとやっぱりこの階段の高さ考えると本当は3マスにした方が綺麗なんですよね。悩ましい。いやー、どうしよう。レモンさんごめんなさい。これ3段、でも3段無理だろうな。ちょっと3段の高さで実験したいですね。3段目、仮にガラスの屋根張って、で、2段目剥がした時にどうなるかちょっと見てみたいですね。端っこのところ、出入り口が確立されてる範囲が多分、壁判定、出入り口判定出てると思うんで、その近くのところの屋根3段目にして、で、2段目の屋根をそこで壊した時に外判定が崩れるかどうかをちょっと確認したいです。試してみるもの、はい、ちょっと試したいですね。これで3段屋根いけるのであれば、そっちの方の、今、発着場近くの方の木の通路と高さがほぼ一緒になるんで、そうすると全体のシルエットバランスが非常にシュパッと整っていい感じになるかと思います。スペクターさん、寝落ちしてました。皆さん、嵐来ます。了解です。じゃあ皆さん、嵐影響を受けそうな方は室内作業でお願いします。外の方は僕の方にお任せください。頑張ります。今、3段目屋根立てていきますね。そうすると。OK、上は任せろ。中は任せた。今の2段でも現状外判定ですね。マジか。厳しいか。壁も屋根もあってもダメ。壁屋根あってもダメか。端っこの方ですよ。出入り口のとことか。そっちもダメですか。そっか。迷いゆくさんの釣りの会場のところに背高くなってるところ、あそこも天気荒れてる時って室内影響あった感じなんですかね。そうすると。なかなか厳しいですね。はい。まずはい、コメントいただきありがとうございます。お名前の方紹介していただければと思います。なんて呼べばいいか分かると話が早いので、ぜひお名前の方を教えていただければと思います。あと写真の仕様と座標の表示はですね、そうですね、あんまり公開しないようにっていうふうに考えてましたので、あと今こちらの方の会場に集まっていただいている方はですね、毎回配信に来ていただいて、ある程度、気心の知れた仲というか、そういう方に集まってきていただきますので、その辺ちょっとご理解いただければと思いますので、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。はい、すいません。そういう感じでやらせてもらってました。申し訳ないです。はい。最初はね、親しき中にも礼儀あり自己紹介からというところでね、はい。ぜひ名前を教えていただければと思います。すいません。横文字が苦手なので、はい。ぜひお名前の紹介からお願いいたします。申し訳ない。よろしくお願いいたします。
どうしようかな。そっか。じゃあやっぱり各階層にするしかないか。そうするとショッピングモールか。今この室内嵐ですもん。あ、この柱いいですね。これが壁判定になってくれれば多分一番いいんですよね。空間広く見える。めっちゃいい。おしゃれー。めっちゃおしゃれ。今の2段でも現状外判定だとすると3段でも意味ないか。とりあえず出入り口作るか。壁立てて出入り口にしてしまえば話変わるやもしれん。これじゃなかった。こっちだな。こう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 してこう。いや絶対これもっといいデザインあるなと思いつつ一旦これで妥協してる。あとこれだといびつだから風除室作るか。その方が階段周りは出入りしやすそうだな。すごい石材の柱でいい感じにしてもらってるんで、どうしようかな。これに合わせよっかな。これに合わせたいな。試しにここの真ん中の風除室を作りたい。とするとどんな感じになるか。ふむふむ。とするとですよ、こうのこの圧迫感をなくすためにここに屋根をかけます。で屋根パーツはどれを使います？こっちの構造に合わせたい、できれば。ので木パーツのこの辺の屋根を使いたい。造形の統一。これだとでかいか。サイズ合わんのか。サイズ合わんのでこいつをこうか。いや除湿だったらこうかな。こうだな。この方が広い感じがする。で明かりの判定もあるので、これでなおかつ嵐が去りました。ありがとうございます。嵐が去りました。石材パーツおしゃれだな。それ参考にしたい。で石材ゲートがいいのか石材扉がいいのか、風除室として効果があるのはどれか。シンプルアーチでつなげば林早いか。ここじゃない。とにかくさん、念のため近くで待機してますね。よろしくお願いします。さすが察しが良くて助かる。本当に助かるっす。やっぱ密な連携大事ですね。非常に大事。よいしょ。ここに柱を置きたい。設置が下手くそ。ここに柱を置きたい。うまくいかない。せっかく設置してもらったのバラしたくないしな。そう、絶妙なパーツバランスでここはつけたい。どうしたい？
でも風除室としてかなり形良いのではこれ。いやー、これでも当たり判定どうなんだろう。一回ここバラすか。これがいらないんで、ここがこうなると。こことここが不要になるので、そうするとここの出入り口はなんかちょっと広々としたいい感じになると。レモンさん、この感じどうですか？今ちょっと風除室っぽくしてみたんですけど、その階段からの入り口が圧迫感あったんで。あ、レモンさん、ラグで天井を置けないところあるから、とりあえず放置して柱立ててみます。了解です。よろしくお願いいたします。柱めっちゃいい感じですね。さすがだな。やっぱ建築すごいうまいな。さすがや。めっちゃ収まりいい。じゃあちょっとラグのあるとこは僕がちょっと置いていくですね。上から置いてきます。よいしょ。OK。パーツコピー。ここここ頑張れ置けないここいやー、当たり判定そこじゃないここだここだいけないぜ。私を求めてくるね。ちょっと一旦ちょっと手止めますね、自分の方。ちょっと名前読ませてください。英語苦手なんでちょっと時間かけて読みますね。ザビカロ。レモンさんごめんなさい。この方のお名前って読めます？横文字苦手なものですいません。教えていただけるとちょっと呼びかけたいなと思うので、海外の方なんですかね。ぶっきらぼうだなーっていうところと、ぶっきらぼうなだけだったら全然構わないんですけど、何かあれば困るなっていうのがあるので、はい。ビカロフさん。じゃお名前お呼びしていいですか？ミスタービカロフ。ようこそいらっしゃいました。配信ご覧いただきありがとうございます。はい。まずは自己紹介からしていただけると、非常にコミュニケーション取りやすいので、そうしていただけると助かります。日本語が伝わればいいな。日本語伝わってくれると嬉しいな。すいません。英語が苦手なもので。はい。そうしていただけるとありがたいです。そうですね。皆さん一緒に遊んでいただけるってなった時に、気の知れた中の皆様集まっていただいております。そういう点もありつつ、そうですね。その辺のところ加味していただければ、みんな仲良く楽しく遊べるのかなと思いますので、はい。そうですね。まずは自己紹介からしていただければよろしいかと思いますので、できればその形でよろしくお願いいたします。はい。お返事いただけるとありがたいです。まずはコミュニケーションからですからね。こんな感じでよろしくお願いいたします。ぜひぜひ、コミュニケーション大好き人間なんでね、そうしていただけると僕も非常に楽しくていいと思います。みんなで楽しみましょうね。レモンさんありがとうございます。助かります。本当に助かります。本当にありがたい。いや、屋根の当たり判定がうまくいかないな。屋根の当たり判定がうまくいかない。収まらないな。バラさんとくっつかんかな、ここ。たまにあるっすよね、このノーマンズスカイの建築するときに。なんか、このパーツ、それぞれの当たり判定が絶妙にうまく噛まないパターンみたいなのがあったりするんで、多分これ奇跡的にそのパターンだと思うんです。あとは、どうしようかな。こうなってくると、ここにこうして、で、斜め部分が難しい。あるある。なんでこのゲーム斜めこんな難しいんですかね。これやっぱなんか当たり判定噛んでるな。この感じだと。たまにあるんだよな。この当たり判定噛む理由がわかんないんだよな。なんでここ噛んでんだろう。難しいですわ、マジで。
建築は奥が深いですな。実に。いけ、屋根つけ、頼む、頼む、屋根ついてくれ、頼む、つかない、つかないよ、頼む、つかない、無理かも。ここやろうと思ったら一回バラシかな。もしくはせっかく穴開いてなったら何か、もうどうしようもない、何か別のもので埋めるしかない。お、アペさん、いらっしゃいませ、お疲れ様です。来た瞬間聞いたことない声出してで笑った。屋根つけたいね、久しぶりの声がね、この変な声出してて、もうどうしようもない。やっぱね、苦渋の声ってこうなるんよ。やっぱり、ぬぐぐってなるとこうなるんよ。ぬんぬ。最近 X で流行ってるブレイブリーの漫画の、ブレイヌイみたいな感じ。ぬん変な声出ちゃう。レトナガさん、そこも試してみたけど、ついてくれないですね。やっぱり、なんか当たり判定悪さしてるっすね。まあ、ここは最後まで後回しにして、本当にダメなら後でなんか考えましょう。パチカスじゃねえかブレイヌイのネタね。伝わるか嬉しい。ブレイヌイはパチカスだから。あれは本当にどうしようもないから。どうしようかな。いっそここに屋上階段でもつけてみます？いっそもうどうしようもない空間に関してはまた別の利用法を考えるのもいいかもしれないですね。せっかく屋根ができて広い空間になったんで、この空間自体をまた何か違う衣装に変えるのはありかもしれない。実際今どうですか？今この状態で。でもな、嵐だもんな。嵐が接近中。皆さんご注意ください。嵐が接近中。もしくは、嵐来てるときは、あれかもしれないですね。しんどいときは、こっちの階段降りた下のところにも、空間があるので、こっちは多分、天井も壁も全部囲ってあるので、こっちの方は多分嵐の影響を受けずに、いろいろ触れると思うんです。もしかしたらそういう方法もありかもしれないです。やっぱなかなかここの屋根の高さとか加味した場合のこのバランス難しいですね。ちょっと待って、なんか向こうがすごいことになってる。待って。ちょっとこの丸屋根、わあすごい。アペさん、大型建築楽しそう。楽しいぞ、大型建築は楽しいぞい。実際楽しい。実際めちゃ楽しい。いい感じ。あ、すげえ。屋根こういう風にできるんだ。なにこれ、おしゃん。すごい、こうなるんや、屋根。すげえ。この水槽の上に強力な明かりポンって1個やったら、この空間はもう明るくなりそう。おしゃんだねー。めっちゃいいですな。あ、こっちの空間もめっちゃいいですね。広い。めっちゃいい。完璧でございます。いいですね。あ、屋根いい感じですね。あ、こっちの方が広くていいですね。これは完全に正解なのでは。広々空間。設置したベンチが残ってるのが嬉しい。ありがたいです。ちゃんと活かしていただいて。基本をきれいに仕立ててくださったおかげで、また褒め上手。また上手なんだから、ありがとうございます。いや、いいっすね。嬉しいっす。いや、すごいですね。やっぱみんなセンスあるな。みんなセンスあるから助かる。いい感じですね。どうしようかな。いっそのことやっぱりそっちに関しては、今ガラス張りにしてるとか床扱いでもいいかもしれん。こっちの、なんだろう。駅構内というか、こっちの廊下の方から階段、両サイドに2つ枠取ってるんで、階段片方を、いやー、潰すのもったいないな。下の階段もあるしな。難しいとこだね。非常に難しいとこだ。絶妙なバランスでハーフ手すりつけて、そこから無理やり床を伸ばすっていう手もなきにしもあらずだけど、
それでもいいかな。ちょっと無茶な施工にはなるが、そういう方法でつけるとそこの上も会場として使える。三角屋根おしゃれ、めっちゃ良い。さすがマジ、ここ天才しかいない。みんな天才や。ここの風除室屋根作ってこう。風除室にしちゃうもんね。ここをこうして、こうして、あれパーツ間違ってないね。 OK だね。 OKOK。 んいや、俺パーツ間違ってるな。何が違うんだこれ。これか。これが違うや。バリアントの、こいつこのままついた方が都合よくなのでは。ちょっとコピーしてくるか。コピーしてきた方が早いな。これとこれを消して、で、隣から、スペクターさん、嵐が去りました。ありがとうございます。皆さん、嵐が去りました。今は安全でございます。で、これを、複製して、あれ間違った。複製これだ。複製これの、こうして、で、こっち側から、ここに2箇所。複製してこれになるってことは、あれか。そこに屋根かけたからか。あぺさん、エクストリーム嵐を許すな。マジそう。いや、今、バグというか、ズレが起きてて、なんかいろんな多分、兼ね合いがあると思うんですけど、僕の画面だと、なぎだと思うんですけど、参加していただいてる皆さんの画面だと、めっちゃ、エクストリームな嵐らしくて、という、本当に、僕だけ、何のあれもないのに、他の人には今、ものすごい苦行の状態で働いていただいているという、非常に心苦しい状態になってまして、本当に今日は本当頭上がんないです。皆さんありがとうございます。そんな過酷な状況で仕事していただいて。本当に申し訳ない。本当に心から申し訳ない。難易度あるのかもしれない。でもどうなんだろう。難易度気にしたことないからな。でもなんかあるのかもしれないな。マジで何がダメなんだろう。何がダメなのか分からんのっすよ。マジで。こっちも階段なんで、こっちの階段のところにも出入り口を本当は作りたいんですよね。だからそうなった時に、DA さん心強い。これぐらいならまた過酷でも何でもないです。さすがプロ慣れてらっしゃる。やっぱ屋根つければ壁の状態変わるか。変わってる。じゃあやっぱこの構造だな。とりあえず屋根つけていこう。とりあえず屋根をつけていけば、引っかかった。屋根つけてよきよき。屋根つけよきよきということで。屋根つけます。ここをこう。もしかしてここって、あれか、こっちにこのままつければいいか。下手すると。こうつければいいか。マスが足りませんね。階段のマスが足りません。ので、どうしようかな。そうなるか。階段マス足りんか。となると、これをこうして、で、反対側も、反対側も、つけたい。どうだ？なんか違うな。ちょっと待って。先に端から決めるか。この端決めて、で、隣に合わせればいい。なんかこの辺当たり判定が。なんだ？なんかハーフっぽい当たり判定が。何かが悪さをしている。なんだ？何かが悪さをしているぞ。なんかこの辺、なんかが悪さしてる。なんだ？どこだ？一回そっち貼っちゃうか。ほら、また外に悪さして。ほら、また悪さして。
なんたらほや。なんたらほにや。こいつは、バイバイして、こいつを私はここにつけたいのです。お分かりか。私はこいつをここにつけたいのです。なぜ 0.5 マスになる？わからん。何が原因なんじゃ。ちょっと余計なパーツ少し消してみるか。で、この状態でもう一回つけたい。どうじゃ。なんでこの辺当たり判定。なぜだ。何かが悪さしてる。いっそこうするか。こいつに合わせればつくんじゃねえか。スナップポイント頑張れ。ナイススナップ来い。多分ここになんかいるな。当たり判定上ここに何かいる可能性がある。怪しい向きになるから多分なんかいるぞここに。バラすか。仕方ない。せっかくつけてもらったの。失礼します。ごめんなさい。一回ちょっとバラします。あ、二重でついてた。これか。ああ、そうだそうだ。そっか、アイテムが二重でつくと自己主張強めになるのか。オッケー、把握。オッケー。おいで、そうするとここの壁がなくなると困るので、ここの壁をどうしようかな。こうしてここだけ出入り口は鍵じゃねえや、扉はつけておきたい。嵐が接近中。了解です。ありがとうございます。皆さん、嵐が接近中でございます。嵐にご注意ください。多分ガラスの自動扉とかがないとあれなのかな。一番でかい自動扉ってどれだ。でっかい自動扉をつけられれば幾分か楽になるのでは。で確かなんかこういう電動ドアみたいなやつを開けっぱなしにすると、もうそれは外判定というか壁開放判定になって確か影響を受けるような記憶があったんで、そうじゃないパーツで構成しなきゃいけないと。難しいですな、なかなか。なるとやっぱりあれか、アーチなんだな。そうするとアーチしかないんだな。当たり判定的にどうなんだこれは。このさ手すりがさ非常に悪さをねするわけですよ、この手すりが。この手すりがゲートでいいか。ゲートでいいや。諦めよう。時には諦めも肝心や。これか。木製アーチ。こいつをこのまま1個設置。で、このアーチも出入り口判定なるんじゃねえかな。ならねえかな。これでなってくれてればいいけど。いやー、どうなんだろう。ここの風除室をうまく使えればいい感じになるんじゃねえかな。あー、すいません。ありがとうございます。手すりくんも頑張ってるよ。攻めちゃダメ。攻めちゃダメ、手すりくんも。これで一応屋根は大体できたかな。ここがまだだな。ここ一箇所まだついてない。ああ、邪魔だから撤去か。了解。それならそれで。いや、待て待て。いや、邪魔だから撤去だな。あそこも屋根1個なくていいや。あれも軽装。手すり売買屋で。手すりじゃねえや。間違った。屋根1個売買屋で。手すりくんをそのまま頑張ってな。よし。風除室屋根 OK。で、アーチもつけてもらってありがとうございます。
結構いい感じなのでは。あとは嵐の判定ですね。おー、こっちめっちゃいい感じ。いや、ありがとうございます。こっちもだいぶなのでは。ちなみにこっちの廊下側って今嵐の状態もだいぶいい感じですかね。かなり綺麗に囲われてる感じで、こっちも出入り口開放されてと、いい感じですね。いやー、いい感じ。道の駅って感じ。今8割室内ぐらい。おー、8割室内、ありがとうございます。やっぱり天井壁とか全部張らさると一応全部判定決まってくるですね。屋根の高さ2枚、この柱がやっぱいい仕事してんのかな。嵐収まってる。了解、ありがとうございます。と柱がいい仕事してるんだと思う。素晴らしい。いいですね。あとはじゃあいろいろ細かいところを。わあ、すごい、なんか真ん中上がってる。めっちゃいい。めっちゃいいじゃないですか。素晴らしい。高瀬さんでも狭かったら割と室内判定してくれました。やっぱりあれなんですね。その縦に長くてもどっかで壁判定になるものが間に挟まるといい感じになるんですね。ということは、今この鉄のこいつゲートというか、この辺が嵐が消滅中。了解です。ありがとうございます。ここのフェンスみたいなところがテナントさんに貸し出す区画を仮に区切ってる広さになるので、なんとなくこれごとに天井も区切れるといいのかな。どうなんだろう。ちょっとこう広すぎるか。この広さで区切ると下手すると外判定か。難しいところ。ということは天井の柱も区画のサイズに合わせて走らせるとワンチャンあるのかな。どうなんだろう。この手すりって壁判定なってんのかな。だいぶ形になってきましたね。ちょっと上行ってみてみよう。よいしょ。おー、めっちゃいい感じ。いい。鉄の三角屋根めっちゃいい感じですね。整っている。めちゃめちゃいいな。こうなってくると天井もガラスの部分とガラスじゃない部分でなんかやりたくなってくるんですよね。まあでも全体できてからそこはバランス見ながらかな。よく見るとここもいつの間にかガラスになってる気がする。さっきはガラスじゃなかった気がする。いい感じ。いいですね。自然光が取り入れられている。進化しているよ。どんどん進化していく。いいね。すげえ、めっちゃいい感じになってる。わ、すげえ。めっちゃいい感じになってる。すごい。めちゃめちゃ良い。いいですなぁ。企画発案者の七星さん、次来た時に目見開くでしょうね。うわ、すげえ、なんじゃこりゃってなるでしょうね。目に浮かびますな、驚いてる姿が。派手に驚いてくれるでしょうな。そこ高さ3のとこですね。あ、この三角屋根のところ。いいっすね。この三角屋根のところも、これも特殊な判定なのかな。あ、レモンさん。ちょっとゲーム落ちますね。了解です。ここまでありがとうございます。ほんと助かります。すごいな。ここの一瞬でここまで進捗するとは、思っても見なかった。これマジですげえ。美しいぜ。よいしょ。じゃあ中の方にまたお邪魔します。そうすると、検証上、こっちの出入り口。やっぱりこの、あれですね。ここの方のアーチが多分いい仕事して、これも壁判定になってるんですね。で、1枚分、ここを開けても大丈夫。で、これで建物判定と。
多分この柱が壁判定なんだろうな。これうまいな。テクニックや。そうするとこっちはかなりいい感じにしていただいたので、このままで OK で、こっちのステージの上に関しては後で明かりを上につけると多分良いと思われますので、これはちょっと後ほど。手つけたいのはまだここっすかね。じゃあ次は僕ここをガラス張りにしていきますね。テラスをガラス張りにしてまいります。どうしたらいいかな。それかこっちはこっちでまた天井の低い屋根何かつけて、それでいい感じにしてあげても収まりいいのかもしれない。あ、これでもいいかもな。ここだけ屋に分離しちゃって、あれ、ここだけ屋に分離しちゃって、これだと高いか。これね、一段下げた天井でやってもいいかもしれないので、これで、これで、これいいのでは結構。こうするとここにもうくっついて、でそっちはここの壁は一回気に食わないので撤去で、立体感が足りないところは立体的な壁を多用していく。さあどっちがいい？嵐が接近中、了解です。嵐ががっつり来る前にここの裏表を決めてしまって、これだと裏の風合いがもったいないので、ってなるとやっぱガラスが無難なところは結局ガラスが無難なんだな。こうで、こう囲うとまず一旦無難と。でここはあえてのこの辺で、これじゃないな、今展開してるこれがいいかな。これがいいな。よし、これで天井を張ってあげると。で斜め、これもだな、バリアント開くとパーツの種類が増えるので、これで通常の木の屋根、こんなんでいかがか。ライト埋まってね。ライト埋まっちゃうのか、これやると。なるほどな。ライト埋まっちゃうのはちょっと悲しいな。ライトは微調整すればいいか。ライトは後で微調整するので、一旦この空間を形成しますよと。よしと。レトナガさんどうですか？ここの角部屋。やっぱりまだこの中嵐ですかね。ここで嵐判定で防げてます？まだ壁内側に貼ってないからまだ微妙かなとは思ったんですけど。あ、いい感じですか？あ、よかった。これで嵐判定防げるんだ。ありがとうございます。であれば両サイドはこれでいいですね。グッド、ありがとうございます。そうすると両サイドはこれで OK。 じゃあこっちの正面をいかがいたすかというところ。シンプルガラス張りが一番話は早いんだけどな。まああれか、貼り付ける壁の種類変えればいい感じになるか。 OK、 了解。じゃあこのまんま天井を張っちゃう。
天井張っちゃう。 OK で天井の松も張っちゃって、ああ、確かにそれの方がいい。あ、そっちの方がいいな。真似しよう。真似する。そのパーツはこれかな。これをこっち向きにして、あれ、なんかパーツ違う。あれ、同じパーツつけたつもりがなんか違うな。ああ、そっち屋根の高さ違うのか。そっちが。これは失敗。屋根はここです。ので、もう一個。真ん中だけつけようと思うとうまくつかない現象。ノーマンズスカイあるある。 OK。 よし。やべ、入れない。入れなくなっちゃった。あるある。非常にあるある。悲しい。まさかの入れなくなるやつ。よいしょ。もう一回正規ルートから入場。お邪魔します。いい感じ。ありがとうございます。いい感じで、ここのエンドキャップ的なやつをバチッと。 OK。 いい感じ。すごいいい感じ。いいですね。いい感じです。非常にグッドでございます。非常にグッド。ありがとうございます。いいですね。広々空間ですな。ここの空間ももう何に使ってもいいですもんね。この感じだと。結構こっちとこっちを分けて、いい感じ。いいですね。ガンガンやっちゃってください。よし、じゃあその間にまだ別のところ見に行こうかな。どうしようかな。あとは光源問題か。なんかおしゃれな光源ついてる。あら、素敵。いいですね。めっちゃいい感じじゃないですか。嵐が消滅中。了解です。ありがとうございます。イエさん、ちょっと一箇所、外の木製通路からの入り口いじってみますね。よろしくお願いします。いい感じにやっちゃってください。ゴリゴリやっちゃって。すいません、ちょっと水分補給します。翼殺がってる。誰だ。ここもだ。ここもちょっと扉に変えないと。忘れてた。こいつをカットしてゲート。よし、 OK。 これでも十分になるのでこれで OK と。あと心配なのはここですね。ここをどうするか。なんか木の手すりがそっちにあるから、これってここにつかないっけか。ここ手すりぴったりいかないんだ。なんか角度的にいけそうに見えたけど、そうはならんのね。仕方ないか。もしくはどうすかな。これに対してこの状態からこうで、こっからフリー配置に切り替えて、で判定をこう切り替えて、こいつの選択をいじって、接続部を高く取ってみましたけれども、後でちょっと見ていただけると了解です。確認しに参りますね。当たり判定早速見せてる。やばい。当たり判定早速見せてる。こう手すり、こう木製手すり、こうしたいやつ。ずれたかわかんねえ。ずれたかずれてないか全くわかんねえ。押してみる。
これこのままいける？ずれてる？どっち？ずれてる。センスバツ。やめよう。これレモンさん戻ってきたら任せよ。これちょっと多分うまくいかないや。はい。じゃあ D さん確認しに参りました。おお、広い。おお、いいんじゃないですか。むしろ、あ、めっちゃ広い。これ勝ちでは。 D さんこれ採用です。ありがとうございます。これでいきましょう。めっちゃ良い。めっちゃ広々。いいっすね。あとは嵐来た時にこれで嵐ガードできてれば完璧っすね。これで良ければ各接続箇所これでいきます。これでいきましょう。今嵐消滅中ですよね。ちょっと嵐を待って、嵐が吹いた時に問題なければ全部これに変えていきましょう。嵐怖えな、やっぱりそう考えると。あ、サイド1箇所空いてるか。ここがちょっと空いてるのか。どうしようかな。そうするとなんかちょうどいい角パーツないっけかな。なんかあった気がしたけど、ちょっと外から見てみるか。待って、あ、しまった。下段に降りる階段が閉まっている。そうだよ、ここ下段に降りる階段もあるんですよ。忘れてました。ここあるじゃないですか。各階段の間が外に出るための下り階段なんですよ。こんな感じなんですよね。そう、各場所全部こうなってるんですよ。そういえば忘れてたな。これどうしよう。悩ましいな。あ、そのため上からガラスを下まで伸ばしてます。なるほど、さすが準備万端。このままガラススパーンと伸ばせばそのままいけるんだ。で、屋根はなんかいい感じのお好みの屋根をつければ OK という。完璧だ。パーフェクト。間違った。フリー設置になってた。じゃあこっからそのまま継続でガラスを貼り続けて、こっちかな。そうすると壁の隙間も心配する必要ないんだ。 OK。 じゃあこの階段はこのまま貼ってしまおう。この辺どうしよっかな。一旦全部貼っちゃってもいいけど、下り階段は試しに一回貼ってみる。あ、こう収まるんだ。ってことはそこの角パーツってなんかうまく収まらんかな。こういうのでこのパーツって逆さまならんのよね。確か逆さまならなかった気がするが、いかないよね。いかないんだよね。残念。これの逆さ三角パーツってやっぱ欲しいですよね。そのうちアップデートで入ってくんないかな。いないか。いないよな。これは仕方ない。いい感じ。ガラスで貼るといいですね。視認性がすごい良い。あとはここの下か。ここどうすっかな。ここの視認性のここもガラスで無理やり行くしかない行くしかないぜ。ここの下のガラスの下の板はあれですね。こいつの下につながる板は階段が邪魔なのか。階段のサイドボールが邪魔してるのか。じゃあここは普通の鉄のサイドボールでいいな。そこは手すりかな。手すり入ります？手すり入る？多分当たり判定、多分埋まってる階段に階段のサイドボールが刺さってるせいで邪魔してるかもしれないので、そこの階段のサイドボール一つ地面に埋まってるんで、そいつをばらすとこいつをばらすと多分フリーじゃなくても普通にスパンと1枚木の板でいけると思うっす。
これだとデザインあれか。もし手すりにするのであれば、だ。あれがある。いいパーツが。手すりを再現する。こいつどうすか？これどうすか？ちょっと透けてる感じですけど。多分他の階段のところも埋まってるサイドウォール消せばこのパーツが入るはず。なんか、鉄面広いか。難しいな。なかなか。天才褒められた嬉しい。ありがたい。あとはこっちのサイドウォールをどうするかですね。ここのサイドウォールは多分木にしちゃうとまたバランス崩れるから、ここは鉄がいいな。このサイドウォール剥がした先はちょっと鉄がいい。なんでかというと、確かこの下なんか空間、ここは使ってなかったか。どっかがあれなんですよ。その階段の下空間、小部屋使ってて、嵐が接近中、了解です。ありがとうございます。皆さん、嵐が接近中です。お気をつけください。嵐が接近中です。ここの壁を、金属壁で貼ってしまいたい。ここは四角でいく感じですね。そうすると、この金属壁がぴょっこり出てるところに何か装飾をつけると収まりも良くなるのかな。難しいところ。なんとなくもうやっぱみんなの方がセンスがいいから、やっぱいろいろ。となるとこの高さは合金で揃えた方がいいかも。まあ確かにそうか。でも揃えちゃうと圧迫感出るような気するんだよな。でもそうか、他の階段も全部合金なのか。もしくはやっぱり下の階段は諦めて、ここに風除室設けて、そっから外の嵐は頑張ってねっていう空間にしてしまった方が、ここの造形は悩まなくてもいいのかもしれない。悩ましいですな、本当に。実に悩ましい。いや、でもガラスストレートの方が分かりやすいな。じゃあ下の階段のサイドを張り替えていこう。張り替えちゃう。ここと、ここ、あとは、こいつとこいつを張り替える。こうで、こうで、反対側も、そういえばこれ階段埋めるの忘れてたな。階段埋めとこう。 OK。 なんだこれ。設置ミスのやつか。これは一旦消しますよと。このタイミングでまた細かいところもちょっとずつ手直しした方がいいのかな。それ後か。それ後だな。この微細な指の感覚で。よし。地味に嵐判定になりますね。マジっすか。嵐判定になっちゃうか。となると、先ほどレモンさんが使っていた柱を駆使して、柱というか、なんだ、アーチか。アーチを使うと多分あれが壁判定なんですよね。アーチを立てて、そうか、ここは確かにそうなってるのか。何これ、かわいい。初めて見る植物やこんなのもあるんや。なったりならなかったり。難しいとこですな。この花咲いたり閉じたりする花。これすごっ。違うとこに気がいってしまった。おしゃれこれ。
そうすると外向きの風除室から階段下りの屋根をつけてあげた方が、多分高い天井屋根にすると当たり判定厳しくなるんじゃないですかね。のでどうしようかな。ここにもちょっと待ってくださいね。例えばの構造でつけてみます。どっちがいいだろう。両サイド埋まってるからこいつかな。こいつでこっち向きだな。こっち向きに2つつけて、そうすれば上の屋根は多分 OK なんで、これに対して斜め屋根だからこれか。こいつを多分かけていくといい感じになるのでは。嵐が消滅中、了解、ありがとうございます。こうすると多分屋根盛り上がらずにそれなりの感じになるのではないでしょうか。これで壁を張ると嵐の判定もなんとか防げるのでは。意外と悪くないですね。意外と悪くないかも。で、あとはここの壁をあれか、こいつをコピーして、これでいい感じになったかな。いかがでしょう。判定はいかに。やばい、ガラスなくなった。オーマイガー。クリエイティブじゃないから資材消費するんですよね。やっちまった。ちょっとガラス取ってきていいですか。多分ね、これでここの階段のところは嵐良くなったんじゃないかな。そこの出入り口にアーチつければ OK か。でこの形にするんだったら床伸ばした方がいいか。なんかその方がいい気がする。ガラス持ってくる前にここに床だけ貼るか。なんか足元ホットな感じの床板にしてあげると、もしかしたら気分いいかもしれない。となるとここの階段2つ消して、どうしようかな。そこのサイドウォール埋まってるのをこれ消していいな。これ消す。でここも消す。ここも消す。でガラスありがとうございます。 D さんありがとうございます。助かります。何から何まで。いや今日ほんと殿、本当に殿、ずっと助けてもらってばっかりありがとうございます。助かります。でここも木のこの壁使って金属っぽく、そうこの感じ。そうするとここはまた木の階段にしてあげると収まりが良いのではないでしょうか。いい感じ。迷いゆくさん、ようこそいらっしゃいました。お待ちしておりました。ご来場いただきありがとうございます。本番は第3回の釣り大会のお誘いに来ました。この間配信でおっしゃってましたね。配信の中で僕の名前がプッと出てきて、はえーってなったはえーってなったんですけど、お誘いありがとうございます。日程さえ合えばいいなと思っておりましたので、僕が毎週水曜日やってるんですけれども、休みが週の平日ど真ん中しかなくて厳しいかなーってちょっと思ってたので、なので皆さんのタイミング土日が多いと思うんですけど、奇跡的に会えばなのかななんて思ってました。ごくごく稀に僕も土日休み取れたりするので、その時に被ってくれたらいいなと思っておりますはい。なのでその時は、いや全然いいですよ。名前出しちゃって申し訳ないです。いや全然大丈夫です。手元配信の話めちゃくちゃしちゃいました。あれね、マック3つ食べたと。いやあれ違うんですよ。胃が若いとかじゃなくて、あれ脳みそがバカだったんですよ。なんかいける気がしたんですよ、あの時だけ。
なんか今日いける気がするって言ったら、まあ全然そんなことはなかったっていう。そんな感じでした。全然若くないっす。もうね、30も半ばなのでね、もうだいぶ、本当はいたわらなきゃいけないんですけど、全然いたわれてないところでございます。良い子は真似をしないでください。みんな胃袋とね、腸はいたわってあげて、体は正直ですので、はい。良い子は真似をしないでね状態でございます。多分ここのアーチを張ると、多分ここが壁判定になるんで、これで多分嵐は回避できるんじゃないでしょうか。どうでしょう。あ、こっから建物判定だ。ちょっと待って。こっちが外判定。ここ外判定。今はあれですね、僕の配信画面上だとすごい平和な感じなんですけど、他の方が僕のこの星に来ると嵐になってるらしくて、なんか僕だけ表示が違うと、他の人が来るとめちゃめちゃ嵐になってると、めっちゃシールド削れると。あ、フェクターさんありがとうございます。嵐が接近中、皆さん嵐が接近しておりますのでご注意ください。みんな建物の中に避難だ。みんな気をつけろ。ここはまだ違う。こっからだ。こっから建物判定、音が変わる。うわー難しいな。これどうなってんだろう。多分ここの屋根までは建物判定なのかな。いやー難しいとこっすね。なかなか難しいっす。まゆうくさんありがとうございます。日程なるべくそれ以上に尽力いたしますのでよろしくお願いいたします。いやこちらこそ何卒よろしくお願いいたします。でもこっちに無理して合わせることはないので、皆さん楽しんでいただければ、僕土日の出勤すげえ仕事暇で、みんなが配信してたら多分出勤中くつろぎながらみんなの配信を楽しめると思うので、リスナー側でも全然楽しむ気満々でございます。その形でも僕は全然楽しめるタイプなので、それでも全然大丈夫ですよ。あ、すみません、来ていただいたタイミングで申し訳ないんですけれども、いただいた電話でと同じ感じで申し訳ないんですけれども、七星さんの方で提案していただいたバザーですね。バザーイベント、今まさにいじってるのがここバザー会場なので、いずれその日程すり合わせて建築に来ていただければなと思っておりましたので、その年末まだ新しい年度始まってないので、結構確定申告大変な方とかいらっしゃるみたいなので、それ終わった以降、さっき七星さんには4月5月ぐらいでもいいんじゃないですかね、無理ないタイミングでいいと思いますって口頭では言ってあるので、そのぐらいのタイミングで建築に来ていただけたらいいのかなと思っておりました。結局どの店やるのかもまだ決まってなかったと思うので、その辺もなんかすり合わせられたらいいですね。すり合わせたいですね。なんとなく2月5月ですか、了解です。暫定ですけどね、今暫定で口頭だけでそういう感じになっておりましたので、雰囲気そんな感じで見といてもらえれば嬉しいです。よろしくお願いいたします。いやでも何も決まってないですからね。でもあれじゃないですか、なんかまゆゆくさんの配信拝見させていただいてて、結構化石とかいろいろ集めてたので、オリジナル化石結構あれができるじゃないですか。いろんな動物を生成できるじゃないですか、過去に生きていた生き物たちを。なのでそういうところで過去に生きていた生き物たちをいろいろ化石を作っていただいて、それ商品で並べてもらうっていうのも面白いかななんて考えてました。あとは建築の石材とかですね、工務店を引き連れて建築に向かわせていただきます。ぜひよろしくお願いいたします。今日はあれですね、副社長のレモンさんがさっきまで、今レモンさん一旦抜けてまだ来てないですよね。一旦抜けてまだ戻ってきてないので、今日戻ってくるのかな、このまま行っちゃうのかな。副社長が来て陣頭指揮取っていただいてたので非常に助かっております。なんとかこの天井判定の問題もなんとか攻略していただいたので、本当に麻薬工務店さんにはお世話になってばっかりです。本日もありがとうございます。副社長か部長か専務か
専務取締役専務取締役ですかね。天井アザース。いや本当にこの天井の解決マジですごいですね。柱立てれば、柱っていうかこれか、アーチか、このアーチ立てればいけるの知らなかったです。一応これ多分壁反転なんでしょうね。壁と天井がここでつながってれば、ここは多分一つの部屋、ワンルームなんでしょうね。ここが天才か、マジで天才だと思う。いやいい感じですね。逆に私が平社員、いやいやいや何をおっしゃいますか。そんなことはありませんとも。どう見たって社長、誰が見ても社長あーすごい、植物が生えている。ついに緑が生え始めた。進化が早いぞ進化が早いぞ。前奥さんもいかがですか。建築ガンガン進めているところなので、もしタイミングが合えば一緒に進めていただいて。あ、そっちにも天井が生えている。これ避けてもいいな。これ避けてもいいちょっと目を離した隙に CEO が笑う。 CEO 来ましたよ、副社長 CEO 来ましたつまり役者が揃ったってことっすね。こいつは役者が揃っちまったな始まるのか、見れるのか、前行く建設の本領発揮がだいぶ今日だけでかなり進んだっすよ。メンツが揃っちまった。すげえ、見たことない装飾いっぱいある。この植物何この植物何。今日は何時まで予定なんですか。今何時ですか。今2時半。行けって言われれば多分6時でも7時でも行けるんですけど、スペクターさん、嵐が消滅中、ありがとうございます。天気予報が正確で助かる。めっちゃ助かる。僕が眠くなるまで続くので体力尽きた方から皆さん寝落ちしていただく感じのスタンスですねレモンさん、僕は不器用な見習いなので、みんなそうやってさ、この予防線張っちゃったりなんかして聞かないですよ。知ってんだから、みんなすごいの知ってるんだから。そうはならんすよ。そうはならんすいやもう凄腕が揃っちまった感じですね。まさかこんな感じのデザインがここまで変わると思わなかったですもん。いや実は今日グリーが入ると思わなくて、こんないい感じになるだなんて。進化が早い。たった1日でこんな。本当に頭が上がらんす。いや僕なんか途中この辺徘徊してるだけですからね本当申し訳ない。またあれですよね、こういう柱が立つとこの柱周りの装飾とかもいろいろ今度想像が広がるっすよね。どうしたもんすかね。またいろいろできそうっすね。旗を吊るしてもいいし、のれんみたいなの吊るしてもいいし、この辺にベンチ設置してこの柱周りをぐるっと装飾してもいいし。お、スペクターさん、ケーラありがとうございます。さっき一瞬その外国の方のコメントいただいたんですけれども、なかなか外国の方のコメントしていただいた方が応答いただけなかったので、ちょっと不安はあったんですけど、異常はなさそうですね。よかったです。ありがとうございます。まゆゆくさん、チャンネル登録と高評価して次回の配信の時に参加させていただこうかしら。通知もオンにしてありがとうございます。至れり尽くせりありがとうございます。応援していただいて本当にありがとうございます。大感謝でございます。すいません、僕こういう結構おしゃべり大好きなやかましいキャラクターなんですけれども、それでもよろしければぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。すいません、僕の方も基本的にずっとロム勢だったので、ちょっとドア閉めますね。なんかもしかしたら壁ドンされてるかも。ちょっと汗かくっすけど、ちょっと防音室のドア閉めます。よしよし。いやー、防音室閉めたぞ。よし。これでもう歌っても踊っても大丈夫。踊ったら床は抜けるか。大声出しても大丈夫。でもマイク音割れてるな。あかんあかんあかん。よし、万全。ちょっとファンだけ回します。ちょっと風のノイズ音が入るかもしれませんが、ご了承ください。ちょっと体鏡みます。ファンのスイッチどうだっけ。ファンのスイッチ。
なんだこれが。よし。ノイキャンは仕事してますね。ファンが回ってもとりあえず大丈夫そう。防音室扉完全に閉めてもファン回してもめっちゃ汗かくんですよ。持って30分っていう30分ごとに開けたり閉めたりタイムが今から始まりますと飲み物もっと用意しとけばよかったな。もうチャンネル登録もうしてるんだった。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。おかげさまでチャンネル登録も76名超えました。本当に感謝です。ありがとうございます。でも全てはあれですね、このノーマンズスカイの縁のおかげですね。次はここにもなんか見覚えのない植物が生えてる。明るい。明るさマシマシだな。そうするとそこのフェンスは一回取っ払ってもいいかな。ちょっと広さをまた考えよう。そうだな、フェンス取っ払って広さ少しまたいじってみよう。マヤユクさん、スペクターさんとも面識あったっすかね。もしかしたらどっかで会ってるかもしれない。嵐来ます。了解です。じゃあさっき設置した下り階段のところの嵐の方もちょっと確認していただければ、どっからどこまでが嵐行かないのか、そこら辺もちょっと確認したいところなので、ぜひよろしくお願いいたします。明かりありがとうございます。じゃあ明かり配線しちゃいますね。せっかく輪っかつけていただいたので。配線は多分ここの階段の真ん中のところにD さん、今僕が立ってるところ、ここに電池が設置されているので、この辺で明かり取るときはこの辺からケーブル引っ張ってもらえれば早いかもしれないです。よろしくお願いいたします。でも他に近場あれば近場からでも大丈夫です。OK だ。上から取れてるな。OK。ここ蓋しちゃおう。階段の蓋。OK。なんか一人だけ嵐がなくて悲しい。一人だけ嵐がない。ここも階段大丈夫そうです。よかった。ありがとうございます。階段効果てきめんでしたね。よかった。嵐対策うまくいってるですね。順調。ここの壁どうしようかな。上まで行っちゃうか。上まで行っちゃおう。せっかくだから半端にするぐらいなら伸ばしちゃおう。ベトナガさん、喫煙所作った。素晴らしい。100点、いや120点満点です。忘れてた。喫煙所は大事。いやマジ命の泉。よかった。泉が生まれてよかった。ありがとうございます。これで僕も配信中安心っす。たまに配信の画面に僕いなくなったら多分喫煙所いますちょっと待って、喫煙所どこっすか。見たい。どこベトナガさん、喫煙所どこですか。早速見ておきたい。いやすげえいい感じ。順調ですな。よいしょ。素晴らしい。みんな挨拶の輪が広がっていく。やっぱりノーマンズスカイ遊ぶ人たちはもうみんな丁寧な人が多いですね。中央、さっきのガラス張ったところ了解です。どこだ。廊下の中央、広場の中央、廊下の中央、この辺か。中央か。広場だ。中央広場のガラス張ったところ。広場の下了解。喫煙所。喫煙所。広場の下。
広場の下にも一応実はこういう空間がありまして、ここが飲食になるかなと思って、栄養プロセッサーとかも置いてる部屋があるので、後で覗きに来ていただければ、飲食関係販売するテナントはこの辺でやってもらえればなと思って一応作っておきましたので、よろしくお願いいたします。広場の外、了解です。広場の外、ガラスのあたりってか、あとはこの辺ですかね。階段のサイド、この辺、この辺ですか。この辺、やばい、めっちゃタバコ吸いたくなってきたやばい、便所があると聞いておタバコマウスになってしまった。我慢するか。そこにいるのでキャラ探してもらえば了解です。どこだどこだ。新しい看板が立とうとしている。楽しみ。どこだどこだ。あれマジでどこだ。遠くにいるフレンドさんってこれで見れましたっけか。あ、出るな、青。これ佐藤さんや。国方さん喫煙者なんですね。電子ですか。僕ね、紙なんですよ実は。お恥ずかしながらめっちゃ紙なんですよ。僕逆に電子まだほとんど吸ったことなくて、水蒸気吸うタイプですよね。わかんないんですよ、電子の方が。やっぱさっきのとこだな。下り階段ですよね多分。動機ずれしてる。招待すればいいのか。今枠は空いてるから。やべ、部屋のライト消えた。電池切れた。招待すればいいですね。ちょっと待って、どうすればいいんだ。招待して場所が分かるようにすると多分良い。ほい、これだ。で、なんだこれか。こうしてアイコン合わせて、これで今入ってる状態。お、渋い若葉です。僕セブンスターなんですよね。セブンスターのボックスをよく知ってるんです。父親からの影響でずっとセブンスターボックスですね。お、この点々点って誰ですか。ちょっと待って。Y、佐藤さん、スペクターさん、長さん。これ、待ってね。これ D さん？なんか名前が、今もしかして一回落ちてるのか？私？かも。なんか点々点になってる。長いと点々点になるのかな？あ、今こういう感じになってるのか。了解っす。あ、レトナカさん表示されました。よかった、ありがとうございます。やっぱり連携にいろいろ問題あるんだな。レトナカさんお待たせしました。今合流しましたよ。さあ僕にタバコを吸う場所を、僕に灰皿を。それで何か編集ができなく、ごめんなさい。これもしかして結構あれか。わー、すげえ。灰皿がある。みんな拍手。灰皿があるぞみんな灰皿があるぞ。ベンチにクッションもあるぞ。無敵か。ちょっと僕ここでしばらく休憩してていいですかちょっと待ってくださいね。編集の問題が出たので、ネットワークで全員を誘うといいのか。
琥珀さん、こんばんはいらっしゃいませ。このセーラシニヨルクニカーズグラチェ、ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。今日は皆さんに手伝っていただきながら、施設をどんどん新たに改築しているところでございます。ちょっと待って、今招待しますね。グループに招待する X。OK。全員招待すればいいのか。いけるか。こっちはいいか。グループに招待する。OK。しばしこんばんは。ありがとうございます。今日も元気なブラック経営。言い訳ができない。言い訳ができない。でもブラック経営者僕だけじゃないから昨今ブラック経営者僕だけじゃないから、佐藤さんがなぜか招待できません、他の活動中ってなってて、なぜか招待できない。なぜだ。ちょっと一旦入り直してみます。リエさん了解です。皆さん、バザール会場のテレポーターがどこにあるか分かりかねますが、不審な動きをするトラベラーを見かけたら警戒ですね。そうですね。ただ、今のところこの点々点に関しては多分 DA さんでいいと思うので、これは大丈夫かと思います。今 DA さんが入り直していたタイミングで招待が切れたので、そうですね。ここの点々点やっぱり DA さんですね。よかった。安心。よかった。そして入り口の上に喫煙所を示すデカール。完璧。空から来るとは限らないので、そうですね。ちょっと警戒していただければ助かります。よろしくお願いいたします。佐藤さん、はいグループに加わるできる。いける。これでいけるのでは。そうするとこれでグループ4人か。そうすると、どうしたらいいんだ。これグループから外れてると建築できなくなるのか。で、スペクターさん建築しないんでしたっけ。ってことはあんまりあれだけど、スペクターさんだけちょっとグループ外れてもらえるとちょうどいいのかもしれないですね。建築する人グループ入っていただいてでやると建築ができるのかな。その場合どうすればいいんだ。ちょっと失礼。ちょっとスペクターさんちょっと一回押してみますね。これどうなるんだ。どうにもならんどうにもならん。リエさん入りました。名前出ております。ありがとうございます。やっぱ仕様がよくわからんな。ノーマンズスカイ独特やな。今建築できない方いますか。DA さんよかった。そうすると今レトナガさんと DA さんは入ってるので、スペクターさんは今回ケーラしていただいているので、やっぱり佐藤さんは建築でもできてるんですよね。なんか不思議な状態。スチームだったらいけるのか。わからん。いけてるならいいか。いけてるからいいのかな。わかんねえ。もしいかなかったらまた調整しましょう。ポチポチするとまたあれな気がする。枠が1個空いてるので、建築できなくなったらグループの方出たり入ったりしていただければ。でそれで操作うまくいかないときは声かけてください。こっちから入ってもらったり出てもらったりをちょっとポチポチしたいと思います。ここら辺の使用書欲しいですよね。スペクターさんグループ抜けました。すいません、ありがとうございます。気使っていただいて。佐藤さん、もし建築できなくなってるとかそういう状況になっていればもう一回そのグループの方に試しに入り直してみていただければ。建築でもできているのかな。スペクターさん、うちは戦闘分野に重きを置いているので建築は苦手です。いずれでもあれですね、また建築魂に花を咲かせていただくのも一つありかと思ってますのでね、よろしくお願いいたしますよ。その時はぜひぜひよろしくお願いいたします。下り階段1個きれいにしてもらったので、じゃあ他の階段も下り作ろうかな。佐藤さん、はい、ありがとうございます。ここの真ん中がね、なかなか際どいところ。間違った。で、あとここも下り、間違った。下り階段を作るので、こうして、で、これが国数5点ね。違うの。建築ができてます。よかった。ありがとうございます。やっぱり、あれなのかな。やっぱ、シンプル動機ずれかなんかなのかな。やっぱりちょこっと不安定ですね。
パーツ間違えた。これじゃないや。これ。反対側に作ったのと同じ階段を作り遊ばせ。で、このパーツで階段を下りにお付け遊ばせ。こう。いい感じ。嵐が接近中。了解です。皆さん、嵐が接近中です。ご注意ください。ダメージしんどい方は中での作業をお願いいたします。外の方は国風に任せて。これあれなのかな、自分も何かバージョンちゃんといじったりとかなんかするとちゃんと元に戻るのかな。そこがわからん。なんか一人だけズルしてるみたいでなんか変な気分なんとかしたいところではある、正直ね。同じゲームやってるのに一人だけ違う風景見てるとか、なんかちょっと悲しいですよね。なんとなく気持ちとして。これも壁で覆っちゃいたい。 OK。 ここも壁で覆っちゃいたい。柱と繋がっちゃったな。そっか、柱繋がっちゃうのか、この構造にすると。あ、でもあれ、そっちと長さ違うな。おい、なんか建築間違ってる、もしかして。あー、柱の幅違うんだ。ここそういえば階段の幅が違うからここ繋がっちゃうんだ。いい話変わるじゃん。中央階段どうしましょう。あの階段気になるからまず消そうか。でもなんかすごい広々とした壮大なロビーになりそう。これはこれでいいね。実にいい。実によろしい。いっそあれか、上出っ張ってるし、ここに壁立ててしまうのも一つありか。でもそれやっちゃうと屋根がしんどい。あ、レトラさん、一仕事終えたところで寝ます。おやすみなさい。ありがとうございました。本当にレトナガさんが建ててくれたこの喫煙所、国数的 MVP がこの灰皿な気がする喫煙者大歓喜。僕の配信を見ていただいている喫煙者全員大歓喜でございます。レトナガさん、ありがとうございました。今日もお疲れ様でした。また今度よろしくお願いいたします。いい夢見ろよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、喫煙所は本当に全くそのイメージしてなかったんで、見てくださいよ、この完璧な喫煙所。なんか上の方になんかあれつけるって言ってましたよねうまっ、吸ってる。みんな見て、みんな見てめっちゃ吸ってる完璧すぎ。レトナガさん天才すぎだって。これ完璧だよ。すげえ。なるほどね、これ使おう。指も完全にそれだもん。これ他のとこでも喫煙所作ってたな、これこれ作ってたな待って腹痛い。佐藤さん、喫煙時間5分ですよ。短い。10分欲しい喫煙時間は10分欲しいレトナガさんすごい。レトナガさんも喫煙者っすか。これ分かってる人の作品ですよめっちゃ火灯すしマインビームで火をつけてあげられます。みんな喫煙者、みんなここで休憩しようね。ああ、いいな。オレンジのマインビームいいな。このためだけにマインビームオレンジにしたい。うわー、マジかー。あ、でもちゃんと火ついたとこ赤くなる。本当だ、先っぽちょうど赤くなるやん。常習犯ですな、これはあー、すげえ。レトナガさんの次反対側も今日はもう大丈夫なんで、次の配信で反対側もよろしくお願いします喫
喫煙所担当でよろしくお願いいたします。あとなんか別のところにも何か所かぐらい喫煙所こっそり作っていただけると僕が喜びます。はい。では改めておやすみなさい。はい、ありがとうございました。今日本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ベトナムさんお疲れ様です。ゆっくりお休みください。いやーほんと足向けて寝れないです僕マジで。お疲れ様でした。ありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。いやー笑ったダメだ、もう面白すぎる。ここだけもう喫煙所がそうですよね。僕ら現場で作業する人からするとね、喫煙所は命の泉なんでね。いやーありがたい。マジで分かってる人の建築だったな。絶対建設現場で働いたことあるでしょ。スペクターさん、嵐が消滅中。了解です。ありがとうございます。嵐が消滅中でございます。なんか今ろれつが回らなかった。さあ皆様時間の方は大丈夫ですか？もしケツが決まっている方がいれば先に申告いただければそこにちょこちょこっと合わしちゃおうと思いますのでよろしくお願いいたします。なければこのまま突っ走っちゃいます。よろしくお願いいたします。じゃあこの辺を当てていこうかな。間違った。よし間違った。こうしてこっちも消していいね。そうすると階段の構造をこれで変えて、でガラスよしと、自分史上一番ガラス使ってるっすね今回。ここもガラスと、違う、ここガラスじゃなかった。確かこれですね、金属壁。さあだんだん防音室の壁が薄くなってまいりました。とにかく酸欠まであと少し。スペクターさん、コーヒー入れてきます。今日はイタリアンローストかな。いいっすね。コーヒーで眠気キャンセルということで、はい、ゆっくり入れてきてください。コーヒーはね、抽出が命なんでじっくり入れていただいて。あれ、これ間違って貼っちゃったか。ちょっとこれは一回パシャッとして、あとなんだっけ、ここの木のパーツどうしたっけ、他のとこ。ちょっと向こうの階段の造形と、こういう感じか。 OK、 合わせる。これを合わせます。ここを消して、でここがなんだっけ、これだったかな。バリアントから取れる木の木製上部で一回つけた気がする。 OK で、こっちの木の木製上部つけて、ここ解除。木の木製上部、こんな感じですね。一旦ここは OK。 屋根は後で考える。こっちを決める。こっちも両サイド同じ感じで、上部壁で階段2つ。やべ、なんかよくわかんないところにいたしいた。ここにもなんかよくわかんない石材が埋まってるな。やべ、埋まっちゃったやつが引っ張り出せない。まずい。埋まったやつが引っ張り出せなくなってるぞ。掘るか、仕方ない。あれ、今間違って埋まったやつ、そこにもなく埋まってるわ。ついでに消すか。
で、普段あまり使わない埋めた穴を元に戻すモード。サイズがなんかうまく元に戻らんのよな。サイズがでかいから合わせるか。いいか。嵐が接近中。了解。皆さん嵐にご注意ください。戻ってるかこれ。なんか地形を元に戻すがうまく作用してない。あれなんだろう。うまく戻んないな。何がダメなんだ。まずい。ちょっとうまくいかないな。一旦ここは2つ消すので消して、で判定なくなったところでもう一回。やばい、戻せなくなった。危ねえ、やけどするとこだった。嵐がきついっすなここ。だから不思議な状況なんですよね。僕だけ嵐の影響を受けないという。仕様が全くわからん。シャネ埋めるか。普通に造形で埋めるしかないや。なんか後で面倒なことになりそうな気はするが、穴ぼこだらけじゃ作業しにくい。出し方ないっすね。あ、治った急に。なんで。D さん、多人数で編集してるからとか、なんかそんな感じかも。なんか今急に塞がりました。危うく自分が埋められるとこだった。よくわからんがよしよくわからんがよし。オッケー。じゃあ作業戻りまーす。なんか気合で治った。オッケー。治ればよかろうなのだわからん。何だったんだろう。でここも階段つけて OK でアーチつけて、OK。こっちの階段も出来上がり。あとはこの中央階段ですよね。ここどうしましょうね。中央階段同じ屋根つけてもいいけど、あ、立派な看板つけてもらってる。どうしようかな。ここだけ外でいいか。でもそれもったいないかな。なんかここの階段からバーンと入ってきて、このでっかい看板隠れちゃうのもったいない。すげえ美女いいっすここ。これいいっすね。その看板いいっすね。多分僕それ持ってないんですよね。わあ悩むな、ここの屋根問題。何も考えずに上にかけちゃうは確かに一つあり。ただそれで効果があるかどうかは不明。センスがすごい。いや皆さんのセンスもっすよ。皆さんのセンスもっすよ。一人じゃこうはいかんす。一人じゃこうはいかんすよ本当に。僕だけのセンスだと以前の状態で止まってたんで、これに関しては本当みんなの力っすよ間違いなく。この辺のガラスもバシバシ貼っていきますね。よし。そうするとここ2ついらないか。これは消していいか。よし、いいっすね。この屋根はこれは浮いてるのか。これは消しちゃう。 OK。
屋上の浮いてるところはここにあるかな。良さそうですね。ふむふむ。あとはところどころ微妙に修正していけばいいかな。あと修正したいところはこいつがあれか、壁がこれになってるから、ここ金属壁の屋根パーツ、こいつだな。こいつにすげ替えて、で横壁面パーツを貼ってやると。OK。 嵐が消滅中、了解です。ありがとうございます。これで上の方もだいぶよろしいのではないでしょうか。なんかそこのパーツが違うな。なんだっけ。そういうことか。間違って一回消したからパーツ一回直したんだ。これをちょっと差し替えます。こう、こう。よし。いいですね。反対側大丈夫かな。良さそうですね。OK。こっちも完璧ですね。屋根完璧。さすが。ありがとうございます。いやー、マジで完璧ですね。嵐対策 100%。これそこつないでるってことは風除室ワンチャンいらないのでは。でもまああれか、中の風除室に関しては、あと手すりももういらないか。ちょっと中通過しますね。中通過して、階段登った先から完全に室内。完璧か。何それ、すごっ。また見たことないパーツ使ってる。すごー。おしゃれー。しかもそれカーブパーツもあるんや。すっごっ。おしゃれがすぎる。さすがや。こいつはすげえ。それやっぱみんないろんなパーツ持ってるな。お前ももっと頑張って進めんといかんな。出力が足りておらん。しまった。外階段に対してなんか悲しい植物がど真ん中に立っておる。これは調整したいところ。どうしようかな。どう調整するが吉か。これであればあれだな。調和を取るならば同じ造形にしたいので、そうしてそう。これをすいません、ちょっと移動させていただきますね。これをこうしたい。はい。でこれをこうしたい。このキー便利だな。ちょっと貫通したか。設置うまっ。最高の設置の仕方をしなきゃいけない。ギリギリ超えないぐらいのど真ん中。ほら、いかが。これでいかが。良さそう。あれ、なんかパーツ違うな。見て、これ明かりがついてるのとついてないので2種類ある。じゃあ明かりついてる方がいいな。これどれだろう、パーツ。微妙に違うんだ。これ知らんかった。ちょっと探そう。アーチの明かり付き。半アーチ地下。地下だ。半アーチ地下なんだ。覚えた。明かり付きは地下ってついてるやつね。了解です。
ってことは、いやでもアーチいらないのでは。いやいるか、アーチいるわ。地下アーチ、明かり付き。 OK で、手すりパーツを避けていきます。触れません。嵐が接近中。了解です。嵐が接近中です。これを消したい。こう OK。 ここも張り替えなきゃダメか。そこも張り替え忘れてるか。細かいところを修正していく。こっちの手すり消せるかな。いける。よし。OK。ここの手すりを消すのに一旦消して消す。間違った。なんかいらないの消しちゃった。ついでに消そう。操作をちょいちょい間違える。多分部屋が暑いからや。部屋暑いからや。部屋暑いから操作間違えるねん。あーほら、なんか間違ってる。なんだこれ。なんか間違ってるぞー。P すればいいのでは。 OK。 あそこら辺が空間空くんすね。そっか、そこ空間空くのか。そこ空間空くのであれば、ここの屋内風除室側というか、この屋根と上の天井の間に何か光源をぶち込むと、もしかしたら非常に明るいのでは。なんかいい光源あるかな。強烈なやつ。いや、余計なことしない方がいいか。ちょっと考えとこう。ちょうどいい光源何かあれば。いい感じだな。手すり削除。手すりあるところ。こっちは手すり全撤去の壁1枚不足の。ここはガラス壁と。こっちがガラス伸びてないのか。了解。すっごいい感じ。嵐が接近中。嵐が激しく接近しております。ガラスガラスガラス、これや。君に決めた。よし、設置。さあどんどん。はい、じゃんじゃん。下までガラス設置しちゃっていいけど、向こうどうしたっけ。多分反対側とここが同じ構造になってると思うんですが、嵐が去りました。了解です。ちょっと反対側と構造見比べたい。もしかしたらなんか違うか。いや一緒だな。一緒一緒。なんか一個鉄扉になってるけど、なんかあったっけか。ここなんかあったっけか。間違った。間違って草むいちゃった。植物ブレイク。ここ2つは何者だ。あーそっか、そういう感じか。であればここもなんかちょっと考えた方が。シンプルに私の置きミスかも。いやいや多分大丈夫ですよ。せっかくなんで全部同じ壁だと色味が
変わらなくて面白みがないので、このタイミングでちょっといじってあげるのは面白いかもしれないので、ワンチャンパーツ数は増えるけど、この辺を、これ確かこの辺つかなかったでしたっけ？つかないっけか。あ、これつかんのか。なんかついた気したけどな。パーツの種類違うっけか。うん。どうしようかな。このままでもこっちがこれだから、せっかくなら変化をつけたい。このタイミングでちょっといじりますね。ごめんなさい。ちょっといじります。ガラスがこうなので、ここは今まで通りだと鉄になるけど、ここまではいい。問題その上。そろそろ明かりが差し込んでほしいのでは。ガラスの合成窓、種類あるな。一旦これかな。一旦これでちょっと置いてみる。いいかも。そうすると反対側も同じ方向性になるか。ぶっちゃけそのうちここに床欲しくなるかもな。なんかそんな気がしてきた。その方が整うもんな。階段がそうなってるから。一旦、よし、これでいこう。OK。いい感じ。ので、反復します。そうすると地下に行くルートももうちょいいじりたくなってくる。やめられない、止まらない。じゃあここをちょっと待ってね。ここをこうのよし、実にいい感じで、ここの下壁もこれで組むと。 OK。 だいぶ統一感が柱、そっか。ここ土の柱にしてたな。そういえば。つうことは柱から伸ばすんだったら、ここは土壁の方がいいのか。その方が統一感あるのか。ちょっと周辺ホットスポットないか見てきます。あ、電気スポットあるっすよ。電力不足しました？どっちだっけかな。確かそっちにあったはず。ちょっと今電力スポットまで案内しますね。確か電力スポットこっちに用意してたと思うんだよな。どっちだっけ。こっちだった気がするな。その辺にバッテリーあるな。大丈夫ですか？念のため。了解です。確かこっちに用意してたはず。見失いそう。セーブビーコン置いてたっけかな。置き忘れてたかも。あれだな。あたたたたた。ちょっとブーストが足りない。
リエさんここです。ここにがっつり設置しております。足りなくなるようであればここでまた拡張してもらえれば大丈夫かと思います。まだでも本数足んないか。6本しか経ってない。生成量はいいのか。グリッド電力残量81万とか書いてる。81万とか書いてる。バッテリー置きすぎか絶対こんな使わんやろ。利用可能が1135、消費が98。まだしばらく大丈夫そうですね。 OK。 ただ線が1本なんで切れたら終わりっていうそしてバッテリー雨ざらし、嵐にガンざらしでございます。一応ここからバザー拠点まで引きます？いや、もう1本引いてあるんですよね。1本引いてあるんで、もし心配であれば、そう、これ実はバザー拠点の電源これなんですよ。僕が事前に1キロ離れたこの場所からバザーまで電源引っ張っております。で、中央の一番幅の広い下り階段の階段下にこいつにつながってるバッテリーが1個あるんで、そこから引っ張ってもらえれば多分電源は足りると思うんです。そんな感じでよろしくお願いいたします。作っといてよかった。あまりに遠すぎて迷子になるんですよ。いけ、遠い、すごい遠い。発電ポイントもっと近くにあればよかったのに。距離マックスなんだもんな。いやー、参っちゃうぜ。参っちゃうぜ。マイッチングマチコ先生。順調順調。でかくなったな、建物すごいな。この距離を、そうなんですよ、この距離一人でちっくりちっくり、そう、心を無にしてずっと立ててたんですよね。あの時は正気じゃなかった。飲み干してしまった。リエさん、殿すご褒められた。やった、嬉しい。褒められてホッとする。頑張った甲斐がありました。遠くから見るとガラス張りってやっぱりなかなか難しいですね。悪くないけど、わあ、どうなんだろう。単一になりすぎるのが難しいとこだよな。どうすれば単一にならないかな。かといって壁にしちゃうと重苦しくなっちゃうから、それはそれでって感じだし、うわあ、難しいとこだな。皆さんどう思います？ものすごくいい感じではある。中央にも屋根がついている。屋根つけたっすね。おお、わあ、上手。正面からちょうどいい、完璧。屋根完璧っす。計算されている。素晴らしい。どうしよっかな。ガラス越しに見える内装を凝ってみるとか、それもありですね。どうすっかな。あとあれなんですよ、この今全体ガラスにしてるじゃないですか。全体ガラスになってるんで、あえて隠すおしゃれっていうのがあって、全部タイツのガラス張りが一番空間広くていい感じなんですけど、この出入り口付近、空間と空間の裂け目のところ、スペクターさん、嵐が接近中、了解です。皆様、嵐にご注意ください。ここの空間のところをあえて
隠れる構造にすることによって、例えばそこつくかな、つかないかも。壁あるからつかないかな。二重に壁張れるなら一番いいんだけどな。そうならんか。試しにここ1枚剥いで、ここに壁つけて、でそこの空いてしまったところ、そこはガラスを重ね張りして、重ね張りができれば話がすごくスムーズなんですが、重ね張りできない。これができればな。壁の二重張り、これができれば話早いんですけど、ちょっと難しそうですね。こっちからいけねえかな。なんとなく無理か。無理かってなると木の板にするしかないか。それはそれで悔しいんだよな。それしかないな。違和感すごいな。ここ横一列を通常の壁にしてしまう。そうするとまた少し見え方が変わってくるはずなので、こことこれを通常の壁にすることによってコントラストがつく。いいっすね。こっちの柱が木だったから意外と帳場がつくっすね。いい。アーチ使ってみるのも良さそうですね。確かにアーチ使うのもあり。なんか思ったよりいい感じになったのでは。やっぱり屋根の高さは中央に関しては両サイド木の板でいいですね。 OK、 これでいきましょう。すごいなんか色の差がついていい感じ。じゃあそこはお願いいたします。お願いしちゃいます。その間に僕はこっちの階段をどうするかちょっと考えます。こっちが長いので距離がいい感じによろしくお願いいたします。でそっちで木の板にするなら同じ高さのここも木の板にしてあげると多分違和感がなくなる。全体のバランスが整うと思う。いいかもな。そこの扉がちょうどそういう感じだし、こうでこいつで木の板をで行くんだけども、良いのでは。パンダさんこんばんは。いらっしゃいませ。ご視聴ありがとうございます。ガラス窓の真ん中が板になってるやつをランダムにはめ込む。こんばんちでございます。やっぱり大型建築になるとやっぱりどこにアクセントをつけるかがやっぱなかなかミソっすね。試しにつけてみたアクセントは思ったよりも効果が出てるのではないでしょうか。いい感じとなるとですよ、ここなんだな。問題はここの階段のこの辺がね、どうバランス取るかがすごい大事なところ。いや違うな、意外とうまく収まるか。いや突き切った方が良さそうだな。ここと嵐が消滅中。了解です。で木の板を張っていく。よいしょ。木の板を張っていく。暫定困難。アクセント感は出たけど、ここの板が一枚ものになってるっていうのは正直引っかかるところはある。ただここの埋めようがないのが一番のネックなので、ここをどうしようかというところ。あとあそこの手すりいらんな。手すり絶対消すマン参上。
薬消したいけど引っかかる。よし、コピー OK。 なかなかでございます。あ、そうだ、パンダさん発送遅くなって申し訳なかったです。なんとか発送にこぎつけましたので到着をお待ちください。どうぞよろしくお願いいたします。3月14日到着予定らしいので、はい、楽しみにお待ちください。よろしくお願いいたします。ご購入ありがとうございました。楽しみですな。多分問題なく動くはず。柱いいですね。いい感じですね。いっそのこと出入り口の奥行きそっちに合わせた方がいいか。うん、その方が圧迫感ないかもしれない。なんかすごい、なんか見たことない足場がそこに立ってる。見たことない足場が立ってる。あ、なんかこういうのあったな。あった。あと向こうか。こっちの方も板張りに張り替えると。プレハブのやつをフリー配置しました。了解です。パナさんギョありがとうございます。遅くなっちゃって申し訳なかったです。箱詰めが全然うまくいかなくて、写真に写ってたブラボの箱あったじゃないですか。あれが4070の箱だったんで、あれを使うわけにいかなくて、あれなくなると多分ここ僕も困るんで、やべえどうしようって言った時に緩衝材を探してて、代わりの緩衝材を最終的にはなんとか見繕って詰めて今日に至ります。すいません、遅くなりました。よろしくお願いします。なんかあれだな、パーツ1個ここがないんじゃ、なんかおかしいと思ったら、ここがないんじゃだけれど、どうしようかな。そっちがこっちがあれか、階段こうなってるのか。元の地面がここの真ん中ちょっと盛り上がってるんですよ、確か両サイドと比べて。それのせいで地面の高さがちょっと変わっちゃう。左右統一は無理か。まあでも仕方ないですね。左右統一無理なのは仕方ない。どうしよう。こうすると真ん中はでもなくていいか。ここの空間どう使うかな。難しいところだ。あ、ごめんなさい。そこの真下は走らなくても大丈夫です。ごめんなさい。ここの両サイドの生えてるところはコルベット止める都合上この下はフリーにしておきたいので、そこの柱はなしで大丈夫です。申し訳ないです。この下の方は基本的にフリーでお願いいたします。コルベット止めるときにその方が都合がいいので。なんですよね、大型コルベットが来た時の都合とかいろいろあるんですよね。話が接近中、了解です。リエさん、そうでした、了解です。いや、すいません、助かります。
そうなんですよね。ここの下の建造ができないんですよね。あ、こっちのベンチなかった。忘れてた。あとはこの辺だな。お、なんかランタンがついてる。おしゃれ、いい感じ。ランタンいいっすね。いや、あとどうしようかな。センターが、おー、でっかい木が立ってる。すげえ。あんなのあるんや。入り口マジおしゃれ。すごっ。おすげえ。ちょっと離れてみたい。おほほほほ。すごいぞ。なんかすごいものがまた立とうとしている。すげえ。ああいう木あるんだ。おー、すげえシンボルが出来上がっていく。そう、今日一日でめちゃめちゃ進化したな。すごいな。大発展。これはすごいぞ。あとどうしようかな。あとはあれですね、会場に明かりが灯るとなんかものすごく明るい感じになって良さそうですね。あとはもう本当に明かりをつけるだけな気がする。ここの出入り口の上、あ、そっか、そういう感じか。ここどうしよっかな。そっかそっか。そこ一箇所だけちょっとおもちゃと違うかも。とすると、そこはちょっといじりたいか。中央はすごいいい感じに作ってもらったんで、両サイドの屋根をちょこっといじりたい。あとは内装か。そっちのベンチのコードそのままコピーして作れれば一番楽。悩ましい。めちゃめちゃ悩ましい。正面入り口2段でいけるならサイドも2段でいけるのでは。ということはあそこ2段にしてそこをストレートでつなぐ。そうするとあそこの板が2枚いらなくなるか。そうするとその辺がスキッとする。よし、そうしよう。 OK。 ここをバラすでここバラす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 でここもバラすでこれの通常の木板よいしょ。1箇所。やばい、生命維持エネルギーないって言われた。OK。で、そうするとこの壁面を
いい感じに、この壁面をいい感じにして、あ、ここつかないんだ。あ、こうなるんだ。先に屋根つければいいや。先に屋根つけて、結構風で揺らぐっすね、これもね。思ったよりも良いのでは。で、これに対してもうここつけちゃえば、あとはここ傾斜屋根とかでも全然いけるのではという画策。どうだ？違う。全然それは違う。実験的屋根。このサイドどうやって埋めるの問題。全然問題あるな。あ、これもしかして問題解決では？これもしかしてこれ専用パーツか？完璧なパーツ見つけちゃったかも。はまらない。はまらない。やっぱりハーフのパーツはうまく収まりませんな。そうか。順番か？あ、順番だ。いける。よし、ナイス。順番気をつければいける。完璧なパーツが見つかりました。今までどこで使うんだって思ってた屋根パーツが今やっと日の目を見た。何でも試してみるもんすね。ハーフパイツやると今度ここが食わなくなる。なんでやねん。当たり判定シビアすぎやろ。なんでやねん。ざけんなや。重力が寝れん。ドブガスがうまくつかない。悔しい。形は絶対合ってるのに。なぜつかないの？そこだよ、そこ。そこじゃないんだよ。頼む、ついてくれ。もう100歩譲ってつかないとしてもその理由を教えてくれ。頼む、その理屈を教えてくれ。ダメだ、悔しくて寝れない今日。頼むよ、ついてくれよ。頼むよ、ついてくれよ。100歩譲ってなんでつかないんだよ。頼むって。なんで？それは本当にそうね。これマジで意味わからんすよね。このハーフパーツに関してもハーフのパーツに使わないんですよ、なぜか。これでワンチャンそっちにつけて、違うなんだこいつマジで。なんじゃこいつ。なんじゃこいつマジで。ひどい。これひどいよ。なんでなんで笑うしかないもんだって。意味わからん。マジで。マジで意味わからん。いやー、ここに関してはでも、アップデート来ねえだろうな。優先度低いだろう、このパーツは。
仕方ねえな。こっち側バラすか、明日ね。そこに接点合わせると。で、こっちのハーフの板をどうやって無理やりつけるか考える。ワンチャンあるとすれば、下に板張ってそいつを無理やり上に伸ばす方法。あ、ワンチャンいけるか。こいつ張ってその下につなげばいけるんじゃない？いけるか。その場で回る意味はない。そこだ。見えた。そこだ。温厚な殿も切れるよ、最後には。温厚な殿だってね、我慢の限界はあるんだよ。でもな、パーツの干渉なんだろうな。ハーフ同士のパーツで多分当たり判定なんかあるんだろうな。使用上バグる部分が。これは修正待ちか。無理だもんな、治んねえもん。どう貼ったってそこから繋がんないもん。そこじゃないんだよ。そこじゃないんだってなんで他のパーツが全部繋がってそこだけ繋がんねえんだよ。絶対開発者にハーフパーツ嫌いな人いるでしょ。もう諦めるか。もしくはそっから通常のロングパーツをハーフでつける。変な被り方するんだよな。こういうパーツをこれのハーフにこうつけるっていう技があるんですよ。技としては。でも見て、このガラスのデザイン悪くないか。これでいこう。意外といけたわ。なんか固定観念ダメだと思ってたけど、やってみたら意外と収まった。ラッキー。これでいこう。なんかいけた。ノリと勢いで。勢いって大事。これでいこう。多分他の人もこうやってんだろうな。ハーフのパーツについては。じゃなきゃならんもん。ちょっと遠くから離れてみてみる。どんな風に見えるか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。変化は出た。変化は出たけど、圧迫感、薄っぺら感はなくなった。ペラい感じはなくなったから、これはこれで良いのでは。悪くない気がする。ただいま3時40分でございます。3時40分マジで言ってる。嵐が接近中。了解です。皆さん嵐にご注意ください。ちょっとドア開けます。少し声のトーンを落としますと、ここのドア開けるとね、壁ドンされる原因になるんでね。水分補給します。赤ぶどうティーエイドがだいぶぬるくなったっすね。壁ドン怖いですからね。本当にそう。確かお隣にあれなんですよね。ニオレの夫婦がお住まいになってて、やっぱ夜寝れないのはしんどいはずなんで、あんまり騒ぐのはしない方がいいんですけど、ついね、楽しくなるとつい騒いじゃうんで、ちょっと反省しなきゃいけないとこっす。大反省。いいかな。あそこはあそこでまた後で看板か何か立ててもらえるとオシャンティーな感じになるのかしら。
悩ましいところ。だいぶ悩ましい。意外と傾斜短くしてなんか板張ってみたけど、いけ、高すぎた。ここになんか照明貼り付けると意外といい感じになるのではので、ちょっと何か照明を貼り付けてみよう。ものは試し、何でもやってみるがよい。何がいいだろう。素敵な看板に関してはもう向こうに立ててもらってるんで、これをこの辺に適当に埋まるぐらいにピッと立てて、センターずれた？なんかセンターずれたな。真ん中、ここ真ん中か。ここ真ん中で、この辺 OK で、これを照らす明かりを上につけると。そうすると結構いい感じになるのではないかというところ。なんか両サイドはなんか変わり種というか明かり欲しいよな、本当は。サーバーブロックとか後ろに置いたらなんかいい感じにならないかな。ならないか。ホログラフィックディスプレイ後ろに置いてみるとか。なしではなさそうだけど、なんかピンとこないな。明かりこっちか。シンプルなのはこいつか。これのこの辺に一つと、この辺にもう一つ。気合の位置合わせ。なんかちょっとずれた気もするけど、まあいいことに。悪くないのでは。何これ。ライトフィッシャー。これはどういうアイテム？すげえ。なんか操作ボタンがあるけど、なんか操作すると動くんかこれ。初めて見るアイテムじゃ。お、明かりありがたい。でこっち飛んでと、惑星で入手できるなんかよくわからんやつです。これいいですね。なんか惑星ごとにそこでしか手に入らないなんか不思議なアイテムポロポロあるっすよね。あ、めっちゃ目立つ。めっちゃいいじゃないですか。かなり良さそう。グッドグッド。どうしようかな。D さん、右側の方の出入り口のデザインどうすか？試しに作ってみたんですけど、これ左側にもやろうと思ってるっす。なんか他にいい感じのパーツがあれば足したり引いたりしていただきたいところ。明かりのパーツとか変わったパーツを全然持ってなくて。嵐が消滅中。了解です。 D さん、かっけー。ありがとうございます。ふむ。どうしようかな。同じ感じで作っちゃうか。何その紫のめっちゃいい。そういうのもあるんだ。ほんと見たことないパーツいっぱいある。そして正面入り口の新しいオブジェが生まれようとしてる。すげえ、見たことないパーツのオンパレードや。進化が止まらない。とんでもねえぜ。無限進化。
よし、どうしようかな。今、こういう感じか。ここまで行きましたよと。そっちも結構いい感じになってるですね。こっちも OK。うん。おお、ははは。いいっすね。そしたらもう片方も行くかな。そっちの扉も同じ形に修正しよう。よし、じゃあ、編集。こ消し、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 そこもだっけか。ここもだな、消し。ここも、あ、間違ったー。消しちゃいけないとこ消したー。なんてことを。修正、OK。スペクターさん、おお、すごいなー。ちょっと間近で見たい。すげー、なにこれー。タルキッシュルーム。本当に見たことない斬新なやつや。すごっ。ノーマンズスカイの世界は広いな。何でもあるんだな。さあ、会場盛り上がってまいりました。いいっすね。派手になってきたっすね。おお、まがまがしい。なんだこれは。テルビウムグロー。バブルクラスター。あ、これなんか見たことあるぞ。エクスペレートブッシュ。なんかこの間、なんかポロッと手に入ったやつ。結構でかいんだな。他にも並べてみる。すげえ、なんでもある。回収できるようでしたらどうぞ。ありがとうございます。回収できるのかなこれ。じゃあちょっと試しに。国家生。真ん中で回収。おー、すげえ。ありがとうございます。じゃあちょっといただいてきます。わ、嬉しい。これってレシピ解放されるんでしたっけか、そういえば。カタログガイド。素材とアイテム見たことがあるもの。これでレシピが出るのか。エキゾチック品なのかな、分類としては。分類どれだろう。これか。違うな。原料コアじゃなくて、レアアイテム。数並べておきますのでどうぞ。ありがとうございます。太っ腹。いけた。回収いけたっす。いやー、ありがとうございます。これ分類どれなんだろう。動力関係でもないし。レアアイテムでもない。トレードアイテムでもないし。部分調理。わからん。原材料コア。ちょっとまた自分で見てみるか。レシピ。これ見ればいいか。パーツレシピ。違う。複雑レシピは1個もなし。調理レシピも多分1個もない。何にも開放してないはず。嵐が接近中。了解です。皆さんお気をつけください。嵐が接近中でございます。収集した知識、テクノロジー、素材とアイテム。これ、建築パーツか。建築パーツのこれか。エキゾチックパーツ。これだ。あ、回収はしたけど。あ、でも。あ、設計図の惑星入手だけ。あ、ブックは使用できません。やっぱあれなんですね。人から受け継いだだけだと作れないですね。なるほど。了解です。回収データモジュール1000個。違うな。1000ユニットかと回収データモジュールか。へえ。設計図自体が。ああ、こういうのあるんだ。意外と知らないものが多い。建築のエキゾチック。これに関しては、もらっただけだと、待って、何にも持ってない。
ああ、これは、そっか。こいつはこの間頑張って集めたんだ。ああ、全部解放してる。それ以外は何一つ解放してないですね。これは惑星探索大事ってことですね。了解っす。じゃあ惑星は隅から隅まで何でも調べた方がいいっすね。入手条件がそもそもわからん。一回入手できるようになってしまえば。でもあれか、共同探索とかじゃないと手に入らないものも確かあるんですよね。悔しいな。確かこのテラリウムとか小さな水槽はまさに共同探索の報酬の水銀で交換したやつだったはずなんで、先は遠そうだぜ。了解です。ありがとうございます。おお、ちょっと待って。めっちゃある。囲まれてる。出しすぎ。ありがとうございます。じゃあこちら頂戴していきます。ありがとうございます。1回に50個も、1回に10個持てるんですね。じゃあ遠慮なく頂戴していきます。これもバンバン使ってこう。いや、建材としてもたっぷりです。ありがとうございます。これあれですもんね。1個設置したらそこからコピーでまた多分設置できるですもんね。いろんなキューブあるな。すごいな。すげえボリュームだ。やっぱ探索はもっと進めないといかんな。カルキュシュルーム、モーガイ、なんか森鴎外みたいな。すげえ。バブルクラスターもこれそうなんだ。なんかシャープな虚空みたいなのもおる。おもろ。これもちょっと大事に保管して大事にコピーしないと。いやー、本当にありがとうございます。何から何まで。今日なんか特にアイテムもらいすぎな気がする。これ大丈夫かな。後でいろんな人に怒られそう。なんかいろんな人に怒られそうだ。これあれだな、回転させたいな、下手すると。そっか、下手するとこれあれか。えーっとちょっと違うパーツに変えた方が良いか。とするとこうだな。なんか方のデザイン前と変わった。なんか方のデザイン変わったか。気のせいか。前からこんなんか。なんか厚みが違う。やべ、余計なことしたかも。余計なことしたかも。そうなるか。なんともなんとも。わあ、なんとも言えないな。ここ入った時の天井が通常の木材。あ、こっから建物素晴らしい。オッケーオッケー。で、ここの屋根だけもう一回直したい。やっぱ付き合わせかな。付き合わせでいいや。下から見たらちょうどいいからこれで OK。で、ここの続き。よし。で、まずはそこ埋めまして、まずはここを埋めます。三角パーツ。これのこれ。
シビアな当たり判定。こう、オッケー。隣は横まで行ってるから、こっちも合わせるか。合わせよう。よしと。なかなか良いのでは。これランタンめっちゃいい感じですね。赤いランタンいいな。よし。おいで。あとさっきと同じく、特殊な傾斜の屋根材を使って、うまくつかない。頑張れ。もうちょっと、そこ。うまい。うまい。偉いぞ。で、ここにつけて、なおかつ、ガラス窓の塩梅いいやつを、こうつける。全然違う。なんでそこにつけてん？ここ。よし、オッケー。で、屋根をつけます。よしと、ここ向きと、反対向き。オッケー。で、看板どれだっけ？こっちか。これだ。看板つけて、で、看板はセンター。ど真ん中。かつ際。で、天井ライトを、ここだっけかな。ここセンターだった気がする。気合で。うん、いい感じ。よろしいのではないでしょうか。OK。うん、よき。なんか明るさが違う気もするけど。あ、でも意外と収まってるのでは？ OK。いいっすね。あとは、明るさの足りないところに明るさを足していきたい。全体的にかなりいい感じになったっすね。あとは消していいパーツを見つけてちょっとずつ削っていこう。あの辺のガラスパーツは多分いらないので、あれは消します。1箇所、2箇所、あそこも変えたいな、できれば。で、こっちですね。こいつと、こいつ。階段に面してるところ、あそこだけなんかちょっと考えたいけど難しいんだよな。そこは仕方ないか。こういうものとしてやってった方が話は早いかもしれない。なんか木の棒もうまいことかまさってるし。なんか予想外にここぴったり合わさってるから、こういう針ですって言い張ろう。言い張るの大事。ここはこういう針です。以上。いい感じですね。実にいい感じ。木の名残がある。木の名残。嵐来てました。了解です。皆さん嵐にご注意ください。ここの喫煙所マジでいいな。普段喫煙所使ってる
人が建築した感じがわかる。おもろい。よしと。あと建物の中の明かり問題だな。さあ、明かり問題どうするか。だいぶめちゃくちゃ良い感じだな。短距離ワープ先、試しに屋根つけておきました。了解です。ちょっと後ほど確認に参ります。もう4時か。早いな。マジっすか。もう4時だ。早い。そのまま復唱。マジで早いですね。4時えぐいな。4時はやりすぎか。お、すごい。上にも看板ついてる。いい感じ。いいっすね。コーバックス看板。あ、バイキン看板。すご。4時 ?4 月4日。4時 ?4 時暑いっすよ。ゲック出入り口いいっすね。めっちゃいい感じ。いやー、ベリーグッドっすね。今全体的にすごい整ってますよ。どうしよう、ここ植物にしよう。あれか。ここに合わせてずらしてんのか。了解。であれば、バッテンの上か。ちょっとここは動かしますか。皆さん、眠い方は無理しなくて大丈夫ですからね。国数の廃止時間が異常なだけなので、ここで寝るのは何も悪いことじゃないです。自分の体力とかいろんな予定と相談して、タイミング見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。無理なさらない範囲でよろしくお願いいたしますね。国数の場合だとここに来るまでにレッドブル2本決めてるんで建築したい。建築楽しい楽しい危ない。命を削っている。命が削られている。危ない危ない。持ってかれる可能性大いやー、だいぶでも進みましたね。めっちゃ進んだ。一旦避ける。一旦避ける。で、ここに石のアーチをつけます。石アーチ。OK。で、この辺かな。やっぱ建築面白いですよね。しかもうまくいってるとより面白い。着々と体力の限界は近づきつつも、結局楽しさが勝ってて脳内麻薬が出てる状態。いい感じ。実にいい感じ。縦、光源をどんどん足していきますか。あとはそうだな、ここ会場にはなるけど、ここが思いのほかガラスになってる。何の音？聞いたことない音がたまに流れる。ここ屋根全部かかってるのであれば、ここ両サイドいらないのか、もしかして。なくてもいいか。なくてもいいや。これはじゃあ消します。嵐去りましたよ。よかった。ありがとうございます。広い方が良いのでは。ってなるとまた話変わってくるな。悩ましい。あった方がいいな。結論あった方がいい。ので、こいつコピーして、あ、違った。コピー対象間違った。何の BGM だこれ。アーティ地下。設置し直し。夜明けっすね。なんかすごい長い夜を過ごしてたような気がする。気のせいかな。とても長い夜だった。ここの屋根こうなってるのか。ノーマンズスカイ君突然屋外にしたりしてくるから、確かにそう。
判定がね、すごい微妙なんですよね。急に変わってきたりするから。気が気じゃないです、本当に。ここどうしよう。悩ましい。悩ましいな。この形なのであれば、あえてここを鉄にして、この植物明るくていいですね。めちゃめちゃいい。いい感じだ。ここの天井、こっちは綺麗に収まってるですね。じゃあそっちも、そっち側にずらそう。ガラスずらしやすと、ありがとうございます。気になってるのはここっすね。ここのガラスをどうしようか。てか、ここって反対側どうなってた？なんか向こうとこっちで形違うのでは？あれなんだ？なんか違うな。何が違うんだ？いや、違くないな。どっちもこっちにせり出してるわ。なんで違く見えるんだろう？不思議だ。光源の設置具合が違うのかな？じゃあここはなんか適当に光源垂らしとこう。垂らし光源つけるとごまかせるのでは。時にはごまかしも大事。なんかハーフのいいパーツなかったっけか。ハーフ床。ちょっとなさそうか。屋根なしは怖いからな。ここは仕方ないか。装飾していけばそのうち気にならなくなるでしょう。あとは建物の中の光源をどうするか。いろいろ持たせてもらったこの辺を活用していきたいところ。カルキッシュルーム良さそうだな。なんかうまいことこいつを設置すると。難しい。明かり問題がとにかく難しいですね。ここは必要、ここも必要。こっちはでも大体こんなもん。そっか、ここの扉こうなるのか。そうか。ここもいい感じだな。そうすると、ここの真ん中にもなんか設置しちゃうか。ここの真ん中にも何か立派な何かを設置して。くしゃみ出そう。やばい。失礼しました。よいしょ。これはエクスプレートブッシュ。こういう感じになるんだ。なるほどね。じゃあこのプレートブッシュはこの辺になんかチカチカするな。でこれが明かりになるので、植木鉢をここに適当に設定。これ刺さらんか。植木鉢が先だな。そうするとで植木鉢を先に設置して、でこの上にエクスプレートブッシュをぶっ刺すると、いいかも。でカラーリングがこうなるんで、オレンジ色の光源が何かもう一つ欲しいところ。オレンジ色の光源って何かあるかな。吊るしランプがあるけど、これ平らなとこじゃないとつけるの難しいんだよな。どうしよう。難しい。どうしよう。やはり悩むのは光源か。
そんな気はしていた。いい感じの高原。丸型照明そこに無理やりつけちゃうっていうのもありではある。もしくは黙って観葉植物。黙って観葉植物なしではない。またはこのラトルスパイン、さっき持たせてもらったものをこいつを早速使ってみる。ラトルスパインって何なんだこれ。これ何なんだ。試しに設置はしてみるものの、わからん。両サイドに置くにはちょっと存在感強すぎるかもしれん。なるほど、取り扱いが意外と難しいぞ。ワンポイントだもんなので、両サイドは普通に何か何があるといいだろう。基本的にノーマンズスカイで明るさを求めるのは無意味。まあそうですね、意味的にはないんですけどね。なんかあれなんですよ、この廊下からこっちに入ってくるじゃないですか。入った瞬間に空間が明るく感じた方がお客さんは素敵ってなるかなと思って、そうなんとかファーストインプレッションに感動を持たせたいという僕の願望ですね、これは。そのためにはどうしたらいいかがすごい悩ましいところ。なんかあそこ壁の高さずれてるな。なんでだ？なんだ？なんか建築間違ってる。あそこなんだ？何かが向こうと違う。手すりが1個ないや。これ違うや。こことここばらしで、手すりどっちだっけな。なんかこっちだった気がするな。 OK で、これに対して多分こっちの窓ガラス貼り間違ってるな。貼り間違ってそうな感じがするので、これをちょっと貼り直したい。これだとラインがなくなるから、こいつだ。下地こいつでワンツー。嵐が接近中、了解。皆様嵐にご注意ください。嵐が接近しております。ラインこれだ。 OK。 なのでこいつを一旦、すいません、嵐来てるけど一旦ここばらします。素材を間違っていたのでちょっと素材打ち直します。よいしょよいしょ。OK、 いかがか。明るさ増したのでは。いいっすね。よきよき。ビジュアル的には上柱で全部石柱走らした方がいいんだけど、ただそれやっちゃうと建築数が多くなりすぎるから、そこが怖いんですよね。悩ましい。造形的にはあった方が絶対かっこいいけど、悩ましいですね。ここの柱に対してこれって撤去しても大丈夫か。屋根あるからいけるか。これで果たしてどうなるか。ここはそれでいい気がする。そうすると柱がこっちに走ってこうなので、どうすかな。左右均等にするのであれば、そっちにも柱を1個飛ばしてここに2本立てると一旦良いのでは。
で、両サイドはなし。なので、ここだな。ここの、これを、ここと、ここ。こうすると、統一性が出てくる。OK。いいっすね。だいぶ良くなってきたっす。あ、スペクターさん、2時間ぐらい仮眠を取るので、これにて失礼いたします。皆さん、バザール会場の建設ファイトです。スペクターさん、ここまでお付き合いいただき、誠にありがとうございました。ゆっくりお休みください。本当にこの時間まで、本当、いつもありがとうございます。もう4時20分です。皆さん大丈夫ですか？もし、もうだいぶあれなのであれば、エンディングにしてもいいかなと僕は思っているところでございますが、皆さんいかがでしょう？まだいける？まだいけちゃう？もしかして。めちゃめちゃ進んだ。すげえ。めっちゃ綺麗になったっすね、建築。めっちゃすげえ。美しいなぁ。まずスペクターさん、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。ゆっくりお休みください。いい夢見ろよ。いや、本当にありがとうございました。よかったっすね、本当に。いわゆるなんだろう。いきなり嵐の人が突してくるとかそういう事件も起きず、平和に、みんなと仲良く配信ができたので、本当によかったっす。よかった。この明かりめちゃめちゃ良い。めちゃ良い。いいですね。統一性ですね。OK。あ、ディエさんごめんなさい。ディエさん申し訳ないっす。あ、スペクターさん、皆さんありがとうございます。それでは、おやすみなさいでございます。ありがとうございました。D さんごめんなさい。これなんですけど、このアーチあるじゃないですか。このアーチが、実はそっちのやつと違くて、明かり付きのアーチと明かりなしのアーチがあって、これ、明かり付きのアーチって、あれなんですよ、建築するときに、ちょっと失礼しますね。そうなんですよ。これ種類あるんですよ、実は。実はこの木材製の半アーチってところ、アイコン合わせてもらうと、バリアント表示っていう項目が出てくるんですけど、キーボードだと X ですね。これを押すと、さらにこの中の種類が、そうです、バリアントですね。で、明かり付きのやつが、この、カッコ地下って書いてあるやつ。このカッコ地下って書いてあるやつが、この明かり付きの、明かり付きの、なんだ、アーチになるんですよ。なのでちょっとこれで統一感出してほしいです。申し訳ない。これでお願いいたします。あと、ここと、他にもあるかな。佐藤さんいかがですか？めちゃめちゃ綺麗になったっすね。なんか気になるところとかありました？まだ全部見れてないんで、なんか微妙なところとかあれば教えてください。よろしくお願いします。他のところは置いていただいたので、あとここもですね。ここもかな。ここは変えちゃいますね。失礼。申し訳ない。すまない。よいしょ。よいしょ。オッケー。順調っすね。あと何足りないか。でももういい。もうだいぶ決まったのでは？
もうだいぶ決まったような気はする。佐藤さん、家そろそろやることがなくなってきたなと。確かに正直もうかなり形になりましたもんね。あと足りないもの何かって言ったら、あとはもうシンプルテナントさんがまだ入ってないだけなんで、あとはテナント担当の方にいろいろ頑張ってもらって。何これ、初めて見る。こんなアイテムあるんや。あ、なんかの報酬だね。なるほど。あとは簡単な内装くらい。そうですね。あと簡単な内装。いやー、めっちゃ広くなったですね。でも簡単な内装も今もだいぶ出来上がってるような気がするですね。いや、すげえ。まさか今日だけでこんなになるとは思わなかった。今日はもうでも良いのではないでしょうか。なんか、今日はなんかもういい気がする。だってもう超素晴らしいですもん。現状超素晴らしいことになってるから。すげえ。皆さん、建築センスと速度すごい。ノーマンズスカイはコルベットだけじゃなかったんや。新たな発見。やっぱ建築勢も楽しいっすよ。建築勢も楽しいのです。いや、でもほんとすごいですね。やっぱ大人数で建築すると、やっぱ全然規模感も違うですね。これ強いっすわ。これは素晴らしい。今が4時24分。いいとこっすね。じゃあ今いるメンツで最後、記念撮影でもないですけど、最後並んでエンディングにしますか。今日も皆さん最後までありがとうございました。じゃあこれからなんかいい感じの絵面のところでエンディング撮りましょう。どこでエンディング撮りましょうか。なんか名場面集ベストバウトが多すぎて、どこでエンディングするのが一番絵面いいか。さあ皆さん集まって集まって。なんかここの前とか、あと正面入り口のところとか、あとワンチャン喫煙所でエンディング締めでもいい。正面だとどんな感じや。あ、正面なんか暗いですね。パッとしない。エンディングにし、あ、ここまで来ると今嵐来てますから喫煙所。あ、了解です。じゃあごめんなさい、佐藤さん中行きましょう。中入りましょう。中嵐来てるのであれば中がいいですね。国和優柔不断、申し訳ない。非常に優柔不断である。よいしょ。この喫煙所何回見てもおもろい。じゃあ喫煙所バックにエンディングにしますか。じゃあ皆さん思い思いの場所に立っていただいて、正面から見たときにあれですね、お二人が僕の左側にいてくれると画面に収まるですね。よっしゃい。じゃあ今日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。いやー楽しかったですね。最後 DS さんと佐藤さんもほぼ4時半まで付き合っていただいて、本当にありがとうございました。本当に助かりました。まゆゆくさんもこの時間までありがとうございます。こんな遅い時間まで付き合っていただいて本当にご視聴いただいた皆さんもありがとうございました。本当に多くの人にお力添えいただいてこの形が出来上がってきてますので、やっぱあれですね、最終的にこのイベントを成功させたいですね。4月5月ぐらいのお楽しみで、ちょっと先延ばしになっちゃったんですけど、それまでに温めといていただいて、はい、皆さん楽しみにしていただければなと思います。じゃあ、配信閉じましたら皆さん解散ということでよろしくお願いいたします。では皆さんまた来週水曜日よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。
じゃあ、バイバーイ。なんか手振った方がいいから、なんか最後手振っとこう。よいしょ。じゃあみんな、バイバーイ。手映ってない俺。お疲れ様でした。武器武器じゃあ、解散でよろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあ、閉じます。ポチッとな。